あんた新入りだな。いいところに来てくれた。厨房が忙しくて手が足らなくてな。ちょっとテーブルまで料理を運んでもらえないか。もちろんタダでとは言わないさ。ダチンにその箱の中身をくれてやるからよ。いいだろう。助かるよ。あんたの名は？クライブだ。よろしくな、クライブ。俺はケネス。厨房の一切を取り仕切ってる。さて、運んでほしい料理は3皿だ。どれも出来たてで熱いから気をつけろよ。温かい料理か。久しく口にしてなかったな。あんたの分の料理だ。わざわざ運んでくれたのかい。歩くのが辛いから助かるよ。前の主人に散々働かされて足を痛めてしまってね。でもここはこんな私でも受け入れてくれる。本当にありがたく思っているよ。食事を持ってきた。お、もうできたのか？うまそうだ。ありがとうよ。あんた新入りだろ？早速ケネスのやつにこき使われてるんだな。報酬はもらうさ。精が出るこった。頑張れよ、新入り。なるほど。畑仕事にはこんなものまで。おい、食事だ。ああ、読み終わったら食べるよ。ここのみんなの力になりたくてね。今はとにかく役に立つ知識を得たいんだ。早く食べないと冷めるぞ。分かったよ。ありがとう。すべて運んだな。ケネスのところへ戻ろう。おお、運び終わったか。ありがとうよ。料理を運んだ先の客はすべてベアラーだった。ここではベアラーが人と同じように暮らしているのか？ああ、そうさ。この隠れ家はそういう場所だからな。ベアラーってのは外では奴隷みたいに扱われる。自分から話すことも飯を食うこともできない。もちろん温かい飯なんてありえねえ。でもこの隠れ家じゃ自分の意思で話して自分の意思で飯が食えるんだ。それだけでもここに来た甲斐があるってもんだろ。さて、約束通り打賃を渡そう。そこの箱の中身を持っていくといい。今後ともよろしくな、クライブ。やれやれ、困ったな。木材が足らなくなっちまった。おお、あんたちょうどよかった。ちょっくら修繕用の木材をもらってきてくれねえか？分かった。おお、引き受けてくれるか？壁の修繕をしているところでな、手が離せなかったんだ。大工仕事か？空の文明の遺跡はもともと頑丈ではあるんだが、それでも長年放っておくと崩れちまう。だからこうしてこまめに修繕しとくんだよ。せっかく育てた苗木が潰されちまったら大変だしな。それでその木材というのはどこに行けばもらえるんだ？木材作業所にいるやつに声をかけてみてくれ。必要なもんを教えてくれるはずだ。すまないな、頼んだぞ。ちょっといいか？修繕用の木材をもらってくるよう頼まれたんだが。ああ、ジョフロワ親方だろ。木材ならまとめておいたぜ。そこに立てかけてあるから持って行ってくれ。そうしよう。手伝ってもらって助かるぜ。ありがとな。
これだな。さて、あの大工のところへ持っていこおお、早かったな。修繕用の木材をもらってきてくれたかい？う。これでいいのか？ああ、問題ねえ。ありがとうよ。おかげで修繕がはかどるぜ。遺跡の中の生活なんて危険に思えるが。確かに問題はあるが、外に比べりゃ断然マシさ。雨風はしのげるし、隠れ家としては十分だ。そういや、あんた新入りなんだってな。何かと入り用だろう。これを持って行ってくれ。礼など。いいってことよ。ここでの生活は持ちつ持たれつさ。おお、新入り、いいところに。どうかしたのか？わしの助手が土の採取に向かったきり帰ってこんのだ。もしも彼女の身に何かあったらと思うと、はあ、気が気じゃないとはこのことか。頼む新入り、様子を見てきてくれないか。分かった、行ってこよう。おお、ありがたい。彼女が戻ってきたら相応の礼をするぞ。それであんたの助手はどこに？ロストウィングの外れにあるゴールトン農場にいるはずだ。ベアラーが一人で出歩くのは危険だが、あそこは良質な土を採取できるのでな。彼女に何か起きてからでは遅い。一刻も早く向かってくれ。今の悲鳴は？おい、大丈夫か？ええ、助けてくれてありがとう。あら、確かあなた隠れ家に新しく来た人よね。クライブだ。私はマーテルよ。よろしく。マーテル、なぜこんなところに？この辺りはベアラが出歩くには危険だぞ。でもまだ土を取り終えてなくて。なるほど、土の採取に向かった助手というのはあんたのことだったのか。またいつ魔物が出るとも限らない。土なら俺が代わりに取ってこよう。それじゃお言葉に甘えさせてもらおうかしら。この辺りで良質な土を採取してもらえると嬉しいわ。できれば何箇所か回って集めてちょうだい。いくつか取ればいいんだな。そういえばボフミルが随分と心配していた。早く隠れ家へ帰るといい。心配ね。まあいいわ。それじゃクライブ、お願いするわね。早速土を採取するか。何箇所か回って集めるとしよう。これくらいあれば十分か。隠れ家へ戻ろう。おお、戻ったか。それで無事だったかね。あんたの助手なら俺が助けた。もう帰ってきてるだろう。そうではない。採取した土は無事かと聞いておるんだ。ああ、取ってきたが。これだよ、これ。助手が持ち帰った分では到底足りんかったからな。これさえあれば研究がはかどるというもの。
まずはエーテル含有量のばらつきを調べて、それから。まさかあんたの心配って。そう私なんかじゃなくてその土のこと。この人研究以外お構いなしなの。だがいいのよ、いつものことだから。彼の研究のおかげでこんなところでも植物を育てられるなら、あれくらいはご愛嬌よ。でもあなたには迷惑な話よね。どうせお礼のことなんて忘れちゃってるんでしょ。はい、受け取って。相応のお礼かはわからないけど、ここで作った果実をお礼にできたらよかったんだけど、まだ味が今一つなのよね。いつかとびっきり美味しい果実にしてみせるわ。楽しみにしてて。ようクライブ、少しはここに慣れたみたいだな。悪くない場所だ。そいつは結構。実はまた頼みたいことがあるんだ。もちろんただでとは言わないだろ。それがここの流儀だ。お前も言うようになったじゃないか。さて、また隠れ家のみんなに料理を届けてほしいんだが、どうだ、やってくれるか。ああ、いいだろう。助かるぜ。それじゃあこいつをエントランスに居住区、あと地下牢に届けてくれるか。みんな腹を空かせて待ってるはずだ。任せたからな。おや、何か用かい？ケネスから届け物だ。おお、待ってたよ。じいさん、飯が届いたぞ。食えるか？彼はどうしたんだ？病み上がりで休んでもらってる。ここは療養所も兼ねてるからな。みんなの世話は俺の仕事だが、食事ばかりはそうもいかん。ケネスのおかげでいつも助かってるよ。あんたも届けてくれてありがとう。お互い頑張ろうぜ。あら、いい匂い。そろそろご飯時かしら。ああ、ケネスからだ。わざわざ持ってきてくれたの？なかなかラウンジに行けないから助かるわ。ずいぶん忙しいんだな。ええ、この子たちが話してくれなくって。それにチョコボ臭いままお食事なんて迷惑でしょ。水浴びする時間ももったいないしね。チョコボたちのお世話に専念したいから。ありがとう。ケネスにもお礼を言っといてね。おう、どうした？あんたまだこの牢に用があるのか？ケネスからだ。おっと、飯を届けに来てくれたのか。腹が減ってたんだ。ありがとうよ。ずっと牢の見張りを？そうさ、隠れ家の平穏を守る大事な仕事だからな。中のやつをほったらかしにはできないだろ。あんたももうここにはぶち込まれるなよ。これで全て届けたな。ケネスに報告しよう。お疲れクライブ。届けてきてくれたか。ほら、約束の報酬だ。受け取ってくれ。ここのみんなはそれぞれの仕事をして助け合って生きているんだな。ここのことを分かってきたようだ。お前の働きも助け合いの一つさ。もう立派な隠れ家の住民だよ。だといいが。ああ、みんなも認めてる。これからの働きにも期待してるぜ。
人、ちょっと手を貸してくれ。そこの人、ちょっと手を貸してと。ようやく頼れそうな人が来たかと思えば、よりによってベアラーとは。いや、頼める相手がいるだけいいか。人様のベアラーを使うのは気が引けるが仕方ねえ。そこのあんた、一つ頼まれてくれ。見ての通り、俺の馬車はあのありさまでな。チョコボたちが大事な積み荷を狙って群れてきやがった。急ぎの荷物だけでも先に届けたいんだが、ここを離れるわけにもいかなくてよ。そこでだ、この先のマーサの宿までひとっ走り荷物を届けてもらえないか。分かった。荷を預かろう。ありがてえ。こいつがその荷物だ。マーサの宿の馬屋番に渡してほしい。馬屋番からの報酬はそのまま受け取って構わんからな。あんたの主人に礼だと言っておいてくれ。それじゃよろしく頼むよ。あんたが馬屋番か。行商に頼まれて荷物を届けに来た。確かに俺宛てのようだが、ベアラーに荷物を預けるなんて、まさかあの行商に何かあったのか？馬車がチョコボに囲まれていた。しばらく動けないだろう。なるほど、そういうことか。きっといつものように大量のギサールの野菜を積んでたに違いない。ギサールの野菜を？あれはチョコボの大好物だ。風が甘くて漏れた匂いに集まってきたんだろう。ここらの街道じゃチョコボを使って荷を運ぶ。だから餌になるギサールの野菜もよく売れるのさ。節度を守ってれば儲けれたものを、あの行商も少しばかり欲をかいたようだな。何にせよこいつは急ぎの荷物だったから助かった。あんたの主人にも礼を言っておいてくれ。あんた、マーさんとこのベアラーだよな。一つ急ぎで頼みがあるんだよ。うっかり手を滑らせてクリスタルを落としちまったんだ。それも運悪く崖下の湿地帯まで転がっちまって。クリスタルで魔法を使わなきゃ売り物の魚も冷やせなくて商売上がったりだ。金ならいくらでも払う。俺のクリスタルを拾ってきてくれないか。仕方ない、言ってやろう。ありがてえ、助かるぜ。あと落としたクリスタルなんだが、もしかしたら魔物が食っちまったかもしれない。なんだって？この辺りの湿地帯に救ってるボグクラブってやつがクリスタルに群がってきたのが見えてな。なら片っ端から倒せばいい。頼もしいな。任せたぜ。崖下の湿地帯にはそこのはしごを降りれば行けるからな。クリスタルを食ったのはこいつらか。片っ端から倒すしかないな。これが落としたクリスタルだな。あの商人に届けてやろう。どうだ、俺のクリスタルは見つかったか？ああ、これだろ。これだこれだ、ありがとう。魚がダメになるかとヒヤヒヤしたぜ。
間に合ってよかったよ。あ次からは気をつけるんだな。あ、そうするとも。俺たちにとっちゃクリスタルは生活に使う以前に大事な商売道具だ。それなのにザンブレックの測量になってクリスタルの配給も少なくなった。昔のように簡単には手に入らないからな。二度と落とさないようにするよ。そのブローチ、君がクライブだな。腕の立つベアラー兵だとマーサから聞いてるよ。チョコボの支度をしているのか。どこかへ仕事にでも。人探しに向かうところだ。救い出したい奴がいるんでね。救い出すとは穏やかじゃないな。何かあったのか。いや、ただベアラーだったってだけさ。役人に突き出される前に何とか見つけ出したいところなんだが。そのベアラーはどこへ。身の危険を感じたんだろう。わずかな荷物を持ってここから逃げたよ。だが時期によってもかかる。その前に見つけて保護しなければ。クライブ、君さえ良ければ捜索に力を貸してもらえないだろうか。ああ、俺も探してみよう。協力に感謝するよ。探してほしいのはノリスという男だ。見つけ次第安全な場所で保護する。おい傭兵、捜索は進んでるのか。あいつは俺を騙してたんだ。早く捕まえろ。ベアラーのくせに人のふりなんかしやがって。奴を役人に突き出してやる。これ以上もたもたしようってんならただじゃおかねえぞ。落ち着いてくれロナルド。これから彼と一緒に捜索に出るところなんだ。このベアラーとベアラーになんて任せておけるか。俺が探しに行く。外は危険だ。俺たちに任せておいてくれ。ベアラーと手を組むてめえなんざ頼りになるかよ。クライブ、このままでは面倒なことになる。ロナルドは僕に任せて先に捜索を始めてくれ。ノリスは堕落の門の方へ向かったようだ。奴を見かけた人がいるかもしれない。どうか頼んだよ。彼が時間を稼いでいる間にノリスを見つけないと。しかしロナルドという男を騙されたと言っていたが、この辺りでノリスを見なかったか。奴なら湿地の方に走っていくのを見たぜ。こんな時間にランタンなんか持って妙に焦ってたが。湿地の方に。ありがとう。探してみる。ノリスが向かったのはこの辺りか。手がかりを探してみよう。こんなところにランタンが。確かノリスも持っていたという話だったな。奴のものだとしたら向かったのはこの先か。あんたがノリスか。誰だ。なるほど。頬にベアラーの刻印がないとは。だからあの男は騙されたと。あの男、まさかロナルドに言われて俺を捕まえに来たのか。親友だったのにあいつよくも。俺は奴隷になんかなりたくないんだ。お前もベアラーなら知ってるだろ。ベアラーがどんなひどい目に遭うのか。誤解するな。俺はマーサの仲間に頼まれてきたんだ。あんたを保護するためにな。俺を保護だって。マーサは密かにベアラーたちを保護している。俺も世話になった。彼女は信じていい。マーサがそんなことを。確かにあの人なら何とかしてくれそうだが。迎えを呼びに行ってくる。それまでここに隠れていてくれ。分かった。ありがとう。すまなかったな。あんたをまるで悪者みたいに言っちまって。いいんだ。
気にするな。そういえばここに来る途中でランタンを拾った。これはあんたのものか？ああ、魔物と戦った時に落としてたのか。昔ロナルドがくれたものさ。もう俺には必要ない。好きにしてくれ。なら俺が使わせてもらおう。あの男からあんたを守るためにな。ああ、クライブ、どうだいノリスは。おいベアラ、あいつは見つけたんだろうな。魔物が食い漁っている死体のそばにこれが落ちていた。これは俺がノリスにやったランタンだ。あの死体がノリスなら残骸だけでもここへ運ぶか？そんなもんいらねえよ。死んだってんならせいせいする。だいたい役人たちのベアラー管理がずさんだからこんなことが起こるんだ。もっと厳しく取り締まって刻印の入れ忘れなんかなくしてもらわねえと。くそ、ベアラーとつるんでたなんて一生の汚点だぜ。クライブ、さっきの話は本当か？まさかノリスは本当に？安心しろ。もちろん無事だ。スリーリーズ湿地にある小屋に行け。あんたたちが来るまで待たせてある。よかった。ああ、すぐに迎えに行くよ。ありがとう、クライブ。少ないが報酬だ。もらってくれ。あんたちょっといいか？ってなんだ、傭兵かと思ったらベアラーかよ。参ったな。主の許可なしには。待てよ、そのブローチお前マーサのとこのもんだったのか。それなら話が早い。手を貸してくれ。実は最近ここらに魔物が増えてきてな。奴らの好物でおびき寄せて一気に片付けるつもりだったんだが、思いのほか集まってきてどうにも手に負えなくなっちまった。黒の一帯に住処を追われ、この辺りまで降りてきたんだろう。まったく飢えた魔物を甘く見てたぜ。マーサに雇われたベアラーなら腕も立つだろう。この先にいる魔物を退治してくれないか？いいだろう。俺がそいつらを倒してくる。ありがてえ。マーサにはちゃんと礼を言っとくからよ。ここから少し行ったところに餌を設置してある。今頃魔物たちが群がってるはずだ。奴らを退治したら俺の仲間に伝えてくれ。イーストプールへの橋の先にブライスって男がいるからな。それじゃ任せたぜ。敵がいる。魔物というのはこいつらのことだな。よし、ブライスというやつに報告するか。あんたがブライスか？ベアラがなんで俺の名を？あんたの連れに頼まれて魔物を倒してきた。全て片付けたから安心しろ。あの数の魔物を倒したってのか？いや、お前がこっちまで来れたのが何よりの証だ。見上げた強さだな。しかしフレドリクめ、魔物退治をベアラーにさせるとは。奴の起点を褒めてやらねえと。とにかくご苦労だった。主に礼を言っておいてくれ。助かったってな。随分落ち着かない様子だが、困りごとか？ああ、
君はクライブだっけ？任務？あんたは何をやってるんだ？僕は補給係のグレン。この隠れ家や各地の同志たちに物資を届けてる。でも補給物資のいくつかを落としてしまったみたいでね。あれがないとみんなの活動にも支障が出てしまう。しかも一緒に届けていた手紙もなくなってるんだよ。指導宛ての大事な手紙なのに。探しに行かないのか？そうしたいのは山々だけど、すぐに別の任務に出なきゃいけなくて。そうだクライブ、僕の代わりに探してきてくれないか。礼は必ずするからさ、頼むよ。仕方ない、手伝おう。ありがとうクライブ。補給物資と手紙を探せばいいんだな。どこで落としたか見当はついてるのか？ロストウィングからゴールトン農場を通って帰ったんだ。魔物が出るから急いでて、あの辺りが怪しいと思う。落とした補給物資は全部で3つ。どれも麻袋に入れてあるよ。指導宛ての手紙は1通だけど、あれが一番大事かも。分かった。とにかく探してみよう。本当に助かるよ。ああ、僕はもう次の任務に出ないと。それじゃあよろしくね。慌ただしいやつだ。ひとまずゴールトン農場に向かおう。見つかるといいが。グレンが通ったのはこの農場だ。補給物資と手紙を探そう。麻袋、落としたのはこれか。ここにもあった。補給物資は揃ったが手紙が見当たらないな。誰か拾った者がいないか辺りで聞いてみるとしよう。あなた確かマスターのこんにちは。今日は畑のお仕事かしら？いや、仲間が落とした手紙を探している。この辺りで見かけなかったか？さあ、見てないわね。そうか。待って、そういえば少し前に見かけた犬が髪をくわえてたの。あれがそうだったのかしら？その犬はどこに？ロストウィングの方へ走っていったわ。誰かの飼い犬だと思うから民家の近くにいるかも。助かった。恩に着る。手紙だ。お前が持っていたんだな。これで全て回収できた。悪いな。もらっていくぞ。ああ、クライブ。ようやく任務が終わって急いで戻ってきたんだ。まだ探しきれてないよね。一緒に行くよ。問題ない。全て拾ってきた。本当かい？補給物資も指導宛ての手紙も？ああ、全て渡しておこう。うん、確かに落としたものが全部ある。よかった、助かったよ。補給物資もそうだけど、手紙を落としたってシドにバレたらとんだ大目玉を食らうところだった。機密の内容なのか？ああ、違う。シドの娘さんからさ。遠くの学校に通うのに離れて暮らしてるらしくてね。娘さんから時折届く手紙をシドは心待ちにしてるんだ。あのシドか。それに今回は久しぶりの手紙だったからね。君が拾ってくれなかったら雷を落とされてたかも。本当に助かった。約束のお礼だ。受け取ってよ。この手紙が届いた日のシドはいつもより機嫌が良くてね、渡すのが楽しみだよ。
無事だといいが。どうかしたのか？おや、君は新入りの。実は仕事に行った仲間の帰りが遅いんだ。刻印のあるものが外に出ているから心配で。ベアラーが見つかると厄介だぞ。危険なのは承知の上さ。金を稼ぐために仕方なくだよ。この隠れ家で暮らしていくにも金がいる。カローンの資金援助だけでは賄いきれないからな。そうだ君、ザンプレクでベアラー兵を務めていたというのは本当かね？あ、そうだ。ならばその腕を見込んで頼みがある。私の代わりに仲間の様子を見に行ってもらえないか？よし、引き受けよう。ありがとう。その仲間について教えてくれ。ランダルという名の青年でな。今はロストウィングに出向いている。詳しいことは吊るし人邸のマスターが知っているはずだ。この仕事をくれたのは彼だからな。カンタンのことか。分かった。話を聞いてみよう。それでは頼んだぞ。シドのとこの何か用でも？ランダルという男があんたのところで働いてると聞いた。彼の戻りが遅いと仲間が心配していてな。様子を見に来たんだ。ああ、奴なら荷運びを手伝ってもらってるよ。今日は荷が多いから確かにいつもより時間が。いや、さすがに遅すぎるか。俺が見てこよう。ランダルはどこへ？村の南門を出たロベール林道。その先で取引相手と落ち合う予定だ。何かあったのかもしれん。行くなら気をつけろ。おい、大丈夫か？そのブローチ、あんたマスターの。大変なんだ。蛮族に襲われた。そしたらランダルが俺を逃がそうとおとりになって、奴隷のマネは取引相手の前だけでいいって言ったのに。どこで襲われた？この先の少し開けた場所だ。お願いだ、奴を助けてくれ。ああ、分かっている。あんたはロストウィングへ戻っておけ。逃ぐるのが面の仕業か。ランダル、間に合わなかったか。遺体をこのままにはしておけないな。戻ったカンタンに相談しよう。戻ったか。うちのやつから知らせを受けたところだ。それでランダルはどうした？くそ、ダメだったか。南門からしばらく進んだところに彼の遺体がある。弔ってもらえるか？ああ、すぐにでも向かわせよう。気心の知れたやつだったのに、まさかこんなことになるとはな。ランダルとは長い付き合いなのか？よく手伝いに来てたよ。賃金がいいからって危ない仕事ばかり進んでやってた。隠れ家のためにそこまで。今回の件は俺からシドに報告しておく。お前にも迷惑をかけた。悪かったな。あんた、シドのところから来たやつだな。すまないが、ちょいと手を貸しちゃくれないか。なんだ、言ってみろ。ああ、オリフレンで保護したベアラーたちをこの村まで連れてきたんだが、前の主からよほどひどい目に遭わされたのか、まともに話もできやしない。人を恐れているんだろう。だろうな。だから同じベアラーのあんたならと思ってさ。
俺の代わりに彼らの話を聞いてやってほしいんだ。俺でよければ。そうか、助かるよ。必要なものがあったら村の連中を頼ってくれ。できる限りのことはするから。そうさせてもらう。ベアラーたちはそこの椅子で休んでる。それじゃ頼んだぜ。オリフレムから来たらしいな。何かあれば俺に言ってくれ。ここは安全だ。俺たちベアラーが喋っても咎める奴はいない。本当か？じゃあ食べるものをできれば妹の分も。分かった。酒場でもらってこよう。ありがとう。すぐに戻る。あんたたちは体を休めて待ってろ。何か食べるものをもらえないか。2人分だ。悪いけどよそ者に回すほど余裕がないよ。俺のじゃない。ここで保護されたベアラーたちの分だ。あら、そのブローチ最近シドのところに入ったってのはあんたかい。なら力になんなきゃね。パンとワインでよけりゃ遠慮なく持っておいき。ブローチ一つで随分な態度の変わりようだな。そりゃそうさ。ここじゃマスターの決めたことが全てだからね。マスターのお客人なら協力は惜しまない。それがロストウィングの掟さ。さあ、ベアラーたちがお腹を空かせてるんだろ。そこに置いてあるから持って行っておやり。パンとワインか。さっきのベアラーたちに持って行ってやろう。パンとワインをもらってきた。食べるといい。本当にいいのかい？こんなにたくさん食べたのは生まれて初めてだ。ねえ兄さん、この村は夢のようなところだね。座るなとか食べるなとか誰も言ってこないね。ああ、本当に。次はお前たちだけで行ってこい。もう自由なんだからな。わかった。ありがとう。パンとワインうまかったよ。誰だあんた？おっと、そのブローチは。脅かすなよ。どこの傭兵かと思ったぜ。まあちょうどよかった。聞いてくれよ。大事なブドウ畑に魔物の群れが居ついちまったんだ。普段から出る場所なのか？いや、あんなに魔物が出ることはめったにない。ただ今年のブドウは特に香りが強くてな。おそらくそいつを嗅ぎつけたんだろう。そろそろワインの仕込みを始める時期なのに、奴らのせいで収穫もできねえ。このままじゃマスターに何を言われるか。ところであんた、見た感じなかなか腕が立ちそうだ。頼む、ブドウ畑の魔物をどうにかして駆除してくれねえか。分かった。
俺がやってこよう。ありがてえ。早いところ頼むよ。ブドウ畑は村外れのゴールトン農場にあるからな。この辺りか。さて魔物を駆除しよう。全部倒したな。ロストウィングに戻って伝えてやるか。魔物を駆除してきた。もう安全だろう。助かったよ。これでマスターにも顔向けできる。ほら、手間賃だ。受け取ってくれ。ここで作ったワインはロストウィングの貴重な収入源さ。ゴールトンルージュっていや外でも評判なんだぜ。ワイン作りを始めたのはマスターの知恵だ。ベアラーたちもあれくらい近場なら働けるからな。役に立てて何よりだ。ああ、マスターにも伝えとくよ。ワインができたらあんたも味わってくれよ。あなたマーサお抱えのベアラーでしょ。助けて。何があった？宿場に野党が押しかけてきたの。私は何とか逃げてきたけど他の人たちが心配で。お願い、野党を追い払ってもらえないかしら。いいだろう、任せておけ。ああ、ありがとう。野党はどこに？さっき酒場へ向かって行ったわ。大きな声がしたから中で暴れてるのかも。あの中には何人かお客もいたはずよ。どうかみんなを助けてあげて。おいおい、金も酒もこんなもんかよ。なんてしけた酒場だ。この宿に金がないなら、そこの傭兵、お前から金をいただくとしよう。ほら、有り金全部出しやがれ。これで終わりか。ありがとう。本当に強いのね。おかげで助かったわ。あんたが退治してくれたのかい？まったく野党ども、私の留守中に好き放題してくれたもんだよ。マーサ、この宿場では傭兵団を雇っていたと思うが。ああ、ブラッドアックス傭兵団のことだね。属領の駐屯兵は何もしてくれない。野党退治も商人の護衛も全部自分たちでやるしかないんだ。いつもは傭兵団を頼ってるけど、宿場の外の仕事も多くてね。こういったことに柔軟に対応できないのが悩みの種さ。そうか、難儀をしてるな。だからあんたが手を貸してくれて助かった。私から礼をさせてちょうだい。今回は本当にありがとう。さて、これから後片付けで大忙しさ。またね。おお、君が野党を退治してくれたんだな。クライブ君だったね。話は聞いたよ。酒場を襲った野党を退治してくれたそうだな。本来なら宿場を守る我々傭兵団が対処すべきところだった。改めて感謝を。その敬礼はロザリアの。すまない。属領となった今ではこいつは控えるべきだったか。しかしこの敬礼がわかるとは君は。いや、失礼した。
あなたの進む道に幸あらんことを。ねえ、私のクロエを見なかった？うちで飼ってる子なんだけど、いつも一緒に遊んでたのにいなくなっちゃった。あなたクロエを探してくれない？ああ、探してやろう。クロエはどんな見た目なんだ？白くて綺麗な毛で私のお気に入りなの。それにね、おとなしくてお利口な子よ。なのにずっと帰ってこなくって、きっと小麦畑で迷子になってるんだわ。今頃お腹を空かせてるはずよ。ご飯を食べさせてあげなきゃ。なら急ぐとしよう。きっと見つかるさ。闇雲に探すわけにもいかないな。近くの村人に聞いてみるか。ちょっといいか、聞きたいことがある。なんだい、ベアラーのくせに口の利き方がなってないね。主に何か頼まれたのか？さっさといいな。少女が飼ってるクロエを探している。この辺りで見なかったか？クロエ？ああ、村の子の。それなら風車小屋の周りをうろついてたけど、小汚くて嫌になっちまうよ。ちゃんと見張っておきなっていつも言ってるのに。あの風車小屋か。もういいだろ、さっさと失せな。クロエは白い毛と言っていた。こいつは違うか。あれは人が倒れている。一体何が？ベアラーの遺体か。あ、クロエ、こんなところにいたのね。何？いつまでも寝てないの？さあ、お家に帰りましょう。ほら、クロエ。なんだ、もう壊れちゃったの？ちょっと魔法を使わせただけなのに。今までのクロエより可愛かったから大好きだったんだけどな。またお父さんが仕事で使わなくなったクロエをもらってこなきゃ。壊れたんじゃない。君の大好きなクロエは死んだんだ。死んだ？クロエも人と同じだということさ。君は父さんや母さんが死んで二度と会えなくなったらどう思う？嫌よ、悲しいわ。クロエも同じだ。大好きだった彼女にはもう二度と会えない。そんなの嫌よ。いいか、ベアラーは物じゃない。人と同じように死ぬんだ。クロエが大好きだったんだろう。だったら彼女の死をしっかりと受け止めるんだ。クロエ。遅いじゃないか。何をしていた？何の話だ？聞いておらんのか？わしの息子が魔物に襲われているんだぞ。早く助けに行くんだ。分かった。すぐに向かおう。場所はどこだ？おお、今度のベハラはなかなか度胸があるじゃないか。息子はこの辺りの海沿いだ。いいか、しっかり魔物を倒すんだぞ。さっきの男、妙に落ち着いているように見えたが、ともかく何かあってからではまずい。奴の息子を探さなければ。誰か助けて！子供の声だ。待って、今助けるぞ。
猟犬を倒しちゃうなんて、お前何やってるんだよ。ベアラーなんて魔物にやられて壊れちゃえばいいのに、余計なことしちゃってパパが知ったら怒るぞ。どういうことだ？魔物に襲われていたんじゃないのか？うわ、ベアラが喋った。僕はパパに言われてやっただけだもん。なんだと？また喋った。ベアラのくせに。パパに言いつけてやる。まさかこのベアラーたちは今の魔物に。なんてひどいこと。あの親子に詳しく話を聞かなければ。おい、そこのベアラー、こっちに来い。息子から聞いたぞ。せっかく手なずけた猟犬を殺したそうじゃないか。そもそもなぜお前はまだ生きている？ベアラーはわしら貴族を楽しませるためにいるんだろう。ならさっさと死んで餌になっていればいいんだ。貴様ら、やはりわざとベアラーをけしかけていたのか。また勝手に喋った。パパ、やっぱりこいつ変だよ。最近奴隷商から買ったベアラーかと思ったが、よく見れば確かに知らない顔だな。おい、お前の主人に文句を言ってやる。主人を呼んでこい。今すぐだ。俺はノースリーチのマダムの用心棒だ。今は主人に命じられた仕事の最中だが、すぐに呼ぶか？何？マダムだと？彼女に立てつけば夜の帳が。一つ教えておく。ベアラーもお前たちと同じように恐怖や痛みを感じるんだ。いいか？命で遊ぶんじゃない。こんな馬鹿げたことは二度とやるな。パパ、こいつなんか怖いよ。いくらマダムの奴隷とはいえ、ベアラーごときにあれこれ言われる筋合いはない。パパ、また猟犬を買ってよ。今度こそこのベアラを壊すんだ。ちょうど今別の魔物を捕獲させている。新しいやつが手に入ったらお前を殺してやるからな。まだ続けるつもりか？この様子じゃ殺されていたベアラーもあのまま捨てるつもりだろう。せめて人らしく弔ってやらねば。これまで一体何人が犠牲になったんだ？またベアラーの死人が出たのか。君はクライブだな。なぜ俺の名を？マダムから聞いてる。私もあの方の下で働いてるんだ。しかしひどいことを。彼らを弔うたびに胸が痛むよ。あんたがいつも埋葬しているのか？ああ、マダムの言いつけでね、放置された遺体を葬って回ってる。クライブ、よければ手伝ってくれないか？ああ、そのつもりで来た。これでよしと。そうか、君が猟犬を始末してくれたんだな。だが奴らは新しい魔物を捕獲させているようだ。まだ続けるのだろう。ベアラーの命を何だと思ってる？なんとも思ってないさ。だからこんなに残酷なことができるんだ。金持ち貴族どもはベアラーを退屈しのぎに使い、死ねばゴミのように捨てる。だが少なくともあの貴族のくだらない遊びは終わるだろ
あの声はさっきの親子か。ほらな、野生の魔物がそう簡単に懐くものか。下手に近づけば噛み殺されるのがオチさ。それはベアラーも同じ。いつか牙を剥かれた時、人様はどうするつもりなんだろうか。まあ結果はどうあれ、ベアラーが無駄に殺されることが減ったのはいいことだ。ありがとうクライブ。これは俺からの礼だよ。俺は何も。取っておいてくれ。また君の手を借りることもあるだろうから。それじゃまたな。君、ベアラーなのにそのブローチを？そうか、マダムの。だったら話を聞いてくれないか。あんたは？僕はコートの役人でマチューという。そしてマダムに手を貸す者でもある。この国はベアラーの扱いがひどいだろう。僕のようにそれを快く思わない者もいるということさ。なるほどな。それで話とは？この町のベアラーたちのことだ。彼らは常に飢えている。過酷な仕事を課せられる上に満足な食事も許されない。それで餓死しようが誰も見向きもしない。壊れた道具と同じように使い捨てられるだけ。見るのも辛いありさまだよ。これまで密かに食料を配っていたが、住人に感づかれたようでね。だが君なら僕よりも怪しまれずに済むだろう。どうかベアラーたちに食料を配ってくれないか。ああ、俺がやろう。ありがとう。これで彼らも少しは生き延びられる。では早速だが、これが食料だ。食料を配ってほしいベアラーは兵舎の周りで働かされている3人。いずれも休むことを許されず、魔法の使用を強要されているはずだ。魔法を使わされているベアラーか。だが気をつけてくれ。彼らは主の所有物。決して誰にも悟られないように頼む。食料を配り終えたらマダムに伝えてほしい。彼女の手の者に伝言すればいいだろう。分かった。あんたはどうするんだ？僕はこれから表の仕事さ。それでは頼んだよ。魔法を使わされているベアラーか。早く食料を届けてやろう。おい、まだ直せねえのか？今は無理そうだな。また後にしよう。マチューからの食料だ。マチューさんから。ありがとう。でもあんたは早くここを出た方が。おい印持ち、何勝手に休んでんだ。さっさと火力を上げろ。お前もうちで何してやがる。とっとと自分の主のところに帰りやがれ。マチューに頼まれた。受け取ってくれ。今日も食べられるんだね。助かったよ。でもまだ働かないと。後でこっそりいただくよ。いつもこうなのか？俺たちはまだ恵まれてる方さ。マチューさんの施しがなければとっくに死んでる。
よし、もう十分だ。今度はもっと早く治療しろよ。食料を渡しに来たマチューからだ。マチューさんな。でも次の仕事があるんだ。すぐに行かないと。休めないのか。僕は治療しかできない。道具だから。道具。食べ物をありがとう。日が落ちたらこっそり食べるよ。何か用かしら？マチューに頼まれてベアラーに食料を配ってきた。その報告だ。あら、あなたが？ありがとう。ちゃんとマダムに伝えておくわ。そういえばマチューさん、食料のことを感づかれたって言ってたわね。ああ、だから俺が代わりに。そういえば彼はコートの役人のようだが。ええ、コートでもかなりの地位についてるみたい。馴染みのお客で羽振りも良くて評判だったの。でもベアラーの現状に耐えかねたのか、国の制度に疑問を持つようになって。あの様子を見ればな。今ではマチューさんもマダムに協力しているのよ。その分うちに落としてくれるお金も減っちゃったけど、ちょっと変わった人でしょ。そう思う。でも彼のような人もいるから、マダムも商いの裏でベアラーを助けることができてる。あなたも認められた一人だものね。これからもマダムに協力してあげてね。分かっている。おい君、そのブローチをつけているとはマダムの用心棒か何かだろう。少し力を貸してもらえないか。もちろん礼は弾むよ。あんたは？失礼した。私はエティエンヌ。マダムにも懇意にしてもらっている商人さ。これから壁の外側で取引があるんだが、私は万兵に目をつけられて行き来ができなくてね。マダムの後ろ盾がある君なら奴らに止められることもないし適任だろう。どうだ君、私の代わりに一仕事してきてくれないかい？いいだろう。おお、助かるよ。何、難しい仕事じゃない。この小袋を壁の外側の取引相手に届けるだけさ。雑貨やハーブ酒を酒屋に渡してくれ。約束の品だと言えば通じるだろう。中身は何だ？外側の連中が喉から手が出るほど欲しいもの。そうだな、知らない方がうまくいくとだけ言っておこうか。それじゃ頼んだよ。なんだ、ベアラーじゃないか。あんたが買えるようなもんは置いてないんだけどね。俺はエティエンヌの使いだ。それならそうと早く言っておくれよ。ほら、万兵に見つかる前に約束の品を渡して。ああ、よかった。これでしばらくはやっていける。そら、こっちの取引の品だ。蒸留酒だ。下の肥えた客用にとびきり上等なのを用意しといた。門を通るときは徴収されないよう気をつけな。万兵どもはこういう嗜好品に目がないからね。あと、
エティエンヌにはこれからもごひいきにって伝えておいておくれよ。あ、わかった。ベアラーが何の用だ？約束の品を届けに来た。見たことのない顔だな。いつもの商人はどうした？エティエンヌは万兵に目をつけられている。だから代わりに俺が届けに来たんだ。ならさっさと品をよこせ。前回と比べて少なくないか？まさか中身をくすねたんじゃないだろうな。いらないなら返せ。ベアラのくせに生意気な口を。エティエンヌの使いじゃなけりゃ役人に突き出してやるんだがな。ほら、これが取引の品だ。これは葉巻か。丁重に扱えよ。高級品だからな。ベアラだ。邪魔だ邪魔。あっち行け。エティエンヌの使いだ。約束の品を持ってきた。なんだよ、そういうことか。これさえあればクソみたいな生活も少しは潤うってもんだ。さっきは悪かったな。少し待っててくれ。こっちの取引の品だ。香水か。よそ見して落とすんじゃねえぞ。香水葉巻蒸留酒、どれも上等な嗜好品だ。こんなものと交換できるなんて、あの小袋には。とにかくエティエンヌのところへ戻ろう。無事に戻ってきたか。取引の品を扱ってきた。完璧だ。マダムもきっと喜ぶ。もしかしてあの小袋の中身は。気づいたかね？そう、クリスタルだよ。だから俺に中を見るなと言ったのか。おじけづいた君が妙な動きをすれば、目ざとい万兵に気取られるかもしれない。クリスタルの闇取引なんて見つかれば首が飛んでしまうからね。私が扱っているのはクズのような破片だけ。そんなものでも外側の連中にとっては上等な嗜好品と同等の価値だということさ。それほどクリスタルが手に入らないと。ああ、壁の内側のおこぼれに預かろうと外側にあのマルシェができるくらいにはね。これを卑しいことだと思うかい？ただ生きるためだろう。それ以上でもそれ以下でもない。なるほど。マダムが気に入りそうな男だな、君は。大事な品を万兵に巻き上げられずに済んだ。君のおかげだ。感謝する。マダムにも君の働きについて伝えておくよ。なんだ貴様、ここはベアラー風情が入っていい場所ではないぞ。知ってるか？俺たちは公と防衛の精鋭部隊だ。奴隷なんざに用はねえんだよ。すぐに出ていく。おい、こいつマダムのブローチを持ってるぜ。なるほど、マダムの用心棒というわけだ。俺たちの護衛さえ断ってたマダムがね。このベアラかなりやり手かもしれん。おお、面白い。おい、ベアラ、一つ手合わせといこうじゃないか。手合わせだと？マダムに認められたその力、ぜひ確かめさせてもらいたいな。仕方ない。一戦だけでいいか？ああ、構わんよ。だが互いに手加減はなしだ。この訓練場でやるとしよう。さっさと用意するんだな。
さあ貴様の実力を見せてもらおうか。さっさと終わらせよう。大した自信だな。では行くぞ。手加減はなしだぞ。さあかかってこい。ベアラ、貴様の力を見せてみろ。たかがベアラだと思っていたがやるじゃないか。まさかなんということだ。おいおい、わざと負けたんじゃねえだろうな。まさかあいつ相当できる。それなら。おいベアラ、今度は俺と勝負だ。行くぞ。どれだけできるか見せてもらうぜ。やるじゃねえか。ありえねえ。もう十分か。なんだよこいつ、とんでもない強さだ。いくらマダムの用心棒とはいえベアラーに負けるなど精鋭部隊の名折れだな。ああ、俺たちもまだまだだぜ。上官の言う通りもっと鍛えねえと。俺はもう行くぞ。あ、手間をかけた。見事だったよ。おい、俺たちがあんたに負けたってことマダムには絶対に言うんじゃねえぞ。まったく弱ったな。どうかしたのか。渡し船の底に水が染みてきてやがる。黒の一帯の水は腐敗しやすいと聞くが。隠れ家の中の水はちゃんと処理して使ってるが、この船や桟橋なんかは野ざらしだ。防腐用の薬剤を塗って補修を続けないとすぐダメになっちまう。今回も少しばかり怠けたらこのざまさ。それにちょうど薬剤の在庫も切れてるらしくてな、補修しようにもできやしない。なあシド、ちょいと手を貸してくれないか。ああ、協力しよう。お前の渡し船はこの隠れ家の大事な足だ。補修するなら早い方がいい。そう言ってくれると思ったぜ。ありがとよ。薬剤の入荷にはしばらく時間がかかるみたいでな。だから代用品で何とかしようと思う。ロザリアのクアールテール滝を知っているか。あそこにはシスルソーンって魔物が救ってる。奴の強粘液は水を弾くから補修に持ってこいだ。すまねえが手に入れてきてくれ。分かった、行ってみよう。あれがオボルスの言っていた魔物か。奴らを倒そう。これが強粘液だな。オボルスに渡してやろう。おかえりシド。強粘液は手に入ったかい。ああ、渡しておこう。これだよこれ。助かったぜシド。早速補修に取り掛かろう。お前の渡し船は隠れ家になくてはならない。今後も頼むぞオボルス。あんたに頼まれたのならやる気も出るってもんだ。任せてくれ。今まで以上に役立ってみせるさ。ああ、シド。ご相談がありまして。どうしたんだ。
シドはこの木の果実をご存知ですか？確か前の隠れ家にもあったな。はい、植生の研究をしていたマーテルさんが大事に育てていたものです。彼女の亡き後、僕が育成を引き継いで、ついに食べられるほどに大きく育ったんです。それに当時はとても酸っぱかったのを改良を重ねて甘くすることもできました。すごいじゃないか。みんな喜びそうだ。これを石の剣の皆さんに食べていただきたいのですが、なかなか声をかけられなくて、どうか僕の代わりにお渡ししてもらえませんか？いいだろう。連中には俺から渡しておく。助かります。石の剣には前の隠れ家から勤めている方が多くいます。ですからぜひとも食べていただきたかったのです。それではシド、こちらがマーテルさんの果実です。よろしくお願いします。よかったね、マーテルさん。やっと皆さんに食べてもらえるよ。一休みに甘いものでもいらないか。植物園で育てたマーテルの果実だそうだ。マーテルだって、その名前どこかで。ああ、植物園にいた人じゃない？そうそう、植物園のマーテルさんだ。あの人、草木のことになると本当に熱心だったな。前の隠れ家から一株だけ苗を持ち出せたって聞いたわ。よかった、また実がつくところまで育ったのね。そうか、あの果実か。懐かしいものがもらえて嬉しいよ。シド、ありがとう。ぜひ他の連中にも渡してあげてくれ。植物園からの差し入れだ。受け取ってくれ。おや、懐かしいな。この果実って前の隠れ家で育ててたやつだろ。先代のシドはこいつがお気に入りだったな。まだ小さい実を勝手に取ってよくマーテルに怒られてたっけ。シドがしそうなことだ。なんだ、ずいぶんうまそうだな。そいつはマーテルの果実。植物園の連中、苗木からここまで大変だったろうに、マーテルの意志を継いでよく育ててくれたよ。こうやって収穫できて彼女も喜んでいることだろう。クライブ、後で俺のところにも届けるよう言っといてくれるが。やれやれ、相変わらずだな、オットーさんは。シド、ありがとう。残りの果実は俺からみんなに渡しておくよ。植物園の人にもお礼を伝えておいてくれ。これで渡し終えたな。植物園に戻って伝えてやるとしよう。石の剣の連中に果実を渡してきた。喜んでくれていたよ。それにみんなマーテルのことを懐かしがっていた。覚えていてくれたんですね。マーテルさんは人が苦手だった僕に優しく接してくれました。でも彼女はあの襲撃での怪我が原因で。以前彼女は言ってました。この木の果実をとびきり美味しくしたいって。だからこの木をマーテルと名付けて育てたんです。僕がマーテルさんの思いを形にするために。お前は彼女の意志を継いでそれを成したんだ。自分を誇っていい。シドからお褒めの言葉をいただくなんて。そういえばオットーが届けてくれと言っていたぞ。あと俺の部屋にも頼む。わかりました。カゴにいっぱいお届けします。よかったね、マーテルさん。もっと
もっと美味しくしてあげますからね。そこの人、ちょっと手を貸して。おお、あんた傭兵だろ。ちょうどよかった。ここに来る途中、チョコボが野党どもに追われてたんだ。あいつを助けてやってくれないか。チョコボ？ああ、ここら一帯を縄張りにしてる野生のチョコボだ。でもただのチョコボじゃねえ。魔物や野党から行商や旅人を守ってくれるこの辺りの用心棒みたいなやつさ。そんなチョコボがいるのか。俺もこの前野党に襲われたところを救われてな。きっとその時の奴らが報復しに来たんだろう。どうか頼む。あんたの力でチョコボを助けてやってくれ。いいだろう。ありがてえ。それでそのチョコボはどこに？この先の街道を横切って船着き場の方へ向かっていった。あのチョコボは気高いナイトのごとき振る舞いで、行商仲間からもロザリアの心なんて呼ばれてる。一目見ればわかるはずだ。わかった。それじゃよろしく頼むよ。ロザリアの心、どんなチョコボなんだ。これはチョコボの風切り羽。白チョコボなんて珍しい。あいつを思い出すな。この足跡、向こうか。これはチョコボを追ってた野党か。ようやく追い詰めたぜ。散々俺たちをコケにしてくれやがって。仲間の仇でその白い羽を血で染めてやる。待て。なんだてめえ。そのチョコボはロザリアの心だな。こちらに渡してもらおう。俺たちの獲物だ。よそもな突っ込んでね。悪いがそれはできない。これも仕事なんでな。もう大丈夫だ。お前がロザリアの心か。トルガルが懐くなんて。その目の傷、まさかあの時の。やはりお前はアンブロシアなのか。アンブロシア、よく生きて。お前にも仲間がいるんだな。おい、大丈夫か。心配になって来ちまったぜ。野党どもを倒してくれたんだな。チョコボも無事みたいでよかった。ああ、実はやれやれ、ロザリアの心があんたのチョコボだったとはな。チョコボは物覚えがいい。きっと
昔のあんたの姿や立ち振る舞いを覚えてて、俺たちを守ってくれてたんだろう。それにしても珍しい白チョコボを飼ってただなんて。もしかしていいところのでかい？いや、そういうわけでは。おっと、野暮なことを聞いたか。気にしないでくれ。アンブロシア、どうした？あんたと一緒に行きたいんだよ。ほら、お仲間も賛成してる。来てくれるのか？何年ぶりかに再会したチョコボとまた旅をする。なんとも泣ける話じゃねえか。よし、ちょっと待ってくれ。どうだ、これでいつでも行けるぞ。いろいろと用立ててくれて感謝する。これぐらい当然さ。ロザリアの心は俺たちの恩人だからな。ここも用心棒がいなくなって寂しくなるが、いつまでも甘えるわけにもいかねえ。今後は俺たちだけで何とかやっていくさ。だからロザリアの心、安心してご主人様との旅を楽しんでくれよ。そういえばあんたどこかで荷馬車をチョコボに囲まれちまった時か？いや、違う違う、あいつはベアラーだった。どうかしたか？なんでもねえ、こっちの話だ。昔あんたに似た人に頼み事をした気がしただけさ。それじゃあな。ありがとうよ。お前が必要な時にはすぐに呼ぶ。これからまたよろしくな、アンブロシア。クライブ、ちょうどよかった。どうした、オーガスト？バラクソーンのことで気になることがあってな。このところどうもあいつの様子がおかしい。一緒に酒を飲んでいてもどこか上の空さ。何かあったのは間違いないんだが、俺には言ってくれなくてよ。ブラックソーンが困っているならなんとか解決してやりたいんだ。頼むクライブ、手を貸してくれないか？分かった、力になろう。助かるぜクライブ。ひとまずブラックスオンと話してみるか。ああ、頼む。あんたと一緒ならブラックスオンも口を開いてくれるかもしれない。俺は先にあいつのところへ行ってるぜ。なんだクライブ、オーガストと一緒とは珍しいじゃないか。二人して何の用だ？あんたの様子が気になってな。俺でよければ話を聞こう。なんだと？オーガスト、てめえ余計なことを吹き込みやがって。なあブラックソン、悩みがあるなら言ってくれよ。俺には無理でもクライブならきっと何とかしてくれる。俺はお前が心配で。すまなかった。別に悩んでたわけじゃない。ただどうにも調子が乗らねえだけさ。何かあったのか？先日カローンがある革鎧を仕入れてな。そいつは今まで見たこともない革でできてやがった。
どうやって舐めしたのか見当すらつかない。まさに一級品の皮だ。俺も腕には自信があったが、世の中に自分よりはるかに腕の立つ職人がいると思うと少し悔しかっただけだ。もういいか。仕事の邪魔になる。よそへ行ってくれ。ブラックゾーン。ブラックゾーンのやつ、あんなことを気にしてたんだな。ああ、もう自信をなくしちまってるとは。一級品の皮というのがそれほどの出来だったんだろう。その皮を調べてみるか。もしかしたらブラックソーンが自信を取り戻すための手がかりがあるかもしれないからな。付き合ってくれるのか？隠れ家の鍛冶師があの様子じゃみんなも困るだろう。それに奴に威勢がないのは俺も寂しい。ありがとう、クライブ。カローンが仕入れてた革鎧と言っていたな。彼女に話を聞いてみよう。カローン、今いいか？先日仕入れたという革鎧について教えてほしい。ブラックソーンが気にしてた鎧だ。覚えてるか？ああ、あれのことかい。偶然出会った革職人から直接仕入れたものでね。自分で素材を集めては一点物を作って生計を立ててるっていう変わり者さ。でもうちの店では保全しきれないし、高く買うって小塚がいたからもう売っちまったよ。その職人とはどこで？私が会ったのはダルメキ山で仕入れに行った時だ。自分で狩りをするようなけったいな職人だったからね。今どこにいることやら。そうか。あ、お待ち。そういや、次にドズメアの皮を狙うとか言ってたね。ドズメアってのはかなり珍しい魔獣なんだが、石の剣の連中が最近ザンブレク領で見たって聞いたぞ。サロンのリスキーモブ掲示板に何か書かれてるかもしれない。ありがとう、カローン。参考になった。いいってことさ。オーガスト、俺はこのままザンブレク領へ向かい、ドズメアの出たあたりで革職人を探してみる。それじゃ俺は引き続き革鎧の方を調べよう。一点物で生計を立てているとなれば名の売れた職人かもしれない。なるほど。そっちは頼んだぞ。ドズメアが目撃されたのはこの辺りか。近くに革職人がいるといいが。どうしたトルガル？あれは人か？大丈夫か？はい、危ないところでした。ドズメアに背後から襲われ、戦う間もなく気を失っていたようです。無事で何よりだ。私は革職人のカミル。助けていただいてありがとうございました。革職人？もしや以前カローンという商人に革鎧を売ったことが？ええ、覚えていますよ。私の革鎧を高く評価して買い上げていただいた方ですから。結構値切られましたが。でも
なぜあなたがそれを？その商人に話を聞いてあんたを探してたんだ。そうだったのですか。うちの鍛冶師も相当な腕だが、あんたの革鎧を前に打ちのめされてな。嬉しいです。そんなに評価していただいて。ドズメ屋を仕留める凄腕の傭兵さんが認めるほどの方。同じ職人としてなんとか力になってあげたいですが。そうだ、この品を差し上げましょう。これは？その革鎧に使っていた加工革です。手元にある分だけですが、ぜひ鍛冶師の方にお渡しください。いいのか？ええ、助けていただいたお礼です。製法まではお伝えできませんが、その革が何かのきっかけになれば、それにあなたがドズメ屋を倒してくれたおかげで目当ての革を手に入れられましたから。なら遠慮なくいただこう。そうしていただけると。ではそろそろ次の狩り場へ向かわなければ。鍛冶師の方にもよろしくお伝えください。ああ、世話になった。よし、早速ブラックソーンに渡してやろう。それで今クライブが職人を探してるんだ。そんな。おお、戻ったかクライブ。それで例の革職人には会えたのか？ああ、なんとかな。ブラックソン、彼からあんたに贈り物だ。こいつは。例の革鎧に使われていた加工革らしい。何かのきっかけになればと言っていたよ。なるほど。違う種類の革を組み合わせてあるのか。それを何層にも重ねて補強してある。そうか。革鎧に仕上げた時にこの上からさらに油で染めてたんだな。それにしてもよくできてやがる。俺にはただの革にしか見えねえが、さすが職人だ。凄さがわかるもんなんだな。そうだクライブ、その職人なんだがカミルって名前じゃなかったか？確かそうだ。やっぱりな。一点物を作って生計を立てている革職人を探ってみたら、そいつの名前が上がってきた。そいつの故郷のタボールって村は革細工が盛んだそうだ。中でもカミルの家系は一子相伝の技術でこの革を作っているらしいぜ。そうだったのか。俺のために面倒かけたな、二人とも。この川を見てるとなんだかやる気が出てきたよ。ブラックソン、そいつはよかった。やっぱりあんたは根っからの職人なんだな。ああ、本当に。こいつはとても真似できるもんじゃねえ。悔しいがな。だがこのやり方を応用できればお前たちに質のいい装具を用意できるだろう。例の一点物ほどきめ細かくは作れない。それでも戦漬けのお前たちがずっと使い続けられる形にしてやれるはずだ。よし、こうしちゃいられねえ。早速仕事に戻るぞ。ブラックソーンのやつ、いつもの調子に戻ったみたいだな。ああ、これで一安心だ。ようやくまた気楽に二人で酒を飲めるってもんだよ。さてと、俺もこうしちゃいられねえ。一仕事してくるわ。ありがとうよクライバー、本当に助かったぜ。なあ兄貴、どうするんだ？そうだな、俺たちじゃどうにもできないよな。
どうかしたか？兄貴、この人ならいけるかもしれねえぜ。見るからに強そうだし。そうだな、話すだけ話してみるか。実は俺たちとある商人に依頼されてこの山道で荷馬車を探してるんだ。荷馬車を？なんでも魔物に襲われて置いて逃げてきたらしい。だけど探し回っても見つからなくてよ。これだけ探してもダメだってことはきっと野党どもに奪われちまったんだよ。ここらで幅を利かせてる野党だろ。もしそうなら俺たちじゃとても歯が立たねえぞ。奴ら相当に腕が立つからね。この先に根城があると聞いてはいるけど。なあ、あんた腕に覚えがあるなら野党の根城に行って荷馬車を探してくれないか。無事に見つかったら報酬をあんたに半分やってもいい。どうだ、頼むよ。いいだろう。ありがてえ。兄貴、やっぱり俺が見込んだ通りだった。ああ、助かるぜ。荷馬車には僕ら戸市場で売るはずだった食料がたくさん積まれているそうなんだ。依頼主からは荷馬車を見つけたら積み込んだ食料ごと持ち帰ってきてほしいって言われてる。荷馬車を探しはするが積み荷の保証まではできないぞ。それは困るな。とにかく頼んだぜ。荷馬車と食料を見つけてくれ。あの二人どこかのものだったな。まあいい、すぐに終わらせよおい、傭兵が来やがったぞ。身ぐるみ剥いでしまえ。近くに荷馬車があるかもしれない。探してみるとしよう。だいぶ荒らされているが食料はまだ残っているな。おお、いたいた。心配になって見に来ちまった。野党も倒して荷馬車も探し出してくれるとはな。これであの商人にも顔向けできる。荷馬車は壊れてるが大丈夫なのか？そんなことは別にいいんだよ。あんたは何も気にすんなって。ああ、後のことは俺たちに任せてくれ。ほら、約束の報酬だ。今後ともシェンベラ兄弟をよろしくな。兄貴、余計なことを言わなくていいんだよ。ありがとうよ。さっさと行きな。イヴァン、何を読んでるんだ？バリスゼア食機構です。語り部からお借りした本なんですが、これには魔物の調理法が書かれているんですよ。魔物の調理？ええ、この本にかかれば全ての魔物がごちそうに思えてきます。姿焼きから甘味までいろんな魔物料理が。ああ、一度でいいから食べてみたい。挑戦してみる分には止めないさ。でも魔物を捕まえるとなるとひ弱な僕にはとても。だからシド、お願いします。食材の調達に力を貸してくださいませんか？やれやれ。そこまで熱心に言われたら仕方ない。さすがシド、ありがとうございます。それでどんな料理を作るつもりなんだ？はい、この本の中でも特に目を引かれた魔物の煮込みシチューにしてみようかと。ですが問題があって、何の魔物を使うのか肝心なことが書かれていないのです。食材のところには魔物の肉、至根の重宝と記されているだけで。
他に手がかりは？そうですね、ロザリアさんが特に濃厚とあります。ロザリアに住む魔物の肉ということか。マーサの宿にいる商人なら何か知っているかもしれない。早速行ってこよう。旦那、何かご入り用で？紫根の重宝と呼ばれる食材を探しているんだが、何か知らないか？おや、随分古い言い回しだ。紫根の重宝はローランド・スコーピオンの尻尾ですよ。殻をつけたまま煮込むことで肉が紫色に染まるんだとか。昔は戦の時など食料不足の折に食されていたようですが、今となっては珍味の類で、この辺りの商店ではどこも取り扱っていませんね。そうだったのか。その魔物はどこに生息しているんだ？確かここから少し離れたスリーリーズ湿地だったかと。ありがとう。探してみよう。紫根の重宝が取れるのはこの魔物か。これが紫根の重宝。新鮮なうちにイヴァンに届けよう。シド、紫根の重宝は手に入りましたか？ああ、これだ。ありがとうございます。ってまさかこの毒々しい殻付きの肉が？紫根の重宝の正体は湿地に出るスコーピオンの尻尾だったよ。なるほど。よし、とにかく作ってみよう。少し待っててくださいね。できましたよ、シド。魔物の煮込みシチューの完成です。早速いただきましょう。さあ、シドからどうぞ。あいにく今は腹が減ってないんだ。後で食べたいって言っても遅いですからね。それじゃいただきます。モルボルの臭い息に勝るとも劣らない鮮烈な臭みが口の中に。でもそれを超えた先にとろけるような肉の食感と芳醇な旨みが広がっていく。鼻がもげそうですけど、こんなに美味しい料理は初めてです。なんて幸せなんだ。ありがとうございます、シド。そうか、よかったな。これは僕だけが食べるのはもったいない。みんなにも食べさせてあげないと。後で料理長のモリーさんに交渉して献立に加えてもらわなきゃ。なあ、頑張れよ。こんにちは、シド。ちょうど伺いたいと思っていたところです。どうしたんだ？あなたがロザリアの出身とお聞きしまして。モーガンビアードという花をご存知ですか？ロザリアに咲く珍しい花で、煎じて飲むと薬が効きやすくなるのだとか。いや、覚えがないな。そうですか。もしかしたらと思ったのですが。というのも、この隠れ家では薬品はとても希少でして、入荷も少なく、いつも不足しています。ですからモーガンビアードの効能で効き目を増せば薬の節約につながるかと思ったのです。ただこの花の方向を蛮族が好むらしく、採取に危険を伴うためかなかなか市場に出回らず。シド、無理を承知でお願いするのですが、ロザリアへ行った折にその花を探していただけませんか？探してみよう。どんな花か教えてくれ。ありがとうございます、シド。モーガンビアードは大きな黄色の花が特徴的で、グレードモン修道院の北部に群生しているようです。
無事に採取できたらぜひ隠れ家にお持ち帰りください。蛮族が出るかもしれませんので、くれぐれもお気をつけて。それではよろしくお願いします。ゴブリン族、それにデカブツか。この花の香りには覚えがある。確か子供の頃によく嗅いだ香りだ。よし、こんなところか。隠れ家へ戻って届けてやるとしよう。お帰りなさい、シド。モーガンビアードは見つかりましたか？これで合ってるか？ええ、この花で間違いありません。ここで大切に育てて薬の節約に生かせるよう尽くします。ありがとうございました、シド。花のことは知らなかったが、香りには覚えがあった。子供の頃よくロザリス城で香っていたよ。まさか蛮族が好むものとは知らなかったかな。それにしても薬を効きやすくする花か。俺の弟は体が弱かった。きっとその花を煎じたものを合わせて薬を飲んでいたんだろう。確かに貴族の病にも使われたと聞いたこともあります。それほど確かな効果のある花なのでしょう。そうだ、今回のお礼としてシドのために何か作らせてください。この花から成分を抽出してみます。少々お待ちくださいね。お待たせしました、シド。旅先で使いやすいよう精油にしてあります。他の薬に一滴混ぜれば効能が上がることでしょう。ぜひお試しください。あら、クライブ、ちょうどよかった。困りごとか？服を仕立てようと思ったんだけど、布が足りないことに気づいてね。ほら、この間保護されたあの姉妹の分。あんな格好のままだとかわいそうでしょ。綺麗な服を着せてあげたいじゃない。必要な布は注文してあって、あとは受け取りに行くだけよ。ねえ、ちょっと手伝ってくれない？それくらいなら俺が行こう。あら、いいの？助かるわ。注文した布は濃い青と朱の2色よ。お金は先に払ってるから、この引換書を渡せば布を受け取れるわ。ああ、分かった。濃い青色と朱色の布だな。お店はノースリーチのマルシェにあるからね。それじゃよろしく、クライブ。さて、布を受け取りに行こう。もっと稼げたのに。お客さん、何かお求めですか？注文していた布を受け取りに来たんだが。あら、これは。すみません、こちらの布はまだ届いていないんですよ。僕ら戸市場から取り寄せていたもので、本来ならとっくに届いているはずなんですが、もしかすると行商さんに何かあったのかも。その行商はどっちから？いつもならこの先の新軍道を通ってくると思います。まさかお客さんが様子を見に？ああ、その方が早そうだ。俺が様子を見てこよう。それは助かります。私も困ってましたから。どうかお気をつけて。てめえのチョコボのせいだろ。そう言われましても。大事な商品だぞ。
どうしてくれるんだよ。そう言われましても。何かあったのか。こいつのチョコボがぶつかってきたせいで商品が汚れちまってよ。急にぶつかってきたのはそちらで。汚れたのはこっちの商品だろうが。てめえの荷物をよこせば許してやるってのに言うこと聞きやしねえ。そんなこと言われましても、これらはノースリーチに届ける品ですし。もしかしてあんたはボクラド市場からの行商か？よくご存知で。でもこの人が急に言いがかりをつけてきて、お願いです、助けてくれませんか。なに？傭兵の手を借りやがるってのか？そっちがその気なら俺たちだってやってやる。先生、出番ですよ。こいつらを懲らしめてやってください。まったくいつまで待たせんだ。花からそうすりゃいいんだよ。面倒な奴が潜んでいたようだ。仕方ない、おとなしくさせよう。先生、その傭兵をぶっ潰してください。おいよ、こっち見てやる。いつだ。先生がやられちまった。なんて強さだ。覚えてやがれ。怪我はないか？はい、ありがとうございました。まさかあんなたちの悪い奴らだったなんて。傭兵さんがいなかったらどんな目に遭っていたか。ですがこれでノースリーチまで届けることができます。本当に助かりました。このまま町まで護衛しよう。俺もあんたが運ぶ荷物に用があるからな。そんなことがあったなんて。こうして商品が届いたのもお二人のおかげです。お礼ならこの傭兵さんに言ってくださいよ。そりゃもう目を見張る強さだったんですから。では確かにお届けしましたので、またのごひいきを。そういえばお客さん、布を受け取りにいらしてましたね。ご注文の品は確かに届いていますよ。それと行商さんを助けてくださったお礼に、うちの店でも特に高級な布を差し上げます。ではこちらをどうぞ。いろいろとすまないな。いえいえ、こちらこそ本当にありがとうございました。ようやく布が手に入ったな。オルタンスに渡そう。おかえりクライブ。お願いした布は受け取れたかしら？ああ、注文していた分を持ち帰った。他にもいくつかもらったから一緒に渡しておくよ。あら、ありがとう。これであの子たちの服を仕立てられるわ。それにしてもあんたがもらってきた布、すごく高級品じゃない。一体何をしてきたの？あっちで面倒事を解決したら礼としてくれたんだ。好きに使ってくれ。さすがね。それじゃせっかくだから何かに使わなきゃ。そうだ、クライブ、あんたこの布の中でどれが一番好き？そうだな。これが一番好きな色合いだよ。わかった。その布をジルに渡しておくわね。ほら、彼女は裁縫が好きみたいだから喜ぶかと思って。そういえば昔からそうだった。確かクライブとジルは幼い頃一緒にいたんだっけ？ああ。ジルは北部の白銀行の娘でな。ロザリアとの和平の証として北部が差し出した公女だったんだ。やっぱり
お姫様だったんだ。なんとなくそうじゃないかと思ってたのよ。彼女のふとした仕草に気品を感じてたから、せめてそれに合う服を着てほしいんだけど、でもジルに聞いてみたら今の服でいいって遠慮されちゃって。あの服だってあんたが作ったそうじゃないか。気に入ってるんだろ。そう思ってくれてるなら嬉しいけど。さっきの布だけでも喜んでくれるさ。ぜひ渡しておいてくれ。ええ、そうするわ。シド、いいところに。石の剣の任務で問題が発生しまして。何があった？言ってみろ。はい。ノースリーチの近郊でコールの部隊がベアラーの救助を行っていたのですが、少し前に彼から知らせがあり、獰猛な魔物と遭遇して襲われたと。ですが私はようやく救出したベアラーたちを見捨てることができませんでした。そして任務の続行を命じたのです。ですがそれから何の知らせもなく。心配だな。よほど危険な状況にあるのか、まだベアラーを助けようとしているのか。今思えばコールたちの命を第一に考え、いち早く撤退命令を出すべきだったのかもしれません。シド、あなたにお願いしたいのです。コールの部隊の捜索に力を貸していただけないでしょうか。分かった。現地に向かってみよう。ありがとうございます、シド。コールからの最後の知らせによると、魔物に襲われたのはノースリーチ近郊のドラゴニエール平原とのこと。もし怪我人を抱えているなら近くでとどまっているはずだ。まずはその辺りで探してみる。この足さえ動きゃまだやれるってのに。無理するんじゃない。血が止まらなくなるだろ。コール、無事だったか。よかった。ええ、なんとか。ですがシド、どうしてここへ？ドリスに頼まれてお前たちを探しに来た。任務中に魔物に襲われ知らせが途絶えたそうだが。申し訳ありません。ゴブリン族に襲われ負傷者の手当てが長引いてしまいました。ベアラーたちは？数名は助けられましたが、残りはまだ2場所に。ただこの状況ではもうベアラーの救助に来たっていうのに、こちらに負傷者が出たせいで助けが遅くなって。彼らがどこにいるか教えてくれ。シド、まさか。今ここで動けるのは俺だけだ。ならばやるしかないだろう。わかりました。ここから南に行ったところで2馬車が立ち往生しています。ベアラーの生き残りがいるかもしれませんが、おそらくゴブリンたちもまだ。分かった。すぐに向かう。ありがとうございます、シド。どうか彼らを。ああ、必ず助け出す。あの2馬車か。誰だ？助けに来た。怪我はないか？ゴブリンたちに襲われたというのに逃げようとした跡すらないようだが。主もいなくて誰も命令してくれない。あんな化け物を前にどうしろって言うんで。そうか、すまなかった。だがお前たちはもう自由なんだ。生きることも死ぬことも自分で決めることができる。ならその命を俺たちに預けてみないか。シロ、ご無事ですか？ああ、ベアラーたちも。よかった、生きててくれた。彼らがお前たちを守ってくれる。命がけでな。信じていいのか？ああ、安心しろ。シド、あとはお任せください。ベアラーたちは必ず隠れ家まで送り届けます。頼むぞコール。ドリスには俺からも伝えておく。シド、
お待ちしていました。先ほどコールからの知らせも届きました。コールの部隊とベアラーたちとどちらも無事にノースリーチを断ったと。すべてあなたのご協力があったからこそありがとうございます。無事でよかったよ。今回のベアラーたちはある奴隷商人に密売されるところでした。密売にかかるベアラーは特にひどい扱いを受けます。だから何としても救いたかった。ですがそのためにコールたちを危険な目に遭わせるなんて、私はベアラーたちを見捨ててでも撤退命令を出すべきだったのでしょうか。そんなの石の剣って言えるんですか、ドリス隊長。無事で何よりだ、コール。今回はすまなかった。石の剣はベアラー救助の任務を与えられた部隊です。あそこで撤退する決断なんて俺たちじゃない、刻印を取った時にとっくに決めてます。命を懸けてベアラーを助けるって。お前たちの覚悟だったな。コール、たとえ明日死ぬ運命だとしても任務に準じる。全ては人が人として生きられる場所のために。それが私たち石の剣の使命。私は隊員たちの強さを信じきれていなかったのかもしれません。私たちは石の剣はもっと強くなってみせます。あなたのように多くの命を守りたい。ああ、期待してる。ロドリグ、どうしたんだ？何か悩んでいるようだが。ベアラーの刻印を取り除く施術の日が近いんだ。その用意をしなきゃいけないと思うとね。クライブ、僕は怖いんだよ。あの施術は常に死と隣り合わせ。君たちのようにうまくいった傍らで死んだ奴らも大勢いる。それでもまだあれを続けるのかい？俺や石の剣の連中が活動できているのはお前たちが施術してくれたおかげだ。刻印を刻まれたベアラーが外を自由に歩くにはこの世界はまだまだ障害が多い。だから俺たちが道を作らなきゃならない。あれは俺たちにとって必要なことなんだ。みんな覚悟はしている。覚悟か。そうだよね。分かってはいるんだけど悩んでいても仕方ないね。とにかく頑張らないと。ああ、頼む。そういえば悩みすぎててすっかり忘れてたよ。実は施術用の鎮痛薬が残りわずかなんだ。君にお願いするのはちょっと申し訳ないけど、材料のエルモネア草を調達してきてもらえないかな。もちろんだ。手を貸そう。ありがとう。助かるよ。エルモネア草を採取できるのはロザリアのアンバー周辺さ。青々とした色が特徴的で川の近くに自生してるはずだ。あの辺りでは魔物が増えてるって噂を耳にした。どうか気をつけて。エルモネア草は川の近くに。この辺りを探すが。これがエルモネア草に違いない。多めに取っておくか。よし、これだけあれば足りそうだ。ロドリグに渡すとしよう。クライブ、エルモネア草は見つかったかい？これで足りるか？ああ、十分だ。これで鎮痛薬を作れるよ。頼むぞ、ロドリグ。分かってる。分かってるけど。
ごめんクライブ。やっぱり僕は怖い。ベアラーの刻印には飛竜草の毒が使われてる。猛毒を皮と肉の間に入れて固めることで模様を描くんだ。だから無理に取ろうとすると血と毒が混ざり合ってたちまち全身が毒に侵されてしまう。仮に施術がうまくいったとしても今度は何日も激しい痛みに苛まれる。人を助けるべき僕たちが人を傷つけ殺めているんだ。それが怖くてたまらない。確かにあの施術による体への負担は大きい。それに施術が成功してもそれで終わるわけじゃない。刻印を取った者は今度は石の剣の一員として外での危険な任務という新たな使命を背負うことになる。それでも志願する者は少なくない。シドの名を継ぐと決めたあの日、俺は刻印を除去する施術を受けた。覚えてるよ。この隠れ家に移り住んだばかりの頃だ。まだろくな設備もなかったし鎮痛薬だって用意できていなかったからね。それでも受けるっていうクライブをタリアと必死に止めたっけ。当時刻印を取り除いていたのは石の剣の中でもドリスやコール、わずかな人だけ。違うな。施術を受けて生き残ったのが彼らだけだった。それほど危険だったから。だが俺は心に決めたんだ。シドとして生きることを。だからこそその意志を貫くために、新たな拠点で再出発するためにも俺が施術を受けなければならなかった。たとえ失敗して命を失うことになろうとも。クライブ、気をしっかり。死と向き合い乗り越えることで初めてシドの思いや志を継ぐことができる。そう思った。それがクライブの覚悟か。みんな死を覚悟の上で戦っている。人が人として生きられる場所を作ろうと。ロドリグ、お前たちに責任を負わせてしまっているのは理解している。だがどうか連中の覚悟に応えてやってくれ。タルヤと同じことを言うんだね。どんな病でもそれに向き合う仲間たちに応えるんだって。そのために施術に臨むのが医師の務めだって彼女も言ってた。クライブ、僕も頑張って応えてみるよ。いつかシドやタルヤのような覚悟を持てるように。このままじゃ私の人生は終わりだ。どうしたらよいのだ。この大浴場には私の人生がかかってるというのに。何かあったのか。すまん、今は取り込み中なのだ。話なら後に。待て、その姿。お前さん、もしや傭兵か。だったら頼む、力を貸してくれ。話してみろ。大浴場の湯が急に熱湯に変わってしまったのだ。魔法で冷やそうにも追いつかない猛烈な暑さに。ここの湯は町の近くにある石灰棚から湧き出ているんだが、きっとそこで何かが起きているに違いない。私は客の対応に追われてこの場を動けん。どうか私に代わって調査してきてくれないか。俺が調べてこよう。ありがたい。引き受けてくれるか。湯が湧いている石灰棚は南門から出た先だ。
このまま客を入れることができなければ大浴場が潰れてしまう。私の人生がかかっとるんだ。どうか頼んだぞ。この暑さは熱湯の原因はこいつらか。今のが最後。これで元通りになればいいが。傭兵よ、戻ってきたか。お前さんが解決してくれたんだな。今しがた湯が元に戻ったと報告があったよ。これならじきに大浴場を再開できるぞ。それはよかった。それで原因は一体何だったんだ？ああ、実はな。なんと魔物の影響だったのか。全身が火に包まれた魔物など聞いたこともない。今後は気をつけねばならんな。何にせよ私の大浴場を潰さずに済んだ。何もかもお前さんのおかげだよ。さてこれでどんどん客を呼び込めるぞ。今まで損した分までたっぷりと取り戻さねばな。クライブ。グツ、何かあったのか。どこか落ち着かない様子だが。クライブにはお見通しみたいだね。それじゃあちょっと相談してもいいかな。ああ、話してみろ。実は最近ダリミル宿場の行商からカロンばあさんのことで気になる噂を聞いたんだ。ばあさんが金儲けのために戦を広げようとして危険な連中に武器を売りさばいてるって。別に金儲け自体はいいんだけど、やり方がばあさんらしくなくてさ。本当かどうかばあさんに確認したいんだけど、俺怖くて聞けなくて。クライブから聞いてみてくれないかな。カローンと話してみよう。ありがとうクライブ。ばあさんが何て言ってたか後で教えてくれる？分かった。そこまで大事じゃないといいが。カロン、調子はどうだ？まずまずってところだね。ところで商売はうまくいってるか？どうもこうも相変わらずだが。なんだい、今日はやけに絡むじゃないか。さてはあんた、何かよからぬことでも耳にしたんじゃないのかい？やれやれ。かなわないな。あんたが危険な連中と武器を取引してるって聞いてな。そんな話、一体どこで聞いてきたんだ？俺が直接聞いたわけじゃない。ダリミル宿場の行商がそんな噂をしていたようだ。まったく、そんな根も葉もない噂信じるんじゃないよ。そりゃあ昔はやんちゃな商いもしたっさ。だけどそれはもう過去の話。今はもうまっとうに商売してるんだから。疑っていたわけじゃないよ。念のため確かめに来ただけさ。クライブ、あんただって暇じゃないだろ。自分のことに集中するんだね。ああ、そうする。邪魔をしたな。グツ、カローンに話を聞いてきたぞ。ばあさんはなんて？根も葉もない噂を信じるなと。あの様子じゃ本当にそんな商売はしてないだろう。以前は手を染めていたようだが、少なくとも今のカローンは金儲けのために戦を広げるようなやつじゃないさ。そうだよね。よかった。俺はばあさんを信じるよ。でも昔のことだとしたら、なんで今頃
そんな噂が流れたんだろう。確かにそれは気になるな。噂の出所を探った方がいいかもしれない。うん、そうしよう。俺、噂が流れてたっていうダリミル宿場に行ってみる。クライブも一緒に来てくれると嬉しいけど。もちろんだ、協力しよう。ありがとう。それじゃあ後で向こうで合流しよう。分かった。ブツが来ているはずだ。その噂なら知ってるぜ。本当かい？その話詳しく聞かせておくれよ。クライブ、ちょうどよかった。ばあさんの噂について詳しそうな人を見つけたんだ。彼がそうか？それじゃあ噂のことを聞かせておくれよ。ああ、いいとも。野党やゴロつき、はたまた軍にまで武器を売ってるカローンとかいう商人のことだろう。いがみ合う連中に武器を売って戦を起こさせる。戦が起きればさらに武器が売れる。巷じゃ死の商人と言われてるよ。人やベアラーの命で金を儲ける悪人だってな。昔の話じゃないのか？いや、つい最近のことらしいぜ。現にそのカローンって商人はダリミルにもよく現れるみたいだから。カローンがここに？それはどのあたりだ？広場の出店だったり、町外れにある倉庫だったり、至る所で取引を持ちかけるんだと。気になるなら行ってみればいいさ。そろそろいいかい？仕事に戻らねえと。ありがとう。どうしよう。ばあさんが死の商人って。落ち着くんだ、グツ。カローンを信じてるんだろ？うん。とにかくカローンが現れるというところへ行ってみるか。俺は広場の出店を見てくる。なら俺は町外れの倉庫を当たる。分かった。カローンどうなってる？町外れの倉庫、あそこか。まさか本当に来やがるとは。お前はさっきの、なぜここに？鈍い野郎だな。お前を叩きのめすためさ。おい、お前ら出番だぞ。こいつとんでもねえ強さだ。俺を襲った理由を言え。俺たちはただボーギャンの命令に従っただけさ。カローンの悪い噂を流せばきっと奴の仲間が調べに来る。その中にでかい図体の男がいたら連れてこいってよ。まさかグツのことか？あんたらがダリミルに来てからの動きは追ってた。今頃あのデカブツはボーギャンのところにいるはずだ。なあ、正直に話したから許してくれよ。お願いだ。命だけは助けてくれ。行け。二度と俺たちに関わるな。グツが心配だ。すぐに向かわないと。こいつカローンの名を出した途端に暴れやがって。さっき言ったことは本当か？ばあさんの噂はデタラメなんだな。ああ、そうさ。でっちのお前を使っておびき出しカローンを殺すための嘘だ。ばあさんを？グス、無事か？クライブ、全部こいつが仕込んだことだったんだ。
それもばあさんを殺すために。こいつここまで危ないやつとは思わなかったぜ。おまけに仲間の足止めにも失敗とは。計画が台無しだ。ここは一旦引き下がるか。おい、グッズと言ったな。巻き込んで悪かった。俺の狙いはカローン一人だ。もうお前には手を出さない。約束しよう。違う。あ？俺じゃなくてばあさんに手を出さないって誓え。まだばあさんを傷つけるつもりなら、ばあさんが手を出される前にここでお前を殺す。待てグス。やめな。貴様カロン。どうしてここに。あんたが急に変な話をしたからね。噂の出所が気になってたのさ。それで思い出したんだ。その昔同じような手を使ってた間抜けな商人を。ずいぶんご無沙汰じゃないか。ボーギャン。うちの子を人質に取ろうだなんて相も変わらず安い男だよ。だから腰抜けボーギャンなんて言われるんだ。カローン、この魔女め。てめえのせいで俺は。そう、こうなったら貴様だけはこの手で殺してやる。死ねえ。グツ、あんた。ばあさんに手を出すな。俺が相手になってやる。こいつ。ありがとね、グツ。あんたたちは下がっておいで。さて、腰抜けボーギャン。昔あんた自身が言ってたことを覚えてるかい？やられたことはやり返す。言葉ってのはね、責任を伴うんだ。今回の件、責任を取ってもらうよ。待たせたね。殺したのか？とんでもない。殺す価値もない哀れな男だ。あいつの目を奪っただけ。昔私がやられたのと同じように。あんたその目は？ああ、この義眼の仕返しだよ。昔あいつと組んでた頃にちょっと揉めちまったことがある。もちろん報復はしたさ。ボーギャンを破産に追い込んでやった。とっくに懲りたと思ってたけど、私への恨みは消えなかったみたいだ。それがまさかあんたたちまで巻き込んじまうなんて。すまなかったね。グツ、怪我はないかい？大丈夫。俺は何ともない。でもまたばあさんが狙われるかも。心配ない。あいつには私とグツ2人分の痛みを味わわせてやったからね。あれじゃあもう復讐なんてできやしないよ。さて、続きは隠れ家に戻ってからだ。役人が来る前にズラカルトしよう。まったく大した商人だよ。やれやれ、とんだ騒ぎになっちまった。ごめんよ、ばあさん。俺、ばあさんを守らなきゃって。ばあさんはこんな俺を引き取ってくれた恩人だから。確かに私は親に虐待されてたあんたを買い取ったさ。この右目の代わりになると思ってね。だから店のことをやってくれてるだけで十分だ。余計な心配をしなくていいんだよ。でも俺は
まだまだばあさんの役に立ちたいんだ。そこまで言われちゃ仕方ない。これからはもっと頼らせてもらおうか。任せて。頼もしいじゃないか。独り立ちしてくれりゃいいんだが、いつまでも子供みたいで参っちまう。世話をかけたね、クライブ。今回の礼だよ、取っておいとくれ。カロン、これからもよろしく頼む。なんだい改まって。私はこの場所を気に入ってるんだ。もうしばらくは好き勝手させてもらうよ。参ったな。肉切りナイフなんて作ったことないのに。何か困りごとか？ええ、課題が難しくて。ってあなたはクライブさん。すみません、ぼーっとしちゃって。僕はサーバルボル師匠の下で家事の修行をしています。実は師匠からある課題を言い渡されて困っていたんです。ダリミルならではの肉切りナイフを作ってみろというもので、ルボル師匠のことですからただのナイフでは認めてくれないでしょう。クライブさん、もしよければお願いがあるのですが。なんだ？肉切りナイフを作るのに力を貸してもらえませんか？分かった。ルボルは大切な協力者だ。その弟子の頼みというなら力になろう。よかった、助かります。それで何から手をつける？そうですね、ダリミルならではというのが大事だと思うんです。ただこれまで肉切りナイフを一度も作ったことがなくて、どこから進めればよいのやら。悩むくらいなら実際に使う人に話を聞いたらどうだ？何か手がかりをつかめるかもしれないぞ。さすがはクライブさん、確かにそうですね。普段肉切りナイフを使ってる人たち、ダリミルで働く調理人や職人に話を聞けば。そうか、彼らが求めるものこそダリミルならでは。ダリミルの人たちが使いやすいナイフならば課題に応えられるかもしれません。早速話を聞いて回りましょう。僕は宿屋の調理人を当たってみます。クライブさんは市場で話を聞いてもらえますか？いいだろう。それではよろしくお願いします。仕事で使うとなると肉屋と狩人か。話を聞いてみよう。いらっしゃい。作る料理を教えてくれりゃいい肉を見繕うよ。いや、少し聞きたいことがあるんだ。肉屋のあんたが肉切りナイフに求めているものは何かと思ってな。お前さん、鍛冶屋か何か？そんなところさ。肉切りナイフね。肉は部位によって硬さが違うのが厄介さ。肉屋としては筋だろうが赤身だろうがどんな部位でも切れる鋭さが欲しいね。鋭さか。ありがとう。参考にさせてもらうよ。何か用か？狩りの支度で忙しいんだが。ナイフのことで少し話を聞きたくてな。どういうことだい？新しい肉切りナイフを作る参考にしたいんだが、狩人にとって理想のナイフはどんなものだ？そうだな、皮ごと肉を切れるような丈夫さがあると助かるよ。皮むき用のナイフはすぐ傷むし、使い分けるのも手間なんだ。なるほど、丈夫さか。勉強になったよ。いいナイフができたら買わせてくれ。肉切りナイフに求められるのはどうやら鋭さと丈夫さのようだな。まあ、クライブさん、何か話を聞くことはできました？ああ、肉屋と狩人に話を聞いてみた。
彼らが求めていたのは鋭さと丈夫さだ。なるほど、そうきましたか。僕が向かった宿屋の調理人によれば、求めているのは軽さだそうです。何でも一日中ナイフを使うために重いと腕が痛むんだとか。つまり鋭さと丈夫さに加え軽さも満たせばいいわけか。それを実現できれば使いやすいナイフになるだろうが、全てを兼ね備えたナイフなんてそうはお目にかかれない代物だ。肉切りナイフを作ったこともないお前にルボルがそんな難題を出すだろうか。ルボル師匠のことですからね。きっとあえて難しい課題を出しているのでしょう。そうかもしれないが、鋭さと丈夫さについては鉄を鍛えて研ぎ澄ませればなんとかなるかもしれません。となると一番の問題は軽さですね。鉄ではどうしても重くなる。素材から考え直すしかないな。誰か詳しいものを知らないか。確か師匠がひいきにしている行商人が鉱石について詳しかったはず。彼女なら今ベルクロイ砂漠の遺跡のあたりで旅人相手に店を開いていると思います。相談してみましょう。店を畳む前に急がないと。どうだサーバー、いい素材はありそうか。いえ、やっぱり難しいようですね。あるにはあるって言ってるだろ。3つの条件を全て叶える素材がね。アダマンタイトという鉱石さ。だけどあれはとても高価で、ここしばらくはお隣の灰の大陸でも取れてない。そう簡単に使えるもんじゃないってだけだ。一体どうすれば。ダリミルならでは。ダリミルか。あんたこの近くで手に入るものでいい素材を知らないか。どういうことです？俺にはどうしてもルボルがそこまでの難題を出すとは思えない。だからダリミルならではという課題をダリミルで作りやすいと捉えてみたんだ。そういうことなら石灰を使ってみるのはどうだい？石灰は鉄の不純物を取り除く。そうすりゃいくらか質の高い鉄を作れるはず。ダリミルなら取りやすいだろうし、材料も安価で済む。石灰、その手がありましたか。ぜひ詳しいやり方を教えてください。いつもひいきにしてくれてるからね。それくらいなら構わないよ。僕はここで石灰の使い方を教わります。クライブさん、そこでお願いがあるのですが。お前が話を聞いている間に石灰を取ってきてほしいんだろ。いいさ、最後まで付き合ってやる。感謝します、クライブさん。ダリミルのすぐ近くに石灰棚があります。そこでたくさん取れるかと。分かった。集め終えたら店まで持っていこう。それではよろしくお願いします。なるほど、石灰と外炭をそうやって。石灰はこれくらいで十分か。サーバに渡してやろう。サーバ、石灰を取ってきたぞ。渡しておこう。ありがとうございます、クライブさん。僕の方もしっかりと使い方を教わってきました。早速石灰を使った鉄でナイフを作ってみます。できました。渾身の肉切りナイフです。上出来じゃないか。ルボル師匠に認めていただけると良いのですが。どうだサーバー、ダリミルならではの肉切りナイフは。ルボル師匠、それっぽく撃てたようだが、どれちょっと見せてみろ。なるほど、
調理人や職人の理想を全て兼ね備えたナイフを目指したか。わかりますか師匠。それでどうでしょうか。そうだな。鋭さも丈夫さもまだまだ甘い。それに軽さがなっちゃいねえ。これじゃ重すぎて軽さを求める調理人どころか他の連中も値を上げちまう。あとはダリミルの石灰。目の付けどころは悪くない。ただもう一手間必要だな。不純物を取り除くだけではダメでしたか。どこの誰に入れ知恵されたかは知らねえが、それに気づけたのは良しとしてやろう。ところでサーバー、お前ならそいつをいくらで売る？課題のために作ったとはいえ、かなりの手間がかかりました。いくらにするかすぐには思いつきませんが、店に出すとしたらそれ相応の値段になるかと。それじゃあ売れない。なんせ普段使いのナイフなんだ。安価で作れなきゃ意味がないぜ。この町で作ってこの町で売れるもの、それがダリミルならではの真意さ。俺たちは職人であり商売人でもあるんだから。はい師匠。まあ今回はギリギリ合格ってことにしてやる。実際初めてにしてはなかなかの出来だ。火事場に立ったらしっかりと腕を磨け。ありがとうございます。ちなみに師匠、全てを兼ね備えた肉切りナイフを師匠ならどう作るんですか？そんな面倒なものを特注でもされない限りは作らねえよ。鋭いナイフを作って肉屋に売る。丈夫なナイフを作って狩人に売る。軽いナイフを作って調理人に売る。これでみんな幸せだ。師匠にはかなわないや。なんとかなったな、サーバー。クライブさん、なんとか師匠にも認めてもらえたみたいで、これもクライブさんが力を貸してくれたおかげです。本当にありがとうございました。ルボルもああ言ってる。これからも頑張ってくれ。はい、鍛冶師として一人前になる日まで頑張ります。ああ、ちょっと聞いてよクライブ。料理に失敗しちゃったの。珍しいな。料理長のあんたが失敗だなんて。何かあったのか？ほら、前にイヴァンが魔物の煮込みシチューを作ったでしょ。あれが意外なまでに好評でね。それで今度は私にもバリスゼア食機構の料理を作ってほしいってうるさくって。仕方なく本を見てその中の一品を作ってみたんだけど、これが硬いしまずいし最悪の出来でさ。あれは普通の料理をまとめた本じゃない。そう簡単にはいかないさ。でもこのままじゃ料理長として引き下がれないわ。ねえクライブ、私に手を貸してくれない？分かった、仕方ない。みんなが喜ぶなら手伝おう。それで今回は何を作っていたんだ？飛びトカゲの揚げ肝っていう料理よ。要は魔物の肝の揚げ物ね。食材は飛びトカゲの肝とドラゴンの薬草なんだけど、そんなの聞いたこともないでしょ。だからそれらしい食材を使ってみたけど大失敗で。確か前の料理では食材は古い言い回しで書かれていた。今回もそうなのかもしれない。やっぱりそうよね。本に書かれてるような味じゃなかったもの。古い言い回しか。そうだ、もしかして書庫の語り部なら何かわかるんじゃない？ああ、聞いてみた方が良さそうだ。食材の正体が分かったらそのまま探してこよう。あら、それは助かるわ。よろしくねクライブ。ハルポクラテス、あんたの知恵を貸してほしい。バリスゼア食機構という本に書かれた食材についてだ。
もちろん構わん。あの本はわしの愛読書の一つだからな。さては古風な言い回しに難儀しておるのだろう。知りたいのはどの食材だね？飛びトカゲの肝とドラゴンの薬草。揚げ物の料理に使うらしい。おお、飛びトカゲの揚げ肝か。ザンブレクの一地方に伝わる古い料理だ。その食材、まず飛びトカゲの肝とはワイバーンの肝のことを指す。ワイバーン、あれが飛びトカゲなのか。ザンブレクは古くから召喚獣バハムートを擁している。それに比べればあらゆる竜はトカゲと変わらぬよ。海辺で育つワイバーンの肝が一番と聞く。青い体表をした種を探してみるといい。分かった。ではドラゴンの薬草の方は？そちらノースリーチ北の海岸に自生するセイント・ボンネットの古い呼び名だ。山吹色の花を咲かせる香りの強い薬草でな。こちらも海沿いを探せば見つかるはず。あの辺りであれば2つの食材を集めるのにちょうどいい場所かもしれん。助かったよ。これで食材を調達できそうだ。健闘を祈るぞクライブ。料理ができたらぜひわしにも食べさせておくれ。食材が手に入るのはこの辺りか。探してみよう。海辺にいるワイバーンと山吹色の花の薬草だったな。青い体表。よし、このワイバーン終わりだ。なんとか肝は手に入ったか。次はセイント・ボンネットだな。山吹色の花か。これで食材は揃った。隠れ家のモリーに渡そう。おかえりクライブ。食材の方は見つかった？ああ、2つとも揃えてきた。ハルポクラテスのおかげでなんとかなったよ。へえ、これが。それでこの食材って結局何だったの？飛びトカゲの肝とはワイバーンの肝。ドラゴンの薬草はセイント・ボンネットという薬草だった。ワイバーン？飛びトカゲがあんな大きい魔物だなんて思わないわよ。でもどんな味なのかはちょっと興味あるわね。食材が正しいなら今度こそうまくいくはず。早速調理してみるから待っててちょうだい。はい、完成。魔物レバーのフリットよ。試食はイヴァンがお願いね。そもそもあんたがしつこく頼んできたんだから。ええ、望むところです。それにしてもなんて美味しそうなんだ。いただきます。え？また失敗？これがワイバーンの肝。外はサクサク、中はふわふわ。濃厚な食感とともに薬草の爽やかな香りが駆け抜けていく。この味わいに乗れば遥か彼方までジャンプできそうだ。今の僕は空を制した竜騎士です。成功したみたいじゃないか。もうヒヤヒヤしたわよ。でもこれなら安心して出せそうね。はい、これも絶対に人気料理になりますよ。僕が保証します。でも人気が出たらワイバーンをたくさん倒さなきゃ。
その時はまたお願いしますね、シド。ああ、またいつかな。あら、シドじゃない。ちょうどよかった。聞いてくれる？どうしたんだ、シャーリー。何かあったのか？実はね、大事な天秤がなくなっちゃったの。ミドが作ってくれたものなんだけど、学ぶのに使えそうだからって子供たちに預けてたのよ。そしたらいつの間にか見当たらなくなってて、あの子たちは知らないって言い張るんだけど、何か隠してるようにしか見えないのよね。ねえシド、なんとかして子供たちから天秤について聞き出してくれない？それくらいなら構わないさ。助かるわ。あなたにならきっと正直に話してくれるはず。ミドがくれた大事な天秤だもの。もしあの子たちがなくしてたならしっかり注意しなきゃ。この時間なら子供たちはアトリウムにいるはずよ。それじゃあよろしくね。うわ、シド。お前たちちょっといいか。チャーリーが探している天秤のことなんだが、それは。なんでもないよ、シド。これは天秤なんかじゃないから。それが天秤か。正直に言うんだ。お前たちが壊したんだな。ごめんなさい。でも壊したんじゃないよ。バラシなんだ。ミド先生が教えてくれたの。バラシって、ミドから分解を教わったのか？うん、僕たち先生みたいな天才貴公子になりたいんだ。ミド先生が言ってたの。バラシと戻しを覚えれば何でも作れるって。なるほど。なら戻しもできるはずだ。早くその天秤を元に戻そう。これは初めてだったから元の形に戻せるか自信なくって。これが土台になるのはわかるんだ。でもそこから先がちょっと。どうやらお前たちは戻しを学び直さないといけないらしい。よし、俺が手伝うよ。一つ一つ組み立てるとしよう。さてお前たち、ここにあるのはただのガラクタじゃない。それぞれが部品として組み合わさった天秤となっていたはずだ。どの部品にも決まった役目がある。役目を考えてみるといい。アルトゥルは土台の部分はわかると言ったな。それじゃあ他の部品も見ていこうか。奇妙な形の金属だな。天秤のどの部分に使われていただろうか。これ面白い形。チョコボの羽みたい。そうだ、シドってチョコボにも乗れるよね。今度乗り方教えてよ。ああ、いつかな。だが今は天秤に集中しろ。あ、これ上の方についてた部品じゃない？端っこから何かぶら下げてた気がする。なかなか鋭いじゃないか。ぶら下げられそうな部品とはどれのことかな？この皿には何やら鎖がついている。しかも2つあるが、どう使えばいい？僕覚えてるよ。2つのお皿に重りを乗せるんだ。そうそう、天秤ってどっちが重いかを測る道具なんだよね。グツとオット、どっちが重いかもわかるかな？それはさすがに無理だろう。やっぱりさ、この鎖が怪しくない？どこかにくっつけるとかさ。いいところに気がついたな。こいつをどの部品につければいいか考えてみるんだ。かなり細かい作りの歯車だ。お前たちは
歯車を知っているか？ミド先生のダンジョンにもあった。ぐるぐる回る部品だよね。ミド先生が作った装置にたくさんついてるよ。大学ってところでもいっぱい作ったんだって。ああ、気候学の基本となる物を動かすための部品らしい。こいつは天秤にどう使おう？天秤に物を動かす場所なんてあったかな。確か重りを測るときに動いてた気がする。でもどんな風に動いてたっけ？これって小さな部品でしょ。まずは他の大きな部品をくっつけてみない？それで動かなそうだったらどこかに歯車を使うと思うの。悪くない発想だ。歯車を使う場所は後で考えてみよう。これで一通り部品を確かめた。天秤の戻し方に当てはついたか？大体わかった。ではお前たちの考えをまとめてみてくれ。その通りに作ってみよまずさ、それを土台にするんだ。上に何かくっつけられる部分があるでしょ。そこにチョコボの羽みたいな部品をつけるの。端っこに2つ何かくっつけられそうだから。2つのお皿をつけるんだね。鎖でぶら下げたらほら。う。いい調子だな。あとはこの部品をつなぎ止めれば。さあ、これでどうなる？やった！できた！ありがとうシド。天才貴公子を目指しているなら道具の組み立てもうまくなるよう勉強だ。任せてよ。僕たち隠れ家の先行投資だからね。隠れ家の先行投資？ミド先生に言われたんだ。先行投資だからいろいろ教えてやるって。私たちミド先生みたいになれるかな？ああ、きっとなれるさ。ただバラシはシャーリーを困らせない程度に。分かったよシド。期待してるぞ。さてシャーリーには俺からうまく伝えておこう。あれ、この歯車結局どうするんだろう。シドは後で考えようって言ってたけど最後まで使わなかったね。あらシド、天秤のこと子供たちから何か聞けた？ああ、なくしたわけじゃなかった。子供たちがバラバラに分解して遊んでいたよ。以前ミドから道具の分解について教わったらしい。手持ちのものでやってみたくなったんだろう。そんなことになってたの？大事な天秤をばらしちゃうなんて。安心してくれ。今はきちんと元通りさ。あいつらと一緒に組み立て直した。素人なりに気候学の講義をしながらな。ありがとうシド。あなたが手伝ってくれたのね。でもあの子たちいつの間にミドから教わったのかしら。自分たちは隠れ家の先行投資だって言っていたぞ。ミドがそう呼んでいるそうだ。きっとミドもあいつなりに子供たちや隠れ家の将来を案じてるんだろう。ええ、そうね。ミドといえば彼女がよく隠れ家に帰ってきてる理由を知ってる？大学が休みになったと聞いていたが、そうじゃないのか？どうも大学から兵器作りの話を持ちかけられてるらしいの。きっとそれを避けてるのよ。あの子は戦で本当の親を失ったって昔シドから聞いたわ。だから戦を憎んでいると思う。ミドが人を傷つける道具じゃなく、人の希望になる道具を作っているのもそのためね。それで子供たちに、戦は俺が終わらせる。ミドや子供たちのためにも。うん、みんな信じてる。まずは気候学の講義お疲れ様。
シド、お時間よろしいでしょうか。ご相談があるのです。言ってみろ。現在御堂工房長が考案した製薬機を仕上げているところでして、これは様々な薬の生成を迅速かつ正確に行うことができる装置なのです。装置自体はおおむね完成しているのですが、最後の材料をどうしても揃えられず、そこでシド、材料の入手に協力していただけませんか。いいだろう。薬の生成がはかどればみんなも楽になる。ありがとうございます、シド。何を手に入れればいいんだ。はい、ボムの残骸と呼ばれるものです。昔から不純物を取り除くと言われておりまして、製薬機でも薬をろ過するために使います。この工程は高純度の薬を作るのに必要不可欠ですから、どうしても装置に組み込みたいのです。ただ私もボムの残骸の実物を見たことがありません。古書によればボムキングという魔物の死に際に残る灰とのことですが。つまりそいつを見つけて倒せということか。お察しの通りです。ボムキングは非常に危険な魔物とされています。もしかしたらサロンのリスキーモブ掲示板に何らかの報告がされているかもしれません。分かった。確認しておこう。それではシド、よろしくお願いします。どうかご武運を。倒したか。死に際に灰が残るそうだが、これがボムの残骸のようだ。もう少し集めておこう。これくらいあれば十分だろう。そろそろ隠れ家に戻るか。シド、お待ちしていました。ボムの残骸は手に入ったでしょうか。ああ、確かめてもらえるか。確かにボムの残骸で間違いないでしょう。これなら不純物を取り除くことができそうです。シド、ありがとうございました。早速製薬機に組み込んでみますね。シド、ご覧ください。名付けてテラモーン製薬機、御堂工房長の自信作です。よかったな。これもシドの協力があってこそ。何かお礼をさせてください。隠れ家のみんなのためだ。気にしないでいい。しかし、でしたらシドが愛用されている薬カバンを使いやすくするというのはいかがでしょう。薬カバンを？ちょうどテラモン製薬機での試作として皮を柔らかくする薬剤を生成していたのです。普通は破棄するような硬い皮を再利用できれば隠れ家の物資にも余裕ができますからね。シドの薬カバンに使えば普段の使い勝手が良くなるかと。そういうことならありがたく受けよう。わかりました。それではしばらくお待ちください。シド、いかがです？なるほど、確かに使いやすいな。それは何よりです。感謝するよ。こちらこそありがとうございました。引き続きこの工房で研究を続け、
隠れ家での生活に役立つ品々を作っていきます。シド、期待していてくださいね。クライブ、いいところに来てくれた。お前に頼みたいことがある。どうしたんだ？近頃村の外で怪しい人影を見かけるようでな。誰かに見張られてるんじゃないかと村の連中も気味悪がってる。そこで様子を見てきてもらいたいんだ。お前なら万一の場合でも対処できるだろう。もちろん礼は出す。頼めるか？引き受けよう。助かるぜ。まずは村で話を聞いてみてもらえるか。知ってる奴がいるかもしれん。ああ、分かった。シド、いらっしゃい。村を見張る怪しい人影。ああ、まずはカンタンが言うように話を聞いて回った方が良さそうだな。シド、何か用かい？少し尋ねたいことがある。怪しい人影を見かけると聞いたが、この辺りで何かなかったか？ああ、あの話だね。あいにくだけど私は何も見てないね。この先のブドウ畑で働く連中からもそんな話は聞いたことないよ。そうか、ありがとう。少しいいか？村の外で怪しい人影を見かけると聞いてな。何か知ってるなら教えてほしい。その人影ってのは見てないけど、妙な物音なら聞いたことがあるわ。それはどこで？ロベール林道よ。この間薬草を積みに行ったら、森の方から金属が擦れるような音がしてね。気味が悪くてすぐ帰ったのよ。ありがとう。調べてみるよ。ロベール林道で。怪しい人影と関係があるかもしれない。少し調べてみよう。あれは。クソ、見つかったか？あいつらを生きて村に返すな！黒騎士だと？なぜこんなところに？お前たちここで何を？いつだ！クライブ、何か分かったか？詳しくは何も。だがロベール林道に黒騎士がいた。黒騎士？俺も噂には聞いてる。まさかこの村が嗅ぎ回られるとは。うまくやってたはずなんだが、怪しい人影の正体はそいつらで間違いないだろう。奴はアナベラの支持者だったな。それで黒騎士を手駒にしやがったか。そろそろ俺の用事を済ます時が来たらしい。用事か。確か以前にも言っていたな。あんたはこの村で何をしようとしているんだ？敵討ちさ。敵討ち？ザンブレクの元司法長官、奴を撃つ。なぜそんな奴を？聞かせてくれるか？そうだな、いい機会だ。話してやろう。俺は昔ザンブレクに司法官として勤めていたことがある。信じられないだろうがな。その頃の俺はある男を理想と仰いでいた。彼の正義と信念に憧れていたよ。それが当時の司法長官、そして今の俺にとっての仇だ。一体何が？ベアラー狩りだ。声高に正義を掲げていた男が裏ではそんなもんで優越を覚えていた。それを知った時、絶望した俺はすぐさま奴を告発したよ。だがその直後、
俺の家族は殺された。全て奴の指示でな。何もかも失った俺は職を捨て復讐を始めた。家族を奪った連中を皆殺しにしていったんだ。だがあの男だけ撃ち損じた。奴は俺を恐れ大層な私兵を雇って身を潜めやがってな。俺一人では太刀打ちできなくなっちまった。だから俺は決めたんだ。奴がその気ならこっちも戦をしてやると。このロストウィングはそのために作り上げたのさ。まさか村人たちもあんたの敵討ちのために。そういうこった。村の連中も知ってるよ。ここはベアラー狩りで家族を失った者たちが多くいる。皆志は俺と同じ。だから同志なんだ。俺たちは奴の居場所を突き止めた。それからずっと頃合いを見計らってたのさ。だが黒騎士が嗅ぎ回ってるんならこの村ももう長くはねえ。さっさと用事を済ませなきゃな。簡単。さてこれから忙しくなる。邪魔だけはしないでくれよクライブ。おい、戦支度だ。同志に知らせろ。簡単。そうまでして。ラザフォード。確かバイロンおじさんの筆頭執事だ。マーサの宿か、行ってみよう。これはクライブ様、お待ちしておりました。ようこそお越しくださいました、クライブ様。バイロン様の筆頭執事ラザフォードにございます。いつぞやおじさんの家を訪ねた時以来か。ええ、ご無沙汰しております。あなたの手紙を読んで話を聞きに来た。ご厚情痛み入ります。ぜひクライブ様にご助力いただければと。話してみろ。我々は現在風の大陸の動向を調査しております。というのもこの空模様になってから各地は混乱。各国の中枢もほとんどが機能しておらず、その収束には程遠い状況となっています。このままでは次々に現れるアカシアの脅威だけでは済まない。人の手による強奪や殺戮が広がり、大陸中に拡散する。未曾有の大混乱が起こる恐れすらあるのです。そうなる前にできる限り事態を収めたいというのがバイロン様のご意向でして。俺も同感だ。今は人同士で争っている場合じゃない。そこで有力者に仕える執事たちと共に他国での調査を進めていたのですが。何かあったのか？ええ、うち2名からの知らせが途絶えたのです。彼らに何があったか、現地の状況確認のためクライブ様にご助力をいただきたく。なるほど、穏やかではないな。その2人はどこへ？1人はダリミル宿場へ、もう1人はノースリーチに向かっていたはずです。分かった、協力しよう。まずはダリミル宿場に向かってみる。ありがとうございます、クライブ様。どうかくれぐれもお気をつけて。執事の1人はこの町で知らせが途絶えた。見つかるといいが。奴らはおい、さっさとご主人様に伝えろ。たんまり金を持ってこいってな。
それはできない。金が出せないってんならお前を殺して身ぐるみ全部いただくしかないが。あなたは。下がってろ。はい。おい貴様、何のつもりだ。まさか俺たちダルメキアの正規軍に歯向かおうってんじゃないだろうな。その正規軍が恐喝行為とは感心しないな。傭兵ごときが生意気な気に食わんやつだ。片付けてしまえ。させろ。フーゴの紙幣ならまだしも正規軍までこのありさまだわ。やはりあなたはクライブ様。助かりました。ラザフォードの手の者か。さようにございます。彼に頼まれて助けに来た。兵士たちと揉めていたようだが何があった？はい、私はラザフォードの命でダルメキア共和国の動向を調査しておりました。先日ダリミルに入り調査のために軍と接触したところ、彼らに身柄を拘束されたのです。そうだったのか。その後何とか逃げ出したものの、今度は先ほどの兵士たちに捕まってしまいまして。ダルメキアは国の中枢が機能していないと聞いたが、軍の指揮系統も相当に乱れているな。ダルメキアでは一部の兵が暴徒と化しているようです。この状況を見るに軍の上層部も把握できていないか制御しきれていないのでしょう。状況は分かった。お前は一旦ラザフォードの元へ戻るといい。彼も心配している。承知しました、クライブ様。こたびは助けていただき本当にありがとうございました。ここまでひどいとは。これでは国を守るどころではない。もう一人の執事が向かった先はノースリーチと言っていたな。ノースリーチだ。もう一人の執事を探そう。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。おい、大丈夫か？ええ、なんとか。もしやクライブ様で？ああ、そうだが、あなたは？私はロックフォード。ロザリア7家族が一つ、アリアンヌ様の筆頭執事を任されております。アリアンヌ、大羽君の家系だったな。ラザフォードの依頼でお前を探しに来たんだ。一体何があった？はい、ザンブレク公国の動向を調査していたところ、とある村が野党に襲われる様子を目撃しました。奴らの動向を探るためここまで追ってきたのですが。返り討ちにあったか？面目ございません。ですが目の前で罪もなき人々が殺されていくのを見過ごすわけにはいかず。野党どもはどこへ？この先の街道に向かったかと。あとは任せておけ。野党どもは俺が倒す。お前はもう少しここで休んでいろ。クライブ様、ありがとうございます。どうかお気をつけて。あいつらここでも人を。なんだこいつ、やっちまえ！怪我はなさそうだな。早く町まで戻るといい。あ、はい、ありがとうございます。ご無事でしたか、クライブ様。休んでいろと言っただろう。申し訳ありません。しかしいても立ってもいられず。野党どもは片付けた。行商が襲われていたがそっちも無事だ。感謝いたします、クライブ様。しかし町からそう遠くない場所で
ところ構わず人を襲うとは。各地の混乱で物流が停滞し、食料不足が起き始めています。一部では混乱に乗じた値上げも行われている始末。そのため限られた物資を求めて略奪が横行しているようなのです。何か策を打たねば野党どころか市民すらも強奪に手を染めかねません。ロックフォードと言ったな。まずはしっかりと怪我を治せ。この先調査を続けるにしても体が持たないぞ。はい、承知しました。いろいろとお世話になりました、クライブ様。今回の件は主人へ報告し、必ずや礼を。当然のことをしたまでだ。気にするな。ありがとうございます。それでは失礼いたします。未曾有の大混乱か。この状況ではいつ起きてもおかしくない。こんなところか。ラザフォードに報告しよう。ラザフォード、戻ったぞ。クライブ様、こたびはお力添えをありがとうございました。羊たちから知らせがあり、事の次第を把握したところです。あなたに助けていただいたようで。二人とも無事でよかった。それにしてもどこも思った以上に荒れているようだ。ええ、大混乱は目前に迫っているのかもしれません。すぐにでも策をまとめ動き始めねばならないでしょう。今回調査した件はバイロン様に報告の上、早急に対処いたします。ああ、そうしてくれ。かかること？まずはブラックソーンと話してみるか。ブラックソーン、ちょっといいか。なんだ、今忙しいんだが。オーガストから手紙をもらってな。あんたがやる気を取り戻した後も苦しそうな顔をしていると。まだ引っかかってることがあるんじゃないかと気にしていたようだった。何かあるなら俺に話してくれないか。あのおせっかい野郎め。見抜かれてたなら仕方ねえ。実はな、あの時カローンが仕入れた商品の中にもう一つ気になる一級品があったんだ。それは？一見すると不格好な片刃の再建だが、その刃は見たこともないほど研ぎ澄まされていた。鋭いってもんじゃない。あの剣で切られようもんなら、下手すりゃ切られたことすら気づかないかもしれん。そんな剣がどうやってあんなものを生み出したのか、それがどうにも気になってよ。ブラックソーン、その剣のことが分かればこれからの仕事にも活かせるか？それはそうだろう。なら俺が調べてみよう。あんたにはいつも世話になっているからな。それにいい武器が揃えばその分みんなも助かるはずだ。クライブ、改めて頼む。片刃の再建のことを調べてみてくれ。ああ、分かった。剣を仕入れたのはカローンだったな。また話を聞いてみよう。カローン、話がある。なんだね。先日仕入れたという武器について教えてほしくてな。なんだ、またその手の話かい。ブラックソーンが言うには不格好な片刃の再建ということだったが。ああ、あの剣のことか。あれは外大陸で作られた舶来の品でね、収集家から頼まれて仕入れてたんだ。とっくに売っちまって残ってないよ。誰に売ったのか教えてもらえないか？客の話をするのは気が引けるが。
他ならぬあんたの頼みだ。何か事情があるんだろう。いいさ、教えてやる。イグナーツっていうダルメキアの豪商さ。武器の収集家として商人の間では名の知れた男でね。今はダリミル宿場に滞在してるはずだよ。ありがとう、カロン。奴はなかなか気難しい男だ。会いに行くなら気をつけな。そうしよう。イグナーツはここに滞在してるはずだ。探してみよう。このままでは私の面目が丸つぶれだぞ。イグナーツ様、どうか落ち着いてください。もしやあんたがイグナーツか。誰だね君は。私は忙しいんだ。話しかけないでくれ。申し訳ありません、お客人。イグナーツ様はもともと気難しいお方ではあるのですが、さらに問題が起きておりまして。ラディム、いつまで話してる。早く帰らせろ。はい、ただいま。申し訳ありません。続きは部屋の外で。何かあったのか。ええ、イグナーツ様の荷物が野党どもに奪われてしまったのです。このままでは宿代すら払えませんし、何よりあの荷物には貴重な品々が。その中には片場の再建もあるのか。カローンという商人から買い取ったはずだが。はい、確かにそのような品も。そうか。では俺が取り返してこよう。本当ですか。それは助かります。傭兵を雇うお金を奪われ困り果てていたのです。その代わりと言ってはなんだが、取り返せたらイグナーツと話をさせてほしい。ええ、取り返していただけるなら私にお任せください。野党に奪われたと言っていたな。そいつらがどこに向かったかわかるか。町の噂によればベルクロイ砂漠の一角に悪党の寝床と呼ばれるところがあるようです。荷物を奪った野党たちもおそらくそこにいるだろうと。悪党の寝床か。わかった。無事に荷物を取り返していただけたら必ずイグナーツ様にお取り次ぎしますので。ああ、頼む。どうかよろしくお願いします。なんだ貴様、あの貴族が雇った傭兵か。これが奪われた荷物か。どうやら手つかずのようだ。よし、ダリミルへ届けてやろう。そうかそうか、君が荷物を取り戻してくれたのか。傭兵、名を何という。俺はワイバーンで通ってる。なるほど、強そうな名だ。ありがとう、ワイバーン君。感謝するよ。報酬は何がいい。金か宝石か。いや、話を聞きたいだけだ。何、話だけでいいのか。ええ、片場の再建のことについてお話を伺いたいそうです。ああ、あの美しい剣のことか。カローンとかいう商人にふっかけられはしたが、実に良い買い物をしたよ。あの剣は外大陸で作られたものでな。聞くところによれば外大陸には独特な武術の流れがあるらしい。その流派は剣を長く使い続けることが念頭になく、一心一殺で使い捨てるという。だからこそその刃は極限まで研ぎ澄まされる。そこに我々の文化にはない美があるのだ。その美はどうやって生まれるんだ。おお、刃のように鋭い質問じゃないか。それはな、砥石だよ。砥石を粗いものから細かいものにいくつも持ち替えながら幾度も研磨を施し、美しい刃へと仕上げていくそうだ。
ただしその砥石は特別なもの。バリスゼアでは取れない石を使っている。たやすく真似することなどできんだろう。そうだな、荷物の霊が話だけとは忍びない。どれ、その砥石を少しくれてやろう。仕上げに使う砥石のかけらに過ぎんが、それでも非常に珍しいものだ。大切にするがいい。ありがたくいただこう。イグナーツ様、そろそろ宿を出る支度をされた方がよろしいかと。そうだな、私には長年珍しい武器を競り合っている相手がいる。奴に負けぬためにもすぐに次の品に狙いを定めねばならんのだ。あんたみたいな収集家が他にも。バイロン・ロズフィールド、奴にだけは負けるわけにいかん。バイロン。それではな、ワイバーン君、また会おう。行くぞラディム。この度は本当にありがとうございました、ワイバーン様。それでは失礼します。あ、お待ちください、イグナーツ様。気難しいどころかなかなか面白いやつだった。さて隠れ家へ戻ってこの砥石をブラックソーンに見せてやろう。ブラックソーン、片場の再建について調べてきた。おお、どうだった？まずあんたに見てほしいものがある。これは砥石か。さすがだな、一目でわかるとは。なるほど、いくつもの砥石を持ち替えながら磨いていただなんて。それにしても一心一殺とは。確かにその理念でやり合えば戦も短くなる。結果的に余計な負傷者を減らすことにもつながるか。だが俺たちにはできないやり方だ。なあ、同じ立ち回りをするには極限まで歯を磨き上げ切れ味を引き出すしかないからな。お前が聞いてきた通り、こんなに目の細かな砥石はここらじゃ取れねえ。つまりあの剣の製法は真似できん。仮に砥石が手に入っても俺たちには武器を使い捨てにできるほどの余裕もない。そもそも剣に対する考え方が違うんだ。同じやり方をしてても意味がないが、砥石を変えて磨くという技法は応用できそうだぜ。この砥石の代わりに空の文明の遺跡を使って仕上げるだけでも随分と結果は違うはずだ。バリスゼアの剣の丈夫さと外大陸の切れ味の良さ、きっとこの2つを兼ね備えた剣を作れるさ。そうなればみんなも喜ぶな。頼むぞブラックソン。なあ、任せておけ。よし、やる気になった。早速仕事に戻るぞ。クライブ、ありがとうよ。オーガスタのおせっかい野郎には俺から礼を言っておく。ああ、そうしてくれ。それと今回の礼にお前にとっておきの武器を作ってやろう。素材が揃ったら顔を出すといい。分かった、ありがとう。トルガルのこと？カローンに詳しく聞いてみるか。カローン、手紙を読んだ。トルガルのことで気になることがあるようだな。
ああ、そうなんだ。ここ最近好物の骨をおやつにあげても食いつきが悪くてね。食事自体はしっかりするし具合が悪いわけではなさそうなんだが、今までこんなことなかったからどうにも気になっちまって。あんたちゃんと面倒見てるのかい？そのつもりだが。どうなんだトルガル。そういえばこの子兵糧って言うんだったね。ああ、そうらしい。確かおやつに興味を示さなくなったのもその兵糧がどうとかって話してた頃からだ。だとしたら何か関係があるのかもしれない。ハルポクラテスに相談してみよう。ああ、頼んだよ。ハルポクラテス、トルガルについて相談がある。どうかしたのかね？最近好物の骨を与えても食いつきが悪いとカロンが心配しててな。兵糧の力に目覚めた頃からのようだ。何か関係があるんだろうか？おそらくその影響だろうな。犬や狼が骨を好むのは狩猟動物の習性だという。中でも兵糧は骨から獲物の力を取り込むという伝承もあるくらいだ。もしかしたらただの骨では物足りないのかもしれん。試しに強靭な魔物の骨を与えてみてはどうかね。そうだな、例えばエルダーアンテロープという魔物はどうだろう。草食の魔物ながらたくましく気性が荒いことで知られている。時には人を襲うこともあるほどにの。そいつがいる場所はわかるか？本来は山奥に生息する魔物で人前には姿を見せないのだが、最近クレシダハイソンのあたりで目撃されたようだ。人がいなくなり格好の住処となったのだろう。なるほど、ありがとう。早速そいつの骨を取ってくる。健闘を祈るよ。クレシダハイソン、ハルポクラテスが言っていたのはこの辺りだが。こいつがエリダーアンテロープ。やるぞトルガル。倒したか。トルガル、この骨ならどうだ？よかった。満足してくれたようだな。ハルポクラテスの言ってた通りか。しかしこうして見てるとお前は幼い頃とちっとも変わらない。もういいのか？なら隠れ家へ戻るとしよう。カローンにも伝えておかないと。おやクライブ、トルガルのこと何か分かったのかい？ああ、実はそういうことだったのか。トルガル、お前さん舌が肥えちまったんだね。いい返事だ。何にせよ原因が分かって何よりさ。カロン、残りの骨はあんたに預けておく。また食べさせてやってくれ。ああ、そうするよ。そうだ、語り部があんたを探してた。言っておやり。そうか、書庫に行ってみるよ。おかえりクライブ。エルダーアンテロープは見つかったかね？ああ、その場でトルガルに骨を与えてみたが
気に入ってくれたようだ。おはよかったの。それより俺を探していたようだが。うん。兵糧のことで思うことがあってな。以前トルガルはジルの影響で力に目覚めたと推測しただろう。ああ、兵糧フェンリル、氷の女王に付き添う獣だったな。伝承によれば本来の兵糧は召喚獣シバに近しい力を有するらしい。だがトルガルはどうだ。お主らの話を聞くにそれとも違う異質な力を持っておる。確かにトルガルが使うのは氷の力だけではない。その理由をわしは皆の力の影響と考えたのだ。トルガルは幼き頃からお主ら兄弟と長い時間を過ごし、かつてはシドとも共にいた。ならばシバだけでなく皆の召喚獣の影響も受けたのではないかと。共に過ごし戦い続けてきたことで、すでにトルガルは伝承の兵糧をも超える存在になったのかもしれん。トルガルか。何にせよ心強い相棒ということに変わりはない。これからも大事にしてやっておくれ。ああ、もちろんだ。いろいろと助かったよ、ハルポクラテス。困ったこと？ゴーチェに話を聞いてみよう。よく来てくれた、クライブ。ゴーチェ、手紙の件だが。静かに。オットーさんに聞かれたら大変だ。それで困ったこととは？それが、帳簿の整理をしてたら、隠れ家の借金を返しきってないことが分かったんだ。どうも計算が合わないと思ったら、俺が額を間違って記録してたみたいで、とっくに返済してたと思ってたのに。こんなことがオットーさんにバレたら何を言われるか、なんとか内密に処理したくてな。それでクライブに手伝ってもらおうかと。内緒話ならよそでやるんだな。オットーさん、帳簿の計算が合ってないのを俺が知らないとでも思ったか。そのうち相談に来るかと思って様子を見てりゃ、よりによってクライブに頼んで内密に片付けようとするとは。困ったことがあったらまず俺に報告しろと言ってるだろう。それで借金はあといくらだ？マーサさんとノースリーチのマダム、それにカローンさんからそれぞれ500万ギル。隠れ家を再建するときに借りた金か。すみません。俺が返済は全部終わったって伝えてたもんだから。いや、金の貸し借りなのにちゃんと見てなかった俺も悪いんだ。どうする？金の話ならバイロンおじさんに相談する手もあるが。ロズフィールド教からはすでに多大な寄付をいただいてる。さすがにこれ以上は甘えられんよ。それに俺たちの借金は俺たちで返さねえと。そういったことはオットーに任せっきりだったな。俺にもできることがあれば協力しよう。なら一つ頼めるか。こいつをマーサとイサベルに渡してくれ。これは？もしもの時のために俺とシドで用意してたものだ。その宝石一つで1000万の価値がある。500万ギルをすぐには用意できないが、金の代わりにそいつを利息込みで受け取ってくれないかと。ああ、届けてこよう。すまないな。本来なら俺が頭を下げて回るべきなんだが、荷物の整理やら石の剣への指示やら仕事が立て込んでやがる。気にするな。俺たちの借金だろ。ゴーチェ、
カロンにはお前からしっかりと渡しておけ。わかりました。それじゃあ頼んだぜ、クライブ。巻き込んじまって悪い、クライブ。気にするなと言ってるだろ。そう言ってもらえると助かるよ。二人に渡したら俺に伝えてくれ。分かった、そうしよう。イサベル、あんたに渡したいものがあってな。あら、クライブ。一体何かしら。綺麗な宝石。これを私に？オットーが借金の代わりにと1000万ギルの価値があると言っていた。数年分の利息も含んでいるらしい。もらってくれ。なんだ、そういうこと？てっきりあなたからの贈り物かと思ったわ。それにしてもお金は返さなくていいって言ったのに。私は昔シドとオットーに命を救われたの。だからその恩返し。当然のことをしただけよ。だったらそうだな。それは感謝の気持ちだ。俺やオットー、隠れ家のみんなからの。そういうことならありがたく受け取っておこうかな。オットーにもいい家族ができたのね。亡くした息子さんは戻ってこなくても今はあなたたちがいる。オットーが息子を？昔一度だけシドがこぼしたことがあったの。オットーの息子を救ってやりたかったってシドはずっと悔やんでいたみたい。何があったのかまでは聞いてないけど。そうだったのか。ごめんなさい、変な話をしちゃって。今はあなたがオットーの大事な家族なんですもの。だからクライブ、彼を支えてあげてね。ああ、分かってるさ。クライブ、今日は何の用だい？借金の返済さ。隠れ家の再建のためにあんたから金を借りていたそうだな。オットーが金の代わりに受け取ってほしいものがあると。これはスタールビーじゃないか。こんな高価なものをもらっちゃ貸した額と釣り合わないよ。数年分の利息も入ってるそうだ。そういうことならありがたくいただいておくけど、相変わらずオットーは義理がたいんだから。久しく会ってないけど今も忙しくしてるのかい？元気にしてるよ。今も隠れ家の面倒一切を見てもらってる。根っからの仕事人だものね。そういやシドが言ってた。組織を作るときに真っ先にオットーを誘ったって。あの二人は20年来の付き合いなんだろう。きっと二人がいたからこそ出来上がったばかりの組織もうまく回ったんだ。だからシドが亡くなった時にはオットーが折れちゃうんじゃないかって心配でね。あの時多くの仲間を失った。みんなよく立ち直れたと思う。クライブのおかげさ。あんたがいてくれたからみんなも踏ん張れたんだよ。あんたについていくと決めたオットーの目は確かだったってことさ。先代の意志を継ぐのは大変だろうけど、私たちがついてる。これからもしっかりやるんだよ。こちらこそよろしくな。ゴーチェ、マーサとイサベルに宝石を届けてきたぞ。カロンの方は終わったのか？話しては見たんだけど、カロンさんが受け取ってくれないんだよ。借金の代わりだって届けに行ったら急に怒り出してさ。カロンが？俺何かまずいこと言っちゃったかな。仕方ない。俺から渡してみよう。悪いな、結局全部あんたにやらせちまって。
カロン、ゴーチェから聞いたぞ。宝石を受け取らなかったそうだな。何か理由でも？私は別に金を貸したわけじゃない。ただあんたたちに支援しただけ。貸してもない金を返してもらうなんておかしな話だよ。この隠れ家がやっていけているのもあんたの支援があってこそだ。俺たちからの謝礼としてなら受け取ってくれるか？あんたも頑固なやつだね。そこまで言うなら仕方ない。もらっておく。こいつはスタールビーか。確か相場は1000万ギルってところだが、滞在人シドが残したスタールビーって売り込めば貴族の小塚たちに3000万くらいで売れるはず。それで売り上げた金はなぜかサロンに置かれてるんだ。親切で可憐な名もなき商人よりって書き置きと一緒にさ。これなら文句はないだろう。好きにしてくれ。ありがとな、クライブ。宝石を届けてくれて。それにしてもゴーチェ、まだお前にカロンの相手は無理だったか。すみません。そう思うんならさっさと帳簿整理を終わらせろ。いつまでかかってんだ。すぐにやります。これは？ああ、シドが使ってたやつだ。前の隠れ家から持ち帰った荷物を整理してたらそいつも出てきてな。おっと、シドとの思い出でも聞かせてくれないか？なんだ、やぶから棒に。マーサとイサベルからいろいろ昔話を聞いてな。これだからご婦人方は。あんたとシドはいつ知り合ったんだ？もう20年以上も前になる。その頃俺は船乗りをしていた。そこにシドが乗り合わせたんだ。仕事も立場も違うのに妙に気が合っちまって、二人でつるんでよく朝まで飲み明かしたもんさ。俺に子供ができた時も自分のことのように喜んでくれてよ。ミドも連れていつか船旅でもしよう、そんなことを言ってた。だがそいつは叶わなかった。俺の子はベアラーだったからな。それが分かった途端息子は国に奪われた。そんなことが？家族はみんなほっとしてた。ベアラーを手放すことができたって。でも俺は割り切れなかった。愛しい我が子あっさり捨てられるか。この世界はおかしいって気づいちまったのさ。それはシドも同じだった。だが声を上げたところでこの世界の常識が覆るわけがない。あいつは俺のために泣いてくれた。自分の無力さを嘆いていたよ。その後しばらくして奴はウォールウドの騎士団を離れた。理想と志のためにこの活動を始めたんだ。だから俺は決めたのさ。あいつに一生ついていくってな。あいつは昔から頭が良すぎてな。俺たちとは違って見たくなくても見えちまうし、知りたくなくても分かっちまう。もしかしたら誰よりも苦しかったろうよ。それでもあいつは理想と志を支えにして
先を歩いた。あいつは夢を見せてくれる。何よりも期待させてくれる。だから俺は悩みを肩代わりすることはできなくても背中を押すことはできると思ってたんだ。何もできやしねえのに。いや、年寄りの愚痴だ。忘れてくれ。その辺のは古い資料だ。後で片すから触んなよ。この字、シドが書いたものか。おっといつも雑務を任せきりで悪い。お前の支えがあっての俺だ。頼りにしてる。これからもよろしく頼むぜ。おっと。ん？これは？シドも俺もあんたがいないと何もできない。あいつこんなもん残してたのか。直接言えよな。今も昔も手のかかるやつが多くてよ。まったく困るぜ。俺だけじゃない。この隠れ家のみんなの力でお前を支えてるんだ。どいつも強くなった。俺にもいつか背中を押す役目を次の誰かに託す時が来るんだろう。まだ少し先の話だ。その時が来るまではもちっと見といてやるさ。そうしてくれると嬉しいよ。クライブ、シドの形見分けだ。もらってくれ。いいのか？俺にはこれがある。すまんな、手伝わせちまって。礼は必ずするよ。これでいい。一体どこに行ったんだ、あいつは。何か困りごとか？まあ、うちで働く職人がいつの間にかいなくなってしまってね。探しに行きたいんだが、店を開けるわけにもいかない。他に店番もいないし、困ってたところなんだ。あんた、もしよかったら俺に代わって探してくれないか？引き受けよう。その職人の行き先に心当たりは？そういや、よくドレイク・ファングを見てたよ。思い出があるとか言っていたが。分かった。ドレイク・ファングが見える場所を探してみよう。あんたはパン屋の職人か？そうだけど。店主に頼まれて探しに来た。そうかい。おやっさんが。
すまねえ。黙って店を抜け出しちまった。ドレイク・ファングを見てれば落ち着くかと思ったけど、ますます苦しくなる一方だ。ドレイク・ファングには何か思い出でも？俺は長い間あそこの鉱山で働いてたんだ。だけどドレイク・ファングが消えて何もかも終わっちまった。仕事も失って今じゃパン屋の職人。いや、職人といえば聞こえはいいが目下修行中の身だ。頑張ってパンを焼いてもいつも真ん中に穴が開いて失敗続き、こんな虚しい気持ちのままじゃうまくいくわけないのによ。俺はドレイク・ファングを愛していた。あの美しい造形が恋しくてたまらなかった。なのにもうドレイク・ファングはないんだ。今のあんたにだってできることがあるんじゃないのか？俺にできること？そうだ、いいこと思いついたぞ。すぐ店に戻らねえと。あんたのおかげで元気が出たよ。ありがとよ。じゃあな。おい。おお、あんたか。うちの職人が無事に帰ってきたんだよ。だけどなんだか様子がおかしくてね。さっきからずっとパンを焼き続けてるんだ。見てくれおやっさん、ついに完成したぜ。これがドレイク・ファングパンだ。ドレイク・ファングパン？ああ、そうさ。俺が愛してやまないドレイク・ファングを模したパンだ。尖った山頂、丸みを帯びた尾根、そして中の空洞。いつも真ん中に穴が開いて失敗してたのを使ってあの美しい造形を再現したってわけよ。パンの内側は最高級の岩塩でクリスタルの輝きを表現してある。口の中で広がる甘じょっぱい味が癖になるぜ。俺はこのドレイク・ファングパンでかつての美しい姿を後世まで語り継ぐつもりさ。これは確かに素晴らしいパンだ。うちの看板商品になるかもしれんぞ。職人が見つかった上に新しい商品もできそうだよ。ああ、よかったよかった。あんたにも世話をかけたね。本当にありがとう。おいおい、ドレイク・ファングパンだけに材料を使うのはよしてくれよ。分かってるよおやっさん。普通のパンも焼けるように頑張るぜ。そこの君、傭兵だろ。ちょっとこっちへ来てくれないか。その体育、使い込まれた剣、腕の立つ傭兵と見込んで君に頼みがある。ぜひとも私の護衛を引き受けてもらいたい。あんたの護衛を？私はゼメキスについて研究しているものでね、ここらの遺跡を調査している。しかし近頃は野党や魔物が横行しているため屈強な同行者を探していたのだ。護衛を引き受けてくれるなら相応の報酬を払おう。そこらの凡人には知り得ないゼメキスの逸話も聞かせよう。どうだ？悪い条件ではなかろう。いいだろう。よし、ならば早速ついてきなさい。どこへ行くんだ？まずはゼメキスの街道沿いを調査する。さあ早く、さあさあさあ。おい、護衛をしてほしいんじゃなかったのか。言ってるそばから怪我したくなけりゃ有り金を置いてとっとと撃てな。
怪我はないか？ああ、私は平気だ。君のおかげで助かったよ。ところで見たまえ、この素晴らしい遺跡を。そう、バリスゼア全土で見られる空の文明時代のものだ。天より降ってきた船、またの名を飛空艇とも言われているが、実はその正体は未だ解明されておらんのだ。さらにこの辺りをよく観察してみたまえ。この遺跡、どこかおかしいと思わないか？ゼメキスの大穴に沿って遺跡が断ち切られたような跡があるだろう。これもまたゼメキスの謎でな、魅力の一つでもあるのだ。続きは次の目的地で話そう。さあ行くぞ傭兵。本当に威勢のいい男だ。おい、今度は満足か。かかってこい。災難だったな。いやあ、ありがとう。君のおかげで命拾いしたよ。ところで見たまえ、この美しい絶景を。そう、ゼメキスの大幕府だ。神話によれば、はるか昔、神と人との争いによってこの大穴が開いたとされている。その時、人は神の怒りに触れて多くの命が失われた。まさにゼメキスの悲劇というわけだ。神話を読み解くには途方もなく時間がかかる。私が生きているうちに解明できるといいのだがな。のんびりしてはおられん。次へ行くぞ。さあさあ、ついてきなさい。まったく。またか。こいつはさすがにまずいな。そうだ。怪我は？この通り平気だ。いやはや面目ない。今のは遺跡周辺に出没する動く異物だったな。奴らをあっさり倒すとは大したものだ。さて、ゼメキスの大穴ができた原因は人が神の怒りに触れたからと伝えただろう。ではなぜ神は怒ったか。それはこの遺跡を見れば明らかだ。見たまえ、この神秘的で不可解な構造を我々では到底生み出せるものではない。おそらく神から技術を奪ったことで怒りを買ったのだ。あくまで私個人の見解だが。遺跡の調査もいいが、もう一人でうろつかないでくれ。そうだな。小話もここで最後にするとしよう。思う存分うんちくを披露できて満足した。調査が目的ではなかったのか？いや、すまない。実は話を聞いてくれる相手を探していただけなんだ。どうも長話になってしまうせいか、誰にも聞かれなくなってしまってね。傭兵に護衛を依頼すれば、同行している間、私の話に耳を傾けてくれるのではないかと。十分聞かせてもらったよ。そろそろ僕らの市場に戻るとしよう。では行こうか、護衛役殿。今度は目の届く範囲にいてもらうぞ。無事に戻ってこられたな。さあ報酬だ、受け取ってくれ。話を聞いてもらった分上乗せしておいたからな。
そのブローチ、あんたエルイーズの仲間だね。ちょっと手を貸してくれない？どうしたんだ？最近この辺りで積み荷の盗難が続いてるんだけど、犯人の目星もついてないありさまでさ、ヨゼフって傭兵に犯人探しを頼んだんだ。でも数日前に出て行ったっきり戻ってこなくてね。何か事件に巻き込まれていたなら大変だよ。あんたヨゼフを探してくれないかい？ああ、俺が探してこよう。行き先に心当たりは？ボクラドの周辺を調べると言ってたから、外へ出たのは確かさ。そうだ、ヨゼフは白い髪をした傭兵だよ。誰かに見られてるかもしれないね。分かった。まずはボクラドの出入り口で話を聞いてみよう。何か探し物かい？人を探している。ここらで白い髪をした傭兵を見なかったか？白い髪の？ああ、確か外に歩いて行ったのを見たね。どこへ行ったんだ？いや、さすがにそこまでは。外にいる人らの方が知ってるかもしれないよ。聞いてみたらどうだい？何かご用ですか？人探しをしていてな。白い髪をした傭兵を見なかったか？さあ、どうだったかしら。いつも崖を登ってる変なおじさんなら見たよ。ほら、あそこ。なぜあんなところに？崖の上はゴブリン族がいて危ないってママもよく言ってるのにね。コーラ、知らない人におかしなことを言わないの。ごめんなさい。助かったよ。邪魔をしたな。まだ先があるようだな。行ってみよう。こいつは襲ってくるな。させろ！これで終わりだ。待ってくれ。彼らに悪気はないんだ。見逃してやってくれないか。白い髪の傭兵、お前がヨゼフか？どうして俺の？お前を探してくるよう頼まれたんだ。今まで何をしていた？そうか、心配をかけたな。積み荷を盗難した犯人を見つけることはできたんだが。理由があるんだな。話してみろ。犯人探しの依頼を受けた後、俺は被害に遭った積み荷を調べてみた。盗まれていたのは食料だけで、金品は手つかず、野党の仕業でないことは明白だったよ。そこで最近目撃されていたゴブリン族を探ってみたら、案の定犯人だったというわけさ。だが俺がこいつらを追い詰めた時、自分たちの命よりも食料を守ろうとしたんだ。信じられるか？ゴブリンがだぞ。上をしのぐために積み荷を狙ったんだろう。そうとわかると、昔の俺を見ているようで放っておけなくて。それで情が移ったか。確かに奴らもお前に懐いているようだ。それからこいつらに食料の集め方や獣や野草の調理のやり方を手ほどきしていた。生きる術を覚えれば積み荷を襲うこともなくなるはずだからな。すごいな。ゴブリン族と交流するなんて聞いたことがない。こいつらとの別れを済ませたらすぐに僕らへ戻るよ。先に戻って俺は無事だったと伝えておいてくれないか？二度と積み荷を盗まないように約束させるから、このことはうまくごまかしてほしい。分かった、そうしよう。ありがとう、感謝する。ヨゼフの件だが見つけてきたぞ。すぐに戻ってくるだろ
そう、見つかってよかった。盗難の犯人探しに手間取ってたようだ。なかなか手強い相手だったみたいだからな。さすがヨゼフだ。ちゃんと犯人を見つけてたんだね。これで積み荷の盗難もなくなりそうだ。あんたにも礼を渡しておくよ。手伝ってくれてありがとうね。やれやれ、せっかく上物が手に入ったんだがな。どうしたんだ？いや何、上等なワインが手に入ってな。こいつを一緒に味わうのに常連客を呼びたいんだが、店を開けるわけにもいかず困ってたんだ。そんなに上等なワインなのか？ああ、そうとも。なんとゴールトンルージュの12年もの。ザンブレクさんの知る人ぞ知る名手さ。このご時世じゃめったにお目にかかれないんだぜ。ゴールトンルージュとは。この銘柄を知ってるとはあんたもいける口だね。そうだ兄ちゃん、頼みがある。俺の代わりに常連たちに声をかけてきてくれないか？そのくらいなら手伝おう。おお、やってくれるかい。それじゃ早速頼むよ。声をかけたい常連客は荷運び人のオルジフと肉屋のミラン、関所にいる万兵のボレクだ。どいつもこの市場で働く気のいいやつでな。仕事が終わったら一杯やろうって言ってほしい。みんなに伝えたら教えてくれ。よろしくな。ああ、分かった。オルジフはここにいるか？彼を探している。それなら俺だ。なんだ、荷運びの依頼か？いや、酒場の主人からのことづてだ。ゴールトンルージュの12年ものを一緒に飲もうとさ。おお、ザンブレクさんのワインか。もしかするとさっき奴の店へ運んだ荷物に入っていたのかもしれん。ザンブレクから荷物を運んでいるのか？随分遠くまで行くんだな。ああ、俺たち荷運び人は大陸中を渡り歩くのが仕事だからな。北はザンブレクから南はカンベルまでどこへだって運んでやるさ。それに国をまたいでの荷運びは儲けも大きい。だからこそ競争相手も多いんだが、とにかくまずは酒を楽しもう。伝えてくれてありがとうよ。肉屋のミランはあんたか？ああ、そうだよ。何かご入り用かい？酒場の主人が呼んでいる。いいワインが手に入ったから仕事が終わったら一緒に飲みたいそうだ。へえ、あいつも気が利くじゃねえか。俺もワインに合いそうな肉を持っていくとしよう。ここはワインも肉も揃うんだな。おうよ、なんたってこの市場はクリスタルロードに通じてる。おかげで各国のいろんな品が集まってくるのさ。さらにロザリアやザンブレクだけじゃない、ランデラの港からはウォールードの品も渡ってくるんだ。少し前なら自信満々に語れたんだが、賑やかだったこの市場でさえ今じゃこのありさまさ。元に戻るまで少しばかりの辛抱ってやつだ。まあどうせ客も来ないし、一番いい肉を持っていくか。万兵のボレクを知らないか？この関所にいると思うんだが。ああ、ボレクは俺だよ。傭兵が何の用だ？ちょうどいい。酒場の主人があんたを呼んでる。仕事の後に上物のワインを一緒に飲みたいと。おお、今日は酒に酔いたくてたまらなかったんだ。わざわざ伝えてくれてありがとうよ。ここの警備もなかなか大変そうだな。クリスタル自治領がああなっちまって、あそこへ向かう難民も減ってはきてるんだが、まだ残ってるのはもともと帰る場所なんてない連中だ。あいつら一日中ここで物乞いしてやがる。しかもたちが悪いやつは盗みを働くこともあってな。あんたも絡まれないように気をつけてくれ。ほんと難民たちには毎度苦労してるよ。さてさて、
今日はとことん飲み明かすぜ。鬱憤を晴らさなきゃ。これで全員に伝えたか。酒場に戻るとしよう。ワインのことを常連たちに伝えてきたぞ。わざわざ悪かったな、兄ちゃん。常連客が集まるのも久しぶりだ。こんな上等な酒が飲めるのも全部あいつらのおかげさ。どういうことだ？僕らと市場でいろんな品が手に入るのはオルジフみたいな荷運び人が運んでくれるからだ。運んできた酒や肉をミランたちが店に出す。ボレクたちが関所を見張ってるからこそ安心して商売できてる。ここはみんながいるから成り立ってるんだよ。俺の酒場なんてそこにあやかってるだけだからな。たまにはいい酒を振る舞ってやらねえと。持ちつ持たれつか。どこも同じようだ。兄ちゃんにも覚えがあるかい？なかなか苦労してそうだもんな。さて、そろそろ連中の仕事も終わる頃だが。おい、聞いたぞ。ゴールトンルージュの12年ものだって？そんな上物よく手に入ったな。もっと早くに聞いてれば何か持ってきたのに。うちで一番いい肉を持ってきたぜ。こいつでたっぷり飲み明かすぞ。おお、いいね。よし、酒だ酒。飲まなきゃやってらんねえよ。まったく相変わらずだな。さったありがとよ、兄ちゃん。先のことはわからねえがお互い気張らず生きていこうぜ。ああ、そうだな。くそ。おい、大丈夫か？傷が深いな。一体何があったんだ？アカシアにやられた。俺たちの野営地がエーテルたまりに仲間がみんなアカシアになっちまった。なあ、あんた傭兵かなんかだろう。恥を忍んで頼むよ。この先にタボールって村がある。俺たちはあそこによく世話になってな。村が襲われる前にアカシアを仲間を始末してくれないか。分かった。引き受けよう。オンニキル、この道を進めば俺たちの野営地だ。頼んだぞ。申し訳ありません、ウーゴ様。こんなところで。おい、しっかりしろ。アカシアを倒さなければ急いで野営地に向かおう。エーテルだまりだわ。こんなところにも。大地のエーテルが大きく乱れてるんだ。
兵士が言っていたアカシアだな。誰かいるのか？こっちだ！助けてくれ！今の声は。大丈夫か？怪我をしているな。ああ、なんとか生きてるよ。あのアカシアたちはお前が倒したのか？奴らを始末してほしいと頼まれた。この野営地の兵士だったようだが。俺の仲間だ。そいつはどこにいる？残念だが。そうか。アカシアはいなくなった。これならタボールも襲われないはずだ。仲間に代わって礼をさせてもらう。受け取ってくれ。そういえばお前の顔どこかで見たような。勘違いだろう。いや、確かに見覚えが。思い出した。貴様はシド。コストニゼ難民会では世話になったな。俺はまだ貴様の雷は覚えているぞ。お前たちフーゴの私兵だったのか。悪いがここで争うつもりはない。うるさい。剣を抜け。フーゴ様の仇、今ここで撃たせてもらう。それで気が済むなら相手になろう。よーし、覚悟しろ。うわっ！その体では無理だな。黙れ！情けなど無用だ。さっさと殺せ！ここでお前を殺して何になる？俺の相手をしたければ今は生き延びることだ。貴様は本当にあのシドなのか？フーゴ様から極悪非道と聞いていたんだが、明らかに想像とは違う気が。動けないなら手を貸してもいいが。誰が貴様の手など。次に会った時は容赦しないからな。覚えてろよ、シド。おい、誰か儲け話に乗らないか？あんた傭兵だろ？いい儲け話があるんだが乗らないかい？内容次第だな。まあ話だけでも聞いていきなよ。つい先日行商からの噂を耳にしてな、老練なドレッドエビスがコラバ牧地に現れたと。獰猛な魔物だが長く生き抜いたやつの外皮は一級品だ。そいつを取ってきてもらいたい。その皮をどうするんだ？俺は皮職人だぜ。あんたが取ってきた外皮をなめして売りさばくのさ。上質の皮は高値で取引される。老練のものとなれば破格の値がつくだろう。分け前は俺とあんたで半分ずつ。どうだ？いい話だろ？分かった。乗ってやる。そう言ってくれると思ってたよ。こんなご時世だからこそ稼げる時に稼いでおこうじゃないか。コラバ牧地はそこから出た先だ。道中の関所を抜ければ見えてくるだろう。それじゃ朗報待ってるぜ。ドレッドエイビス、こいつを倒して外皮をいただくとしよう。よし、これでいいだろう。タボールへ戻ってあの職人に渡そう。ドレッドエイビスの外皮を取ってきたぞ。よくやった。見せてくれ。
おお、しなやかでそれでいて硬い。間違いない。噂に聞く上質な顔だ。こうも簡単に手に入れてくるとは話を振って正解だったぜ。あんたやはりただものじゃないな。どうだ、いっそのこと俺と組まないか。俺とあんたの腕があれば大富豪も夢じゃないぞ。悪いが遠慮しておくよ。他にやるべきことがあるからな。この出会いは運命かと思ったんだが、無理強いはできないか。引き止めて悪かったな。約束の分け前だ。受け取ってくれ。そこの若者よ、ちょっと良いか。何の用だ。見るからに体力はありそうだ。わしの研究を手伝ってみる気はないかな。研究？あんたは学者なのか。こう見えてその界隈では名の知れた民族学者でな。遠方からはるばるやってきたのだ。ここタボールの成り立ちを研究しておったのだが、この村の複雑な構造がわしの想像をはるかに超えておっての。歩き回っとるうちに足腰を痛めてしまってもう動けんのだよ。そこでだ、わしの代わりに調べ物をしてくれんか。もちろん報酬は弾むぞ。どうだ。引き受けよう。何をすればいい。この村に石碑があるのは知っておるか。ほら、あそこ見てみ。あの丸屋根の下だ。村の南と北、さらに東に一つずつある。あれには碑文が刻まれておるはず。何が書かれておるか確かめてきてくれ。その内容さえ分かれば研究もはかどるだろう。碑文か。分かった。少し待ってろ。それでは頼んだぞ、若者よ。マザークリスタルの伝承か。遊牧民がここに移り住んだようだな。いつもお肉をありがとう。狩猟文化で発展したのか。石碑はこれで全部だ。あの学者に報告しよう。碑文を確認してきたぞ。さすがだな、若者よ。仕事が早くて助かる。それでは早速碑文の内容を聞かせてもらうとするかな。まずは南の石碑からだ。あれには何と書いておった？マザークリスタルを守りし者の一派はこの地に礎を築いた。クリスタルが輝く限りその血筋を絶やしてはならない。これで間違いない。なんとタボールを築いた祖先はかつてはマザークリスタルを守っていたと。だがなぜ彼らがこの地を選んだのか、実に興味深い。続けよう。北の石碑には
なんと書いておった。黄金の平原を渡る遊牧民はこの地に安息を見出した。タボールにとどまりし後もその誇りは失ってはならない。確かこう書かれていたはずだ。ほう、遊牧民族がこの地に居ついた。彼らの文化と混ざり合ったということだな。よし、次で最後だ。東の石碑には何と書いておった？大地の恩恵を受けし狩猟部族はこの地に繁栄をもたらした。タボールを守りし万物の恵みに感謝を忘れてはならない。そう書かれていた。確かにタボールは狩猟文化によって支えられておる。それは外からもたらされたものだったのか。マザークリスタルを守りし者の一派と遊牧民、そして狩猟民族か。しかも内容から察するにどうやらそれぞれ異なる民を指すようだ。このタボールの独特な文化は異なる文化が混ざり合ったがゆえかもしれんな。それにしても石碑ごとに異なる民のことを刻むとは研究のしがいがあるわい。役に立てたようだな。協力に感謝するぞ若者よ。約束の報酬だ。受け取ってくれ。そうね。あらクライブ、いいところに来てくれたわ。ちょうどあなたの手を借りたいと思っていたの。何かあったのか？魔物退治を頼めるかしら。詳しく聞かせてくれ。この空模様になってあちこちが混乱続きでしょ。首都ランデラも例外じゃないわ。多くのベアラーが主を失って街に溢れてる。今はダルメキア軍が面倒を見てるけど、この状況で軍も彼らを持て余しているみたいでね。そこでそのベアラーをうちで買い取れないか交渉しているところ。主のいないベアラーたちなら堂々と買い取っても面倒は起きないってわけか。ええ、その通り。大勢のベアラーを保護できる絶好の機会よ。しかしそれと魔物退治にどう関係が？ベアラーを保護しようにもなんせ今回は数が多い。だから連中が住むところを確保するためにどこかの廃村を補修したらどうかと思っていてな。ちょうど人目につきにくい谷の奥にカシロクって廃村を見つけたんだが、結構な数の魔物が住み着いちまってて困ってたところだったんだよ。それであなたに魔物退治をお願いしたくて。どうかしらクライブ。力になろう。ありがとう、助かるわ。それじゃテオはさっきの手はず通り輸送の手配をお願いね。ああ、早速取り掛かる。随分と慌ただしいな。保護するベアラーは何十人もいるからな。さっさと支度を済ませないと間に合わないのさ。そんじゃ頼んだぜクライブ。ベアラーたちの新しい居場所を確保してやってくれ。ああ、任せておけ。カシロクにはレトニ峡谷を通っていけるわ。途中に門があるけど私の仲間が開いてくれてるはず。なるほど、分かった。よろしく頼むわねクライブ。ここが
カシロクのようね。魔物を片付けよう。今ので最後。ボクラドへ戻ってエルイーズに報告しよう。テオドール、どうした？静かに。ではその内容で頼むよ。今後ともよろしくな。ええ、こちらこそ。あの男、何か気になるのか？いや、なんでもないさ。それよりクライブ、カシロクの魔物退治はどうなった？ああ、片付けてきた。さすがだな、仕事が早い。これからエルイーズに報告するところだ。そうか、よろしくな。クライブ、俺がここで見てたことは姉貴には内緒にしておいてくれ。それと少し話がある。報告が終わったら俺のところまで来てくれないか？分かった、いいだろう。エルイーズ、カシロクの魔物を片付けてきたぞ。ありがとう、クライブ。これは報酬よ。受け取って。これでひとまずベアラーの居場所は確保できたわね。大急ぎで整備しないと。あとはベアラー買い取りがうまくいけば。まだ時間がかかりそうなのか？ええ。今も私の仲間が交渉を続けてくれてるけど、なかなか大変みたい。相手は軍だもの。いつも通りにはいかないわ。でも必ず成功させてみせる。また何かあれば言ってくれ。いつも助かるわ、クライブ。来てくれたか。それで話とは？姉貴と話してた男のことさ。あいつは銀霊商団っていう巨大な商人集団の一員だ。銀霊商団？ダルメキア全土で手広くやってる商団の一つでな。あいつらは姉貴の詳細を見込んでずっと商団入りを持ちかけているらしい。さっきのやりとりを見るに姉貴もまんざらじゃなさそうだが。運び屋はどうするんだ？姉貴には商人としての才能がある。運び屋なんか続けるよりずっとためになるだろう。姉貴はずっとベアラーの保護を続けてきた。俺を助けた時からずっとな。だけどそのことに縛られすぎてる気がするんだ。ベアラーを助けたいって気持ちが助けなくちゃいけないになってるんじゃないかって。もし俺を助けたことでそうなったのなら、俺がその呪縛から解放してやりたい。テオドール、俺は姉貴に助けられてからずっと幸せだった。だから次は姉貴が幸せになる番だ。銀霊商団に入ることがそのきっかけになってくれればいいけど。そうか。この仕事を成功させて姉貴を気持ちよく送り出してやらねえと。頼むクライブ、それまでどうか力を貸してくれないか？もちろんだ。ありがとうクライブ。これが赤の正体最後の仕事だ。俺も気合を入れていくぜ。動きがあったらまた知らせる。その時はよろしくな。クライブ、いいところに来た。ウェイド卿たちのことであんたに相談があるんだ。どうかしたのか？この前アカシアに襲われた時から宿場と種火の守り手は協力関係にある。彼らのいたラザロ街もエーテルだまりに沈んで住むところがなくなったみたいで、だからこの辺りの警備の依頼も兼ねて
ここで暮らしてもらってたんだけど、せっかく助け合って生きてるのに仮住まいで不便な思いをさせてね。かといってうちはこんな崖の上にあるだろ。住居を広げようにもそう簡単にはできないんだよ。ウェイド卿たちも遠慮しながら暮らしてるし、なんだか申し訳なくて。なるほど。それにうちでかくまってるベアラーも増えてきた。これ以上宿場には置いておけそうもない。いずれにせよここ以外に住むことができる場所が必要なんだ。種火の守り手とうちのベアラーたちが気兼ねなく暮らせる場所がさ。あんたにも移住を手伝ってもらえると嬉しいんだけど、頼めるかいクライブ。協力しよ助かる。ありがとう。う。ところで移住先のあては？イーストプールにするつもりだ。イーストプールか。あの襲撃から随分経つな。ああ、悲惨な出来事だった。だけどいつまでもあのままにはしておけない。あたしらでちゃんと整備して使えば、あの村の人たちもきっと喜んでくれるんじゃないかと思ってさ。ああ、そう思う。近くには黒の一帯も迫ってるけど、それでもしばらくは暮らしていけるはずだ。でも一つ問題がある。今あそこは野党の根城になっちまってるんだ。まずは奴らから村を奪還しなきゃならない。野党を追い払おうにもうちの傭兵は宿場の警備だけで手一杯。結局種火の守り手に頼らざるを得ないんだよ。そこでできればあんたにも協力してほしくてね。分かった。イーストプールは俺にとっても思い出の場所だ。必ず取り戻してくる。そう言ってくれると嬉しいよクライブ。イーストプールの奪還についてはウェイド卿に話を進めてもらってる。詳しいことは彼から聞いてくれないかい？そうしよう。イーストプールの奪還。ああ、まずはウェイド卿に話を聞こう。ウェイド卿、ここだったか。これはクライブ様。マーサから話を聞いた。イーストプールへ移住するそうだな。ええ、マーサさんから提案がありまして、この宿場に種火の守り手が住み始めたことで皆さんの迷惑になっていないか、私も気がかりでした。それにマーサさんもベアラーの居住について困っていましたから、良いお話だと思い承諾したのです。そうか。俺もイーストプールの奪還を手伝うことになった。何でも言ってほしい。ありがとうございます。クライブ様にご協力いただければ必ずや奪還できましょう。それでウェイド卿、状況は？すでにお聞きになったかと思いますが、今のイーストプールは野党の根城となっています。周辺にはアカシアも潜んでいると見られ、その双方と戦うことになるでしょう。我々の戦力では限界もあり、作戦を決行しかねていたところでした。なら俺が野党の相手をする。種火の守り手は周辺でアカシアの警戒に当たってくれ。野党との挟み撃ちにならないようにな。それではあなた一人が危険な目に。野党相手に引けを取ることはないさ。任せておけ。感謝します、クライブ様。野党の討伐をどうかお願いします。そちらの支度は？はい、すでに整っています。いつでも出撃できますよ。では早速イーストプールへ向かうとしよう。承知しました。どうかご分を。なんだあいつら、よそ者か？追い返せ！この村はお前たちのものじゃない。ここを返してもらうぞ。これで最後か。こいつどこから？片付いた。
他に魔物の気配はなさそうだ。クライブ様、クライブ様、ご無事でしたか。ああ、問題ない。アカシアの方は？村の周辺でいくつかの群れを確認しましたが、全て討伐してあります。ここには種火の守り手だけでなく、宿場のベアラーたちも移住するんだったな。はい、その通りです。ベアラーが移動する時にも危険を伴うか。ウェイド卿、野党もアカシアもいない今が絶好の機会かもしれない。確かにそうですね。この機に移住を進めた方がいいかもしれません。早速手配してきます。ここが俺たちの村。信じられないよ。私たちに住む場所ができるなんて。これでみんなの移動を終えました。今日からここが我々の新しい村なんですね。イーストプールの惨劇の後、ここ数年野党どもが好き勝手してたようです。村のあちこちが荒れてますから、当面は村の整備をしなければ。ここからが大変ですが、なんとか頑張ってみせますよ。この村にはマードック夫人の墓もある。オスカーにも整備を手伝うよう伝えておく。ありがとうございます。ここを取り戻したと知れば彼も喜ぶでしょう。では俺はマーサに報告してこよう。ウェイド卿、何かあればいつでも知らせてくれ。ご助力感謝いたします、クライブ様。ああ、クライブ、戻ってきたんだね。イーストプールの野党どもを退治してくれたそうじゃないか。それにベアラーの移動まで手伝ってくれたんだろう。ありがとう。本当に助かったよ。これでみんな新しい村で窮屈せずに暮らしていける。新しい村か。名前はどうするんだ？イーストプール。村の名前はそのまま。ウェイド卿が言ってたんだ。あの村を愛した人々の思いを消さないようにしたいって。そうか、彼らしいな。さて、これからが大変だ。何年も荒れっぱなしだったからね。まともに住めるようにするのも一苦労だろう。彼らにしっかり支援してあげないと。あの村だけで暮らしていけるようになるまで協力は惜しまないつもりさ。頼むぞマーサ。世話になったね、クライブ。何かあったらまた頼むよ。ああ、任せてくれ。クライブ、今まで世話になったな。黒騎士が嗅ぎ回ってる以上急がなきゃならん。俺はこれから用事を済ませに行く。お前とは悪い付き合いじゃなかったよ。もちろんシドともな。俺にもあんたの辛さは理解できる。だが復讐を遂げたところで俺は最後まで成し遂げる。これが俺の生きてきた意味だからだ。ここはロストウィングはどうする？もともとこのために作った村だぜ。その後はどうなったって構わんさ。村の同志たちも最後まで共に戦う。皆覚悟の上だ。とはいえ同志の中には戦えない連中もいる。子供や老人、石化が進みすぎたベアラーたち。さすがの俺もそいつらまで巻き込もうとは思わねえ。ベアラーの居場所は少ない。村がなくなれば生きていけなくなるだろう。そこでだ、クライブ。最後に一つ頼みたい。戦えない同志たちをお前の隠れ家で引き取ってくれないか。いいだろう。助かるよ。最後まで面倒をかける。
連中はゴールトン農場に集めてある。迎えに行ってやってくれ。分かった。これで肩の荷も下りた。始めるとするか。あばよ、クライブ。ゴールトン農場へ向かおう。ベアラーたちが待ってる。ここにいるのは簡単に集められたベアラーだな。彼に頼まれてお前たちを引き取ることになった。隠れ家まで案内しよう。そうか、あんたのところに。面倒をかけるね。シド、俺たちはみんなマスターに命を救われた。だからその思いを遂げてもらうために生きてきたんだ。マスターはこの戦いが終わったらきっと死ぬつもりだろう。でもあの人が決めたことなら最後まで成し遂げさせてあげてほしい。それが俺たち同志全員の思いだ。ああ、分かってるよ。おーい！なあ、村のみんなはどこに行った？まさかもう先に。ああ、とっくにマスターと共に出たはずだが。くそ、行き違いか。何があった？ああ、俺はマスターの仇が潜む古い屋敷を偵察してたんだ。奴が飼ってたのは黒騎士だけじゃなかった。凶暴な魔獣まで手なずけてたんだよ。あんなもん俺たちじゃとてもかなわねえ。このままじゃ村のみんなは犬死にだ。急いで帰ってきたってのに。そんな。マスター、頼むシド、マスターを助けてくれないか。あの人が思いを遂げる前に死なせたくはないんだ。すぐに向かう。その屋敷はどこだ？ここからずっと東の森にある天命館ってところだ。お願いだ、マスターを死なせないでくれ。クライブ、これは。クソ、間に合わなかったのか。カンタン、無事か？ああ、俺だけはな。だが同志たちはもう連中のおかげでここまで来れたんだ。あと少し、あと少しだってのによ。この魔獣が。カンタン、ここは俺に任せてあんたは行け。だがお前を思ってついてきた大勢の同志が死んだんだ。彼らの犠牲を無駄にするな。すまねえ。さあ来い。兄さん、片付けるよ。魔獣は片付いた。あとはやったのか？ああ、奴め泣きわめきながら許しを請うてきやがった。迷わず首を切ってやったさ。俺はこのためだけに生きてきた。このためだけに村を作り上げ人を集めた。何年もかけてな。こんなもんか。本懐を遂げたところでこんなもんなのかよ。
人一人殺すためだけにこんなに多くの同志を。カンタン。マスター。ああ、マスター、無事でよかった。お前なぜここに。あんたのことが心配で。そうだマスター、大変なんだ。ロストウィングにエーテルだまりが。なんだと。俺のロストウィングが。あれは黒騎士。俺たちと入れ違いでロストウィングを襲ってたってのか。逃げ遅れはいないだろうな。待てカンタン。こいつら。このままじゃカンタンがアカシアに。こいつらを倒すのが先だ。急いでカンタンのところへ。カンタン、しっかりしろ。おい。まだアカシアになってない。今なら。気がついたか、カンタン。ロストウィングはどうなった。エーテルだまりに沈んだ。そうか。これで正真正銘空っぽってわけだな。やっとのことで果たした復讐も虚しいだけだったよ。マスター、安静にしていないと。大丈夫だ。何年もかけて築いた村も一瞬で消えちまった。俺はなんでまだ生きてやがる。なんてことを言うんだ。俺たちを人として扱ってくれて、生きる場所を与えてくれたあんたが。僕マスターにはもう会えないと思ってたんだ。マスターの用事のことはよく知らなかったけど、きっとそれが終わったら帰ってこないんだって。でもマスターは帰ってきてくれた。これからも僕たちのマスターだよね。やっぱりあんたは生きなきゃいけない。俺たちを生かしておいて自分だけ死ぬなんて許さないからな。助かった村人はみんなここにいる。あんたが目覚めるのをずっと待っていた。酔狂な奴らめ。何の得があって俺なんかを。だってマスター、僕たちは家族でしょ。家族？死んでいった同志たちもきっとそう思ってた。村で一緒に暮らしてたみんなは家族だって。ロストウィングが何だってんだ。マスター、もう一度村を作ろう。このブドウ畑にはまだ生きてる房もある。私たちはやり直せるんだ。もう一度。もう一度か。そうだな。悪くねえ提案だ。村の一つや二つ立て直してやろうじゃねえか。みんなでな。さすがマスターだ。お前らマスターはもうやめろ。これからは簡単でいい。家族なんだから。すまんなクライブ。
家族は俺が養っていく。お前の頼みは聞かなかったことにしておくよ。結局お前には最後まで世話になりっぱなしだったな。礼ならうまいワインで十分さ。分かった。少し待ってろ。この村を立て直したらお前が飲んだこともない上等なやつをこしらえてやる。その時はいくらでも持っていけ。楽しみにしてるよ。クライブ、ちょっと相談したいことがあるんだ。どうかしたのか？最近ベアラーの患者が一人運び込まれてね。タルヤが休みも取らずに見ているんだ。僕が代わると言っても自分が見るって聞かなくて、ただでさえ医務室の仕事も忙しいのに、このままじゃタルヤの方が倒れてしまうよ。クライブからも休むように説得してくれないか？ああ、俺から話してみよう。よかった。クライブ、頼んだよ。タルヤ、話を聞いたぞ。休みも取らずに患者を見ているそうだな。ロドリグも心配している。一度休息を取ったらどうだ？ありがとう、クライブ。でも心配しなくても平気よ。この人のことはどうしても見ておきたいから。知り合いなのか？ええ、ちょっとした顔見知り。この間偶然運び込まれてね。石化が進んでてもう長くはないの。最後くらい苦しまずに行かせてあげたいけど、痛み止めも効かなくなってきた。何かいい方法はないのか？そうね、エリシア薬を使えば。待ってくれ、タルヤ。本当にその薬を使うのか？彼を楽にしてあげられるのはもうそれしかないの。ロドリグ、あんたも協力して。わかったよ。クライブ、エリシア薬は備蓄がないんだ。今から材料を集めて作らないといけない。その材料集めに協力してほしい。わかった。いいだろう。ありがとう、クライブ。この時期、ロストウィング近くの裏参道にマイトリングって魔物が出る。そいつから魔チュウガンを取ってきてくれるかい？クライブ、助かるわ。エリシア薬の材料をお願いね。またな。ロドリグの言っていた魔物はこいつか？これが魔チュウガンだろう。隠れ家のロドリグに届けよう。おかえり、クライブ。魔チュウガンは手に入ったかい？ああ、確認してくれ。ありがとう。これで間違いない。早速エリシア薬を作るよ。この薬はね、全身の感覚をなくす強い薬なんだ。最後には生きてる感覚さえもなくしてしまう。本当は使ってほしくないんだけどね。どう？少しは楽になった？ああ、痛みはまったく。暖かい光が見える。もう何も考えなくていい。どうかゆっくり休んで。ありがとう、タルヤ。
立派になったね。終わったわ。ありがとう、ロドリグ。それにクライブも。僕は弔いの用意をしてくる。あの人はね、私の恩師なの。シドと会う前、私がまだ故郷で軍の看護兵をしていた頃のね。私の故郷は南にある小さな島で、当時すでに黒の一帯に飲まれつつあった。だからあの人は魔法を使わない治療、医者としての知識を私に教えてくれたわ。それで恩師か。エリシア薬はあの人が考えた薬よ。彼の理想はシドと近かったから。人が人として死ねる場所。でもベアラーたちにそんな場所なんてない。それで全ての苦しみから解き放たれて、人に戻れる薬を生み出した。ねえクライブ、人が人として生きられる場所、あんたの理想を必ず実現させましょう。こんな悲しい思いはもう。ああ、成し遂げてみせる。ありがとうクライブ。ようクライブ、この前は世話になった。実はまた困っていることがあってな。もしかしてまたブラックソーンのことか。ああ、そうなんだ。俺は以前外の任務の補習である指輪をもらったことがあってな。あまりに綺麗だったんでブラックソーンに見せたんだが、それを見た途端急に不機嫌そうに黙り込んじまってよ。怒らせることをしたつもりはないのに、何が悪かったのやら。頼むクライブ、もう一度手を貸してくれないか。仕方ない。こうなったらとことん付き合おう。助かるよ。とにかくまずはブラックソーンから話を聞いてみよう。ああ、先にあいつのところへ行ってるぜ。なんだクライブ、またオーガストと一緒か。いつからお前までそんなおせっかいになった？昔からさ。オーガストに聞いたぞ。あいつの指輪を見るなり不機嫌になったそうじゃないか。なあブラックソン、機嫌を直してくれないか。俺が何か悪いことをしたんなら謝るからさ。そんなんじゃねえ。指輪を見て少し昔を思い出しただけだ。昔を？ブラックソン、話してくれないか。なんでお前たちに昔話をせにゃならん。なあ頼むよ。まったく、話せばいいんだろ。あの指輪を作ったのは俺の兄弟弟子だ。名をゾルターンという。兄弟弟子なんていたのか。喧嘩別れして以来何十年も会ってないが、昔とは比較にならんほど腕が上がってるが、俺にはわかる。あれは間違いなくゾルターンの打ち方だ。指輪を見て驚いたよ。かなりの値がついてもおかしくない。確かあの指輪をくれた人も高価なものだとは言ってたが。しかも家事の腕だけじゃなく細工のための彫金まで身につけるとは。今の俺に
これほどの指輪は作れねえ。それが悔しかっただけさ。あんたはこの隠れ家の鍛冶師だ。誰かと腕を競うものでもないだろう。だからだよクライブ。ここで作っているのはお前たちの命を預かる装具。ただ鉄を打つだけじゃダメなんだ。身につけるもの一つ一つに俺も命をかけなきゃならねえ。だからこそ誰かに負けるなんてことが許されないのさ。特にあんな片手まで家事をしてたような奴にはな。ブラックソーン、その兄弟弟子に会ってみたらどうだ。今さら会って何になる。話してみれば何かつかめるかもしれない。あんたは俺たちのために一心に装具を作ってくれている。そんなあんたに俺たちも応えてやりたいんだ。それに家事に命を懸けているなら兄弟弟子に会うことくらいなんてことないだろう。そうそう、変な意地なんて張らずによ。俺たちも一緒に行くからさ。分かったよ。よし、決まりだな。ゾルターンだったっけ。その人は今どこに。俺の故郷だ。ドラボズって村で長をしてる。ドラボズっていや、コラバ牧地の北にある村だな。タボールからならそう遠くないはずだ。よしクライブ、後でドラボズの前で落ち合おう。俺はブラックソーンを連れて向かうからよ。ああ、そうしよう。また後でな。オーガスト、どうかしたのか。ああ、こいつが通してくれないんだよ。何か入れない理由でも。今村の中でちょっと厄介事がな。よそ者は入れるなと村長から言われてるんだ。すまないな。相変わらず融通の利かないやつだなあ、花垂れビート。お前まさかブラックソーンか。なあ、久しぶりだな。何しに来た。故郷に帰っただけだってのに随分な言われようじゃねえか。ゾルターンに会いに来た。そこを通せ。村長にいいか、決して揉め事を起こすんじゃないぞ。約束はできんが努力はしよう。さっさと通れ。どうも。ここがドラボズ。初めて来たけどなんだか活気がねえな。ここは火事の村だ。昔はあちこちから鉄を打つ音が聞こえたもんだが。クライブ、ゾルターンに話を通してきてくれないか。おいおい、ここまで来て何を今さら。俺は奴と喧嘩別れしてそれっきりなんだ。いきなり会ったところで話が面倒になるだけさ。いいだろう。まずは俺が話をしてくる。悪いな。ゾルターンは高台の火事場にいるはずだ。きっとまだあそこを使ってる。行ってみよう。すまん、頼んだぜ。おい、もっと力を入れろ。そんな日じゃ鉄を打つどころじゃねえぞ。すまない。ここの村長に話があるんだが。俺に何の用だ。あんたがゾルターンか。お前よそ者だな。鼻垂れビートめ。村に入れるなと言っておいたのに。よそ者に用はない。さっさと出て行け。会ってほしい奴がいる。俺に？誰だ？ブラックソーンという鍛冶師だ。ブラックソーンだと？ああ、この村に来てる。
迷惑だ。連れて帰ってくれ。あんたとは兄弟弟子と聞いた。昔の話だ。さあ、ダメだ。やっぱりベアラーの魔法なんかじゃ鉄を撃てねえ。大型のクリスタルが使えねえと、これ以上の火力を出すのは無理だぜ。奴とはもう縁を切った。それに見ての通り今は立て込んでいる。あんな奴に構ってる余裕はないんだ。分かったならすぐに村から出ていけ。そうか、分かった。クライブ、ゾルターンと話はできたのか？ああ、話はしたが。それで断られちまったってわけか。まあ奴ならそう言うだろう。俺と会う理由もない。ブラックソン、教えてくれないか。ゾルターンと何があった？縁を切ったと言われるなんてよほどのことだぞ。俺は逃げ出したんだ。奴に村の全てを押し付けて。当時の俺は家事に質を求めていた。より使いやすく、より頑丈な武器や防具、実用と実利を兼ね備えた究極の一品。自分の腕の限界に挑んでみたかった。だが戦では量を必要とされた。より安く、より手軽に。度重なる戦ではその方が都合良かったんだろう。そしてゾルターンは村の方針として量を選んだ。それからは喧嘩の毎日さ。質と量、相入れないんだからどうしようもない。村を潤すための選択と分かっちゃいたが、俺には我慢ならなかった。それでここから逃げ出したってわけだ。ブラックソン。ゾルターンの村長としての手腕は実際大したもんだったよ。たちまち村は潤って村の連中も贅沢できるようになったんだから。しかし世の中うまくはいかないもんだ。クリスタルがなくなって炉が使えなくなるとは。昔シドから聞いたことがある。マザークリスタルが大地からエーテルを吸収するとき、少しばかり溢れ出る分があるってな。おこぼれってやつだろ。マザークリスタルの近くなら炉に使うようなクリスタルも使うことができる。でもドレイクファングが消滅してからはそれもなくなっちまって、ダルメキアの多くの地域で大型のクリスタルが使えなくなってるって聞いた。ああ、この村じゃもう家事は続けられん。死ぬのを待つだけだ。なあクライブ、この村に隠れ家と同じ炉を作ってやれねえか。あの炉を使って不意後で火を起こせばクリスタルがなくても火事ができる。俺がいつもやってるようにな。待てよブラックソン。ありゃ隠れ家の俺たちのためにシドが発明したんだぞ。それをそんな簡単に。分かった、いいだろう。言ったはずだ。あんたに答えてやりたいと。それにマザークリスタルを全て破壊した後、いずれは広めるつもりだったんだ。人が人として生きていける場所には魔法に頼らず生きる術が必要だからな。この村が最初というだけさ。どうだオーガスト。俺たちの頭はクライブだ。お前がそう言うならそれでいいさ。ありがとうよクライブ。よし、なら早速支度するか。ああ、そうだな。二人とも手を貸してくれ。あの炉を作るには人手がいる。オーガスト、村の連中に声をかけて動けるやつを集めてくれるか。おう、任せておけ。クライブ、お前には不意後に使う素材集めを頼みたい。村の外に広がるコラバ牧地にはデザートサラマンダーって魔物が住んでる。そいつを倒して耐熱川を取ってきてほしい。分かった、すぐに取りに行こう。
あれがデザートサラマンダーか。最後だ。これだな。ブラックソーンに届けよう。不意語って。クライブ、戻ったか。あんたに頼まれた耐熱川を取ってきたぞ。ああ、確かにこれで支度はできた。ロトフイゴの作成に取り掛かるとしよう。すごいな。クリスタルや魔法を使わずにこんな火力が。ああ、これなら鉄が撃てる。よかった。村は救われるぞ。ちょっといいか。さっきは邪険に扱って悪かったな。あんなに立派なもんを作ってくれて本当に感謝する。あんたらは村の恩人だよ。礼ならブラックソーンに言ってくれ。俺たちは手伝っただけだ。後で奴にこいつを渡してくれないか。これはブラックソーンが出て行った後、試行錯誤して作り上げた特製の外炭だ。こいつを炉にくべれば高い火力を維持しやすい。より強固な鉄を打つことだってできるだろう。どうかあんたらで使ってくれ。俺は奴の腕が羨ましかった。だから村長の仕事をしながらもひたすらに鉄を打っている。今もずっとな。だが奴には届かない。どんなに努力しても腕の差が埋まらない。村を出て自由に生きる奴に俺の腕ではかなわないんだ。悔しかったよ。直接渡さないのか。俺はまだブラックソーンを許したわけじゃない。なあクライブ、ひとまず隠れ家へ戻らないか。少なくともあの様子じゃゾルターンはブラックソーンに会う気はないだろう。それに今のブラックソーンを見ろよ。生き生きとしててなんか吹っ切れたように見えるぜ。ああ、そうだな。あいつはまだロトフイゴの説明をしてるみたいだ。後で俺が連れ帰るよ。ならゾルターンから預かった外炭は帰ってから渡すとしよう。ああ、また隠れ家でな。ブラックソーン、オーガスト、もう帰ってたのか。ああ、今しがたな。あとは村の連中が頑張ってくれりゃいい。ゾルターンとは結局話すことができなかったよ。それについてあんたに渡したいものがある。外炭？こいつはもしかして。そうだったのか。ゾルターンがあんたの腕を認めていたよ。そうか。俺は村を出たことに後悔はねえ。命を懸けて俺が撃った武器を命を懸けてお前たちが振るう。これこそカジシミオリに尽きるってやつだ。だからこの外炭もありがたく使わせてもらう。少しでもいいものを作って一人でも多くの仲間の命を救ってみせる。ゾルターンの火事が片手間じゃないってのなら俺も寝ずにやってやるさ。あいつにだけは負けるわけにはいかねえ。ブラックソーン、安心したぜ。すっかり元気になったじゃねえか。心配かけちまったな、二人とも。俺はもう大丈夫だ。やる気が溢れてくるぜ。よし、仕事だ仕事。
なんだかんだ言ってやっぱり今でも兄弟弟子なんだな。ああ、お互いの存在が己を磨くきっかけになってる。羨ましいことだ。せっかくだしついでに仲直りでもしてくれりゃいいんだがよ。とにかく今回は一段落ってところだ。クライブ、いろいろとありがとうよ。感謝してるぜ。こんにちは、シド。モーガンビアードの件でご相談がありまして。ここで育てると言っていた花だな。何か問題でも？ええ、生育自体には成功したのですが、花つきや根の張りが野生種に劣ることが分かりました。おそらく黒の一帯の環境に適応しきれないのでしょう。それで一つ試してみたいことが。なんだ、言ってみろ。獰猛な植物の魔物モルボルを素材に新しい肥料を作ろうと思うのです。モルボルは厳しい土地で生き抜くため、その根に多くの栄養分を蓄えているといいます。強靭な個体であればその気根一つで幾日も生存できるとか。お願いです、シド。強靭なモルボルの気根を持ち帰っていただけませんか？分かった、協力しよう。ありがとうございます、シド。ちょうどロザリアで強靭なモルボルを目撃したとの知らせが入っています。詳細についてはサロンのリスキーモブ掲示板に貼り出されているはずです。ああ、確認しておく。それではよろしくお願いいたします、シド。助かったよ。確かに強靭なモルボルだった。お帰りなさい、シド。モルボルの気根は手に入りましたか？これで大丈夫か？分厚い表皮にぎっしり詰まった器官。これなら栄養も豊富に違いありません。ありがとうございます、シド。早速新しい肥料を作ってみますね。見てください、シド。モーガンビアードは野生種に劣らないほど花つきがしっかりして根も強く張ってきました。他の草木にも効果が見られます。すべてシドのおかげですよ。役に立てて何よりだ。そうだ、シド。お礼にと改めて精油を作ってみたんです。あの花の生命力が強まったおかげでしょう。以前よりも薬効が増したようです。どうぞお持ちください。あなたの助けになりますように、シド。
クライブ、聞いたか？何の話だ？この前ブラクソンを連れてドラボズって村に行ったろ。あそこの近くにある鉱山のあたりでエーテルダマリが発生したらしい。村はどうなってる？今のところ被害は出てないみたいだが、すでに大量の魔物がアカシアになってるって話だ。早いとこ手を打たないと村が襲われかねないぜ。なんとかしてやりたいけど、石の剣の中でもアカシアと戦える連中は限られてるからな。頼む、あんたの力を貸してくれないか？もちろんだ。放ってはおけない。助かるぜ、クライブ。ブラックスオンにはもう伝えたのか？いや、ドラボズはあいつの故郷だ。余計な心配はかけたくねえ。今はまだ黙っておいてくれ。そうか、分かった。俺は先に向かって支度しておく。現地で合流しよう。オーガストが来てるはずだ。早く合流しよう。アカシ来てくれたか、クライブ。オーガスト、状況は？今石の剣の連中に様子を見に行かせているが、思った以上にアカシアが多いようだ。ひとまず奴らの侵入を防ぐために北の門を閉めさせた。あと村人たちも家の中に避難させてる。備えはできたか？あんたいつぞやの話を聞いたよ。まさかあんたがあのシドだったとは。噂に聞いていた人柄とは随分異なるようだ。すまんが力を貸してくれ。ああ、任せろ。俺にも手伝わせてくれ。ブラックゾーン。なんでお前がここに？石の剣の連中が騒いでやがったんだ。それで大急ぎで駆けつけた。ゾルターン、久しぶりだな。お互い随分と年を取っちまった。ドラボズを捨てたお前がどの面を下げて。捨てたってどういうことなんだ、ブラックソン。捨てたわけじゃねえ。村を出るしかなかったのさ。ここは大昔から火事を営んできた村だ。ドラボズの村長につく者は代々村で一番腕の立つ鍛冶師だと決まっている。俺たちの師匠も掟に従って長になったが、その仕事に追われてまともに鉄を打てなかった。村長になるってことは鍛冶師であることを諦めることなんだと思ったよ。ところが師匠は死ぬ前に次の長として俺を選びやがった。それをお前は断って。俺はずっと鉄を打っていたかっただけさ。ゾルターンに長を譲った後、掟を破った俺への風当たりは次第に強くなってな。こいつもかばってくれてはいたが、それも限度がある。だから村を出たんだ。違う、捨てたんだ。ゾルターン、俺は。二人とも揉め事になるようなら後にしてくれ。まずはこの村を守ることが優先だ。ああ、心得ている。悪かったな。クライブ、すまん。俺が余計なことを言ったばかりに。とにかく今はアカシアに専念しよう。激しい戦いになるかもしれない。支度が済んだら俺に声をかけてくれ。クライブ、支度は済んだか？いつでも行けるぞ。よし、それじゃ俺とクライブは先行している石の剣と合流する。鉱山に乗り込んでの殲滅戦だ。ブラックソーンとゾルタンは後方を警戒しながら。オーガスト、大変だ！何があった？鉱山方面からアカシアたちが溢れてきたぞ。くそ、もう来やがったか。奥に大物もいるみたいだ。俺たちだけじゃ抑えきれない。
とにかく先発隊を引き上げさせろ。こっちに合流させるんだ。了解。どうするオーガスト君。アカシアは動きが読めない。村のどこを攻めてくるか見当もつかないぞ。こうなったら鉱山に乗り込むのをやめて村の防衛に集中するしかねえ。いや、この村の戦力はわずかだからな。防衛に徹したところでいずれは押し負けるぞ。ああ、そうだ。戦いが長引くほどこちらが不利になる。だったら早いうちに頭数を減らした方がいい。だけどそんな戦力は。鉱山には俺が行く。アカシアが広がりきる前に叩けば村への被害も少なくできるはずだ。クライブ、すまない。ここは任せるぞオーガスト。ああ、分かった。気をつけてなクライブ。これ以上先に行かせるか。この力で倒した。あいつが大物ってわけか。これで終わりだな。村も無事だといいが。クライム、無事か。こっちは大丈夫だ。よかった。お前に任せることになっちまって心配したぜ。村の方は？怪我人は多少出たがなんとかしのいだ。これでしばらくは大丈夫か？ああ、早く村に戻って連中に知らせてやろう。おお、無事に戻ったか。感謝するよシド君。これでまたドラボズは救われた。だがそれも今だけだ。エーテルダマリが消えたわけじゃない。迷い込んだ魔物がいずれまたアカシアになるだろう。危険が去ったわけじゃないんだ。安心はできないぜ。いっそのことこの村を出たらどうだい。ここに残るよ。この村で家事を続けることだけが俺たちの生きがいだからな。村の連中も同じ腹積もりだ。これまで通りみんなで何とかやっていくさ。そうか。なら俺たちもできるだけ支援するよ。ブラックソーン、お前の協力のおかげで村を守ることができた。礼を言う。ここは俺の故郷だぞ。当たり前のことをしただけだ。俺はずっとお前がこの村を捨てたと思っていた。だがお前たちは二度もドラボズを救ってくれた。そして今故郷とも呼んでくれた。この村を捨てたんじゃなかったんだな。すまなかったブラックソン。よせよゾルタン。謝るのは俺の方だ。お前に長を押し付けて勝手気ままに鉄を撃ってたんだから。俺は村長として必死で働いてきた。金を稼ぎ村を豊かにするために。だがそのせいでこの村は職人として大事なことを失った。家事への強いこだわり。今のドラボスの職人は量こそ揃えられても質の高い装具を作ることはできない。俺がどんなに努力しても。
今の職人たちに俺の言葉は届かないんだ。この村は鉄を打つことを忘れてしまったよ。ブラックソーン、戻ってきてくれ。お前の技術を若い奴らに伝えてほしい。そしてもう一度あの頃みたいに俺と同じ鉄を打つことはできないか。ありがたい申し出だが遠慮しておく。俺とお前の道は大きく外れちまった。それに今の俺には仲間がいる。そいつらをほっとくことはできねえ。そうか。だが力になることはできる。ここの職人どもに教えてやるよ、鉄の打ち方をな。ブラックソーン、まあ鼻たれビートのやつがすんなり門を開けてくれればだが。ああ、奴には言っておくとも。ブラックソーンはシドの一派は俺たちの仲間だと。ありがとう、ありがとうブラックソーン。よかったな、ブラックソーンのやつ。ああ、そうだな。シド君、これを受け取ってくれないか。ありがとう、ゾルタン。俺たちの村、ドラボズとの友好の証だ。それと俺個人からも礼をしたい。村を救った英雄にふさわしい伝説の剣をな。おい、まさかあれのことか。師匠ですら断念した芸術品と言ってもいい代物だぞ。質のいい皮、鋭い刃、強固な鉄、何よりきめ細かな細工が必要だ。そんなもんをどうやって。俺が何のために彫金を習得したと思っている？家事だけじゃ成し得なかった高みにいつか登ってみせるためだ。俺たち二人の腕があれば今こそ師匠を超えられるさ。ゾルタン、二人でならいけるかもしれねえ。クライブ、こいつを隠れ家に連れて行っても構わねえか。いいとも。ゾルタンはもう俺たちの協力者だ。よし、隠れ家に戻ったら俺の工房まで来てくれ。忘れるんじゃねえぞ。クライブ、戻ったか？こちらの支度はできている。早速お前の武器を撃つとしよう。革職人カミルから得た頑丈な革、外大陸の文化から得た鋭利な刃、ドラボズの外炭から得た強固な鉄、そしてゾルターンの彫金の腕とブラックソーンの鍛冶の腕、俺たちの全てをこいつにぶつける。行くぞゾルターン。おうよブラックソーン。ついに完成したぜ。これが伝説の剣、ラグナロクだ。ラグナロク。シド君、大切に使ってくれ。ありがとう、二人とも。これで二人は師匠を超えたってことだな。何を言ってるオーガスト。超えるってのはこういうことを言うんだ。クライブ、これを。これは二人で考案した伝説を超える剣の設計書だ。こいつを作るにはまさに伝説級の素材が必要だが、必ずやシド君の戦いに応えるものになるだろう。分かった。その素材とやらを集めてみせる。
俺も伝説を超えるためにな。その意気だクライブ。それじゃあひとまずは伝説の剣を作った記念にエールで乾杯といこうじゃねえか。おう、いい考えだ。こんなに心がすがすがしいのも久しぶりだ。今日は飲みまくってやる。ああ、共に酔いつぶれよ兄弟。ありがとうシド君。君には感謝の言葉しかない。しかし立派な隠れ家だ。ブラックソーンがここの鍛冶師とはな。これからも兄弟をよろしく頼む。しばらくしたら帰るつもりだが、たまには君もドラボズに顔を出してくれ。ブラックソーンのことは本当にいろいろ世話になった。ありがとなクライブ。それにしてもお前酒強かったのな。何かご用でしょうか。浮かない顔をしているな、ヨーテ。何か悩みがあるなら話してくれ。あ、クライブ様。クライブ様にはご相談した方が良さそうですね。実はジョシュア様の体の具合が優れないのです。胸の石化による痛みが日に日に増しているようでして。それは心配だ。薬を飲めば症状は和らぐのですが、問題はその薬なのです。というと？あの傷にはベアラーの石化で用いるような痛み止めが効きません。そのため教団やタルヤと協力してジョシュア様に合わせた薬を作っています。材料が希少ゆえ作れる数にも限りがあるのですが、最近は薬を飲まれる頻度も増えています。このままでは薬も材料も尽きてしまうでしょう。ジョシュア様の痛みを和らげることすらできなくなってしまうのです。どうかクライブ様、薬の材料集めにお力を貸していただけないでしょうか。ああ、力になろう。感謝いたします、クライブ様。それで薬の材料とは？ストナソウと呼ばれる薬草です。エーテルの濃い場所のみで育つと言われ、かつてはロザリアの水道橋付近で採取していました。ですがあの辺りも今ではエーテルだまりの中、取ることもままなりません。他に自生しているところがあれば良いのですが。ストナソウはまだ水道橋付近に生えてるんだな。ええ、確認しています。ならば俺が行こう。クライブ様、希少な材料なんだろう。下手に探すより取れるところで取った方がいい。それにドミナントの俺ならエーテルだまりにも耐えられる。承知しました。それではお願いいたします。ストナソウは真紅の色が特徴です。水道橋のあたりを探せば見つけられるかと。それではクライブ様、どうかお気をつけて。ヨーテが言っていたのはこの辺り。早速ストナソウを探してみよう。ここにもストナソウを探すのはこいつらを倒してからだ。
これに違いない。できる限り取っておくとしよう。こんなところか。隠れ家に戻ってヨーテに渡そう。ヨーテ、ストナソを取ってきた。足りるといいが。クライブ様、ありがとうございます。これほどあれば当面は持つでしょう。そうか、よかったよ。やはりお二人はよく似ていらっしゃいますね。御身の危うさも厭わず人のために尽くされる。そういう兄弟なんだ。いろいろと心配をかけるな。いえ、クライブ様、どうか御身お大事に。人は生きてこそのものですから。ああ、分かってるさ。シド、お時間よろしいでしょうか。ご相談があるのです。また何かの装置でも作るのか。さすがシド、話がお早い。今度はミド工房長が考案した加熱炉を製作したいと思っています。これはブラックストーン工房でも使われている鍛造用の炉に大気循環機構を組み合わせてはるかに大きい熱を。失礼しました。簡単に言えばミスリル機関とは異なる手法でこれまでにない高熱を作り出す装置なのです。ただあまりの高温に達するため従来の仕組みでは基礎となる炉が持ちません。うまく熱を制御しなくてはならないのですが、その材料がどうしても揃えられず、そこでシド、その材料の入手に協力していただけませんか。ああ、力になろう。またみんなの生活が楽になる。ありがとうございます、シド。それで今度は何を手に入れてくればいい？こちらの球体異物と呼ばれるものです。空の文明の異物か。以前ミスリル機関の排熱装置を作るのにも使ったな。ええ、あのミスリルの兜と同じく異物を用いて熱を制御します。温度変化に強い異物を組み込んで炉を守るとともに熱の対流でさらに高温にするのです。球体異物のある場所はすでに調べがついているのですが、近くには動く異物もいるようで。つまり奴らを倒して球体異物を回収してくればいいんだな。はい、お察しの通りです。加熱炉に必要な球体異物はあと3つ。ロザリアのアンバー近郊に広がるロストプルームと呼ばれる遺跡群に1つ、ダルメキアにある沈黙の吐息とザンブレクの降臨閣にも1つずつあるはずです。分かった、向かってみよう。それではシド、よろしくお願いします。どうかご武運を。まずはこいつらを叩く。さて、球体異物を探そう。これだな。他の遺跡も調べてみるとしよう。これで2つ。次で最後か。よし、これで揃った。隠れ家へ戻ろう。シド、お待ちしていました。球体異物は回収していただけましたか？これでいいか？こちらで間違いありません。シド、ありがとうございました。早速
金鶴の制作に取り掛かりますね。シド、ご覧ください。名付けてテラモーン金鶴。この工房の自信作です。なかなか立派じゃないか。これもシドの協力があってこそ。何かお礼をさせてください。前にも言っただろう。気にする必要はない。でしたらシドの薬カバンをさらに使いやすくするというのはいかがでしょう。また薬カバンか。実はテラモーン金鶴の試験運用として製鉄をしていたのです。その際、ごく少量ながら偶然に硬さと柔軟さを併せ持つ特殊な金属ができまして、この金属を薬カバンの取り付け金具に用いればさらに使い勝手が良くなるかと。そういうことならありがたく受けよう。わかりました。それではしばらくお待ちください。どうです？なるほど、これは使いやすいな。ありがとう、助かるよ。こちらこそありがとうございました。この特殊な金属を実用化できれば隠れ家での生活を格段に向上させられるでしょう。ここで生活する皆さんが何の不自由なく暮らしていけるようにする、それが我々の目標です。シドの協力で完成したこれらの装置をもとにいつかその目標を達成してみせます。ああ、期待してる。みんなのために頼んだぞ。ドリスに事情を聞いてみるか。サロンにいるはずだ。ドリスはどこに？シド、誰かお探しですか？ドリスを見なかったか。話があるんだ。ドリス隊長は任務中であります。今回は単独で調査に当たるとのことで少し前に出て行かれました。何の調査を？奴隷商人の調査であります。以前ノースリーチ近郊でベアラーを救助した一件から密売の手がかりをつかめたそうなのです。奴隷商人。あの時のドリスの言い方はそいつが何者なのか知っている様子だったが、俺も様子を見に行こう。どこに向かったか教えてくれ。はい、マーサの宿を調査中のはずです。どうかお気をつけて。ドリスが奴隷商人を調査しているはずだ。探してみよう。じゃあね、ドリス。久しぶりに会えてよかったよ。あなたもお元気で。ドリス、ここにいたんだな。シド、なぜこちらへ？お前が奴隷商人の調査をしていると聞いてな。隊長が単独行動とはどういうことだ？申し訳ありません。古い知人が手がかりを掴んでいると分かったのです。今の身分を隠し、私一人で調査をする方がうまく話を進められると思いました。知人、さっきのやつか。それで何か収穫は？はい、九段の奴隷商人の居場所が分かりました。現在バーム立教にベアラーたちを集めているようです。これから移送するつもりなのかもしれません。また話によればここしばらくの密売には一部のザンブレク兵も加担しているとか。組織ぐるみで動いているとなるとことは急を要します。私はこのまま現地へ向かいます。俺も行こう。兵士の相手は任せろ。ドリスはタイの連中を呼んでベアラーたちの保護を頼む。承知しました。では後ほどバーム立教で合流しましょう。奴らか。だがあの女、確かマーサの宿でドリスが話していた。
この辺りでベアラを集めるのももう潮時みたいだね。ではそろそろ本国へ戻られるのですか？当然さ。こんなところでみすみす捕まったら奴隷商人の名折れってもんだ。荷物はもうまとまってるんだろ。次の大きな仕事も待ってる。さっさとザンブレクに運んでくよ。は、直ちに。ああ、だけどその前に邪魔なネズミを始末しておこうか。やれるものならやってみろ。あとは貴様だけだ。やれやれ。みんなくたばっちまったかい。私も焼きが回ったもんだ。降参だよ。好きにしな。シド。なるほど。あんたが噂のシドだったのか。そりゃかなわないはずだ。ドリス、あんたシドのところにいたんだね。それにやっぱり気づいてたか。間違いならばどんなに良かったか。シド、黙っていたことをお許しください。彼女はかつての主人、そしてこの世界で生きる術を教えてくれた人です。この人が育ててくれたからこそ私は今もこうして生き延びている。よく覚えているね。あんな昔のことをさ。あんたはベアラーの中でもよくできた子だったよ。武芸をやらせても文字を習わせても器用に熟した。だからただの奴隷として使い捨てずにずっとそばに置いてたんだけど。ねえ、私の剣戻ってくる気はないのかい？今の私はベアラーのための剣です。もうあなたのものではない。最後にそれだけ伝えたかった。さようならご主人。あなたのことは一生忘れない。ベアラーのための剣か。まったく本当によくできた子だよ、あんたは。奴はどうする？私たちは彼女を裁く身にはありません。ですから何もしません。密売されそうになっていたベアラーを助けることができた。それで十分です。そうか、分かった。シド、ご協力ありがとうございました。今回の一件改めて隊員にも伝えておきます。手紙の件もある。コールには俺からも話しておこう。お帰りなさい、シド。ドリス隊長からの知らせを受けました。シドが任務に加わり、密売を事前に防ぐことができたと。ベアラーたちもじきに保護されてくるはずだ。それと手紙の件だが、ドリスならもう大丈夫だろう。ありがとうございます。先ほどようやく事情を知りました。俺たちが追っていた奴隷商人、まさか隊長の昔の主人だったなんて。あの奴隷商人はザンブレク兵と一緒に自首したそうです。ベアラーの扱いが悪いザンブレクでさえ密売は重罪。厳しい罰を受けるでしょう。隊長の心中が気がかりです。彼女はしっかり過去と決別していた。心配しなくていい。そうですか。ドリス隊長らしい。隊長は過去を切り捨ててでもシドと共に人が人として生きられる場所を作ろうとしている。シドのおかげで
改めて覚悟を思い知りました。隊長の下でもっと多くの命を救ってみせます。ああ、よろしく頼むぞ。ああ、クライブ、ちょいと頼みがあるんだよ。ウェイド卿に野菜の種を渡したくて。イーストプールは当面の間食料の確保が問題になるだろう。もちろんうちからも支援をするつもりだけど、ゆくゆくはあの村で食料を作らないと暮らしていけない。それに移住した者の多くはベアラーだ。彼らはこれまで自分たちの力で生きるってことをしてこなかった。生きていくために自分たちで行動するってことを学ばなきゃならないからね。作物を作る喜びと食物を得るありがたさを知れば、ベアラーたちも変わっていくんじゃないかと思ってさ。そういうわけでクライブ、イーストプールまで種を届けてもらえるかい？ああ、いいだろう。ありがとうクライブ。この袋にギサールの野菜の種が入ってる。ギサールの野菜ってチョコボの？ああ、この野菜は育ちが早いのさ。それに痩せた土地でもよく育つ。あの村で作物を作り始めるにはちょうどいいだろう。チョコボの大好物で知られてるけど、うちらが食っても美味しいんだ。ちょいと癖はあるけどね。そうだったのか。ついでに向こうで困ってることがないか、ウェイド卿に話を聞いてきてもらえると助かる。私もできる限り協力するからさ。よろしく頼んだよ。ああ、わかった。おや、クライブ様、今日は何かご用でも？マーサからギサールの種の届け物だ。これはありがたい。今のイーストプールにもってこいの作物ですよ。この村もかつて小麦を育てていたようですが、すっかり荒れ果ててまして、種からの作り直しで困っていたのです。マーサが言っていた。ベアラーたちには自分の力で生きてほしいと。だからその種を使ってほしいそうだ。そんなことを。ここのベアラーたちはそのほとんどが保護されて間もなく移住してきています。マーサさんの言う通り、事細かな指示がなければ動いてくれません。そういう世界で生きてきたのですから仕方ないのかもしれませんが、それに今はまだ食料も物資も全て外に頼っている状態です。ベアラーたちも自分の力で生きていくという心構えになっていないでしょう。ギサールの野菜を育てることで彼らも変わってくれるといいのですが。ウェイド卿、奴らが動き出しました。やはりこの村に向かっています。くそ、これからという時に。とにかくみんなを集めてくれ。宿場の傭兵団にも救援要請を。はい、直ちに。何事だ？先頃イーストプール周辺の警備中にアカシアの群れを発見したのです。それ以来警戒を強めていたのですが、ついにこの村に向かってきたようですね。アカシアどもか。奴らは村を囲むように複数箇所で群れを作っています。このままではここを守りきれるかどうか。村の者全員で戦うんだ。まさかベアラーも戦いに参加させるということですか？俺も手を貸そう。だがそれでも守りきれるかわからない。戦いに不慣れなベアラーたちとはいえ、全員で戦わなければこの村そのものを失うことになるぞ。
わかりました。みんなに話してみましょう。皆さん、力を貸してください。敵はどこから現れるのか分かりません。みんなで守らなければイーストプールは壊滅してしまいます。俺たちに何ができる？どうせアカシアをおびき寄せる罠としてベアラーを使うんだろう。そうやって最後は捨てるんだ。ようやく自分たちの村を持てたのに。ならさっさと武器を持つんだね。ウェイド卿や私、それにシドはこれまでベアラーを助けて保護してきた。それはあんたたちに居場所を作ってあげたかったからだ。だけどこの村を手に入れた。違うのかい？イーストプールはあんたたちの村だ。家なんだ。自分たちのものは自分たちで守る。そうやってきた。辛いことがあっても大切なものを守るために戦ってきたんだ。いつだってね。それが人というものなんだよ。なのにあんたたちはいつまでベアラーをやるつもりだい？ここが自分たちの村と思うなら、生きていたいと思うなら自分たちで守り抜くんだ。自らの手で人として武器を持ちな。おい、何を？武器をください。私はこの村で生きていきたい。イーストプールを、この土地を守りたいのです。私にも戦わせてください。私に武器を。そうだ、俺たちだって戦えるんだ。そうだろ。やれるよ。やってやるさ。イーストプールを守るぞ。ありがとう、マーサさん。話は後だ。みんなのためにも私らが戦う姿を見せなきゃね。ええ。頭数はなんとかなったか。あんたのおかげだ。私はあいつらの尻を引っ叩いただけさ。クライブ様、マーサさん、こちらの支度は整いました。作戦を教えてくれ。種火の守り手と宿場の傭兵団、そこにベアラーを加えた複数の隊を周辺に展開。全体守りを固めながらアカシアを村の中に誘導します。この村を戦場にするのか？はい。ちりぢりに戦っても被害が増えるだけでしょう。守りに専念することで負傷者を減らします。戦えないベアラーは伝令として指示を運び、各隊が連携してアカシアを一箇所に集めるのです。そして適時持ち場を変えながら村の中に奴らを閉じ込めます。あとは我々で一気に叩くだけ。その作戦を遂行するには誰かが指揮しなければ。ウェイド卿、あなたは後方に回りこの作戦の指揮を取ってくれ。奴らの相手は俺に任せろ。なるほど。やはりあなたこそ無鉄砲だ。来ました、アカシアです。アカシアが現れました。よし、では作戦通りに。いいな、誰も死なせるんじゃないぞ。立ち上がったベアラーたちの志を無駄にするな。
この村を何としても守り抜くんだ。ロザリアの誇りを胸に。了解。クライブ様、どうかお気をつけて。ウェイド卿も。それじゃあたしらも行こうか。いつでも行きますぜ。そろそろか。来い。イーストプールを守ってみせる。全部倒したか。クライブ様、大変です。どうした？リアンノン山道にアカシアの大物が現れたと知らせが。まずいな。宿場も近いぞ。ウェイド卿、戦況は？戦いは続いていますが、山は越えたようです。あの数ならば我々だけでも対処できるかと。ならここを離れても大丈夫か。その大物は引き受けた。俺はこのままリアンノン山道へ向かう。ウェイド卿は周辺の敵を頼む。承知しました。クライブ様、どうかご無事で。こいつが好きにはさせん。やったか。イーストプールに戻ろう。それでアカシアの大物は？ああ、倒した。ありがとうございます、クライブ様。こちらも周辺のアカシアを殲滅しました。引き続き警戒は続けていますが、今のところアカシアは見つかっていません。当面は問題ないでしょう。なんとかなったか。よかった。イーストプールを守り抜くことができて。みんな本当にありがとう。何を言われるのです、ウェイド様。私たちが戦えたのはあなた方のまっすぐな姿を見せられたから。ウェイド様たちのおかげで守るということを実感できたのです。なんだか心に明かりが灯ったように感じます。ウェイド様、申し訳ありません。あなた方に何もかも押し付けようとして。これからは俺たちにも協力させてください。自分たちのものを自分たちで守るために、このイーストプールを、みんなの村を一緒に守るために。ええ、もちろんです。共に頑張りましょう。ここは私たちの村だ。これからもよろしくお願いしますよ、皆さん。ありがとう、ウェイド様。よし、村の整備を始めよう。そうだね、みんなで頑張ろう。随分と頼もしくなったな。クライブ様、私は思うのです。ベアラーたちが自分の力で立ち上がる姿、これこそエルウィン様が見たかったものだったのかもしれないと。そう思うよ。私はこれからもここで彼らと共に生きていきます。このイーストプールに生きる者として同じ志を抱いて。ようやく新しい村って感じになったじゃないか。おめでとう、ウェイド卿。さて、私も宿場をほったらかしにできないね。
そろそろ帰ることにするよ。マーサさん、本当にありがとう。うちの宿場とこの村、これからも助け合っていこう。ウェイド卿、改めてよろしく頼む。はい、こちらこそ。そうだ、クライブ。あんたは後で宿場に寄ってくれるかい？届け物の礼がまだだったからさ。わかった。そうだ、クライブ様、覚えていますか？スティルウィンドシッチの任務のこと。あなたにお供し、蛮族の調査に出向いたあの任務です。もちろんだ。あの時、クライブ様は強大なモルボルを相手に臆することなく立ち向かわれた。その姿に本当に心が躍りました。そして決意したのです。いつかあなたのような立派な騎士になると。あなたへの憧れは今も変わりません。ですがこれからはこの地を守る長としてあなたを追い続けようと思います。そうか。あなたはずっとロザリアの騎士なんだな。ウェイド卿、イーストプールを、ロザリアを頼む。ええ、任せてください。クライブ様、様々なお力添えをありがとうございました。ではまたな。待ってたよ、クライブ。今回は本当に助かった。届け物どころかアカシア退治までやらせちまって。当然のことをしたまでだ。ならここまでしてもらった分の礼をするのも当然だ。さあ受け取っておくれ。ありがとう。いただくよ。イーストプールは新たな村として歩み始めた。これからはきっと彼らも自分の力で生きていける。ああ、マーサのおかげだ。ベアラーが自分たちで考えて自分たちで動く。うちの宿場やあんたの隠れ家と同じさ。あたしらにとってみればこれもまた当然のことだろ。それにしてもああやってベアラーが立ち上がる姿を見てるとシドとの出会いを思い出すよ。まったく最悪な出会いだったってのに。興味深いな。聞かせてくれないか。私はシドに会う前からベアラーを保護してた。一人でできる些細なもんだったけど、そんなある日あいつが乗り込んできたんだよ。この宿がベアラーの密売場所になってるだなんて因縁をつけてきやがってさ。まあこそこそとベアラーをかくまう宿なんざはために怪しく見えるのも仕方ない。いろいろあって誤解は解けたんだけど、シドは最後にこう言った。かくまってるだけじゃベアラーは自立しないって。だけど私も私で信念を持ってベアラーをかくまっていたからね。ムキになっちまって後先考えずに突っかかったよ。そしたら宿場中に響くほどの大喧嘩。でもそんな態度が気に入られちまったのかね。そうこうしてるうちに私もシドの思いに共感して互いに協力し合うようになったんだ。あんたたちらしいよ。シドは自分の力でベアラーの不遇を変えようとした。かつてのエルウィン様もベアラーに対する意識を変えようと尽力なされてた。どちらも強い意志だったろう。だが意志の強さは時として自らに壁を作る。それが大きくなるほどことを成就させることも難しくなっていく。それでも俺たちはその意志を継いだ。そうさ。志半ばで倒れたとしても思いを継いでくれる人がきっといる。だからクライブ、安心して進んでいいんだ。
まっすぐまっすぐ進んでおき。やってみるだ。さてと、信念を貫くにも意志を継ぐにも何かをなすには腹が減る。まずは今日村を守ってくれたみんなにうまい飯でも振る舞ってあげなきゃね。そうしてくれ。クライブ、この箱を渡しておくわ。これは？あんたに必要な薬を詰めてあるの。ただでさえ怪我も多いんだから、せめてこれだけでも受け取って。ありがたくもらっておくよ。だがタルヤ、お前ももっと自分をいたわってくれ。ええ、分かってる。医者が病にかかったら元も子もないもの。お互い頑張りましょう。理想の実現までくたばるわけにはいかないんだから。まったくだな。